機嫌いかがですか？今回は木を植えるのを禁止したりす島作りの総集編をお送りするのだ。禁止されてるのは広葉樹、フルーツの木に針葉樹、竹とヤシの木なのだ。こちら長い動画なので作業用 BGM や寝落ち用に使ってもらえると嬉しいのだ。それではゆっくりしていってね。うぽあおー。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。というわけでだな、とうとう桃を元を押しまくりする時が来たのね。そういえばリス島を目指すこと以外何も決まってませんよね。そうそう、何を縛るのかとか等の方向性は何も。困った時はコメントを頼りにするのだ。禁止ありです。ハリボテの木たくさん作って飾るの絶対可愛い。そういえば私木を禁止にしたいって言ってたわね。前回のしまくりでいっぱい植えてて片付けるのが面倒とかなんとか。楽をするための縛りプレイはダメですよ。でも木なしで可愛い島を目指すのは楽な道のりじゃないと思うんだけど、そのイメージ画像は違う意味で楽な道のりじゃなさそうだぜ。というわけで木なししまくりに決定。と言ってもだな、広葉樹だけ禁止ってわけじゃないよな。フルーツの木はもちろん、針葉樹やヤシの木も禁止ですね。ヤシの木を禁止にしたら砂浜を飾るの大変じゃないの。そこは霊夢の腕の見せ所だぜ。じゃあ別の縛りに変更で。もう変更は認められません。はい、わかりました。それじゃあ例によって案内所前からしまくりだな。始める前に少し案内所へ。それはそうと今日の KK ライブは朝から大人気だぜ。ちょっとたぬきち。なんだなも。階段の撤去をお願いね。あ、お片付けの時に全部撤去できてなかったのか。これから毎日お願いすることになりそうね。これで毎日出演できるだなも。撤去工事お願いシーンはこれ一回こっきりだからね。なんですと。たぬきちのことは置いといて案内所前から工事やっていくわよ。可愛い島作りには可愛いマイデザインが必要よね。霊夢さん任天堂オンラインの期限が切れてるのでマイデザインはダウンロードできませんよ。じゃあ早く加入してきなさいよね。ちょっとだけ待っててほしいぜ。待ってられないからこのまま島くりを始めるわよ。マイデザインなしで島くりするんですか？前回の島くりで使ったマイデザインを使うのはなんだか違う気がするからね。それはそうとその石畳で案内所前を可愛く飾れるのか？マイデザインがないんだもん、やるしかないじゃないの。まあ石畳をそのまま貼ってもあまり変わり映えがしないから、ど真ん中はちょこっとだけ何も貼らないで草地のままにしておくわね。何かいいこと思いついたのか？そんなにすごいことじゃないと思うんだけど、石畳を貼らない部分、角を丸くして柔らかい感じを演出してみたわ。その石畳を貼ってない部分、あれ置くのにちょうどいい大きさだな。鎧兜だなもね。鎧兜は可愛いとは正反対の家具でしょうが、マイデザインなしでも石畳だけでそこそこ可愛い形になったわね。ではここに収納に余ってた広場の噴水を設置よ。いいのが余ってたな。これがなかったら普通の噴水でもいいと思ったんだけど、大きさもぴったりバッチリね。あとはもう少し石畳を張っておかなくっちゃね。この周りには低木が合いそうだけど、まさか低木は禁止じゃないわよね。低木まで禁止にすると色々大変そうなので植えても問題ありません。木を使えない分低木でカバーしていくわね。さて可愛く飾り付けできそうな家具はないものか。明かりのつく家具いっぱい持ってるな。街灯やらはいっぱい使うからこれだけ持ってると困らないのよね。せっかくだからマーメイドのランプでも使おうかな。材料の入手が面倒な家具をもう使っちゃうんだな。真珠が足りなくなったらマリサ分けてよね。おう。これだけじゃまだなんとも言えないかな。なので私のお気に入りアイテムを作って飾るわよ。出た園芸ワゴン。これさえあれば簡単に可愛い島くりができるんだからね。でもちょっと材料集めが面倒なんだよな。使う材料のお花は後輩の必要のないものばかりだから、比較的作りやすい家具なんだけど、飛行機に乗るということは材料のお花がなくなっちゃったのか？はい、その通りです。というわけで完全にお花置き場とかした第3の島からお花を持って帰るわよ。この島はマリサさんが島くりするとおっしゃっていたような。そんなこと言った事実は認めるが今はまだその時ではないぜ。その島くりする時がい作るのやら。では園芸ワゴンを作ってと。やっぱりホワイトにリメイクか。明るい色の方が可愛く見えるでしょ？まあそうだよな。設置場所は広場の噴水の両サイド2つだけなんだな。ここでいっぱい飾ると飾りすぎって怒られるからね。マーメイドのランプの位置をちょこっと動かしてと。次は柵を設置しようと思うんだけど、お買い物、柵といえばウッドパーテーションだよな。それはマリサの好きな家具でしょ？まあウッドパーテーションもいいんだけど今回はちょっと変わった家具を柵代わりに使ってみようと思ってね。霊夢さん別に柵は禁止じゃありませんよ。でもちょっと試してみたいことがあって、ボックスソファを注文するのか？柵代わりに使えば面白いかなと思ってね。コーナーの白がないじゃないの。仕方がないからネイビーを注文。霊夢、匠ライフでなら全色注文できるぞ。残念、たぬきショッピングで注文しちゃったから後でリメイクしてもらわないとね。マリサ見て伝説の玉座が売ってるわよ。玉座こそたぬきショッピングで注文してほしいだなも。いらないだなも。というわけでコーナーはもういらないから普通のボックスソファを注文しておくわね。届いたボックスソファのコーナーを改造の兄貴にホワイトにリメイクしてもらってと。うちの島南半球だから今買える良さそうな低木が椿しかなかったわ。小屋完成時期に別の低木に植え替えだな。
それじゃあ注文したボックスソファを、ここの隙間すごい気になるんだけど、前デザインなら隙間ができないかもだけどしまくりの道だとな。石畳を一回り追加して変な隙間を消してしまうわね。それでは改めてボックスソファを設置していくわよ。これ結構な数が必要な気がするけど、1回の注文じゃ足りないわね。ボックスソファを柵代わりに使ってみるの今更ながら少し後悔してるわ。レイムさん無理に飾らなくてもいいんですよ。でもここまで来たら引き下がるわけにもいかないからね。頼むぞレイム案内所前を可愛く飾ってくれ。ボックスソファがなくなったから、早速追加投資。次の日、これで必要な分が揃えばいいんだけど、まあ時間は十分にあるんだから足りなきゃ注文すりゃいいぜ。あ、カールさんがボックスソファに座っちゃった。なんかちょっと可愛いな。こういうサプライズ演出もあるからボックスソファを柵代わりにして正解だと思いたいわ。ここにいっぱいリス住民が来てくれる日が来るのかな？というわけでなんとかボックスソファの数は足りたわね。それはそうとこの手前の空いてるスペースはどうするんだ？まだどうするのか思いつかないから先にボックスソファの周りに椿の低木を植えてしまうわ。じっくり考えてくれたまえ。椿の低木だけじゃ物足りないから、遺跡の飾り柱を DIY してと。そんなことよりもモリーナがめちゃくちゃ落ち込んでるのが気になるぜ。先ほどスピカさんと何かお話をされてましたが、そのスピカさんはどうやら平気なご様子だぜ。リス住民同士うまくいってないのかな？みんな仲良くしてくれることを願いつつホワイトにリメイクした遺跡の飾り柱をここに並べてと。さらにこの可愛い貝殻のランプを DIY よ。まさかその貝殻のランプを、遺跡の飾り柱の上に乗せれば可愛くアレンジできるかな？意外と知らない人もいるかもだけど柱の上って小物が乗せられるんだよな。みんなもいろんな小物を柱の上に乗せてアレンジしてみてね。さてあとは手前の空いてるスペースなんだが、可愛いといえばあれしかないわね。まずは洋風な柵を一マスごとに立てまして、洋風な柵を立てたら間に生垣を立てまして、飛行機に乗って第3の島に行きまして、ピンクのお花を摘みまして、お花を使うということはもうあれしかないな。なんでそこは摘みましてって言わないのよ。あ、ごめんなさい。あとは持って帰ってきたお花を空いたところに植えるだけ。家具は置かないのか？ソファ大きすぎたからね。これ以上案内所前が重くなると困るでしょ？あ、そうだな。レイムさん、まだまだ時間もあることだしもう少ししまくりをしてはいかがでしょうか？しょうがないわね。それじゃあこの左側にエイブルさんでも飾ろうかな？それはそうとマリサ、そろそろマイデザインをダウンロードさせてほしいんだけど、もう少し待ってくれないか？じゃあ先にエイブルさんの移設場所だけ決めておくわね。もうエイブルさんの設置場所を決めちゃうということは、どう飾るかは決定してるわけないでしょうが、どう飾るかは可愛いマイデザインを見てから決めるわね。レイムマイデザインを貼るならそんなにいっぱい石畳を貼ると面倒なことになるぞ。それじゃあタヌ吉、エイブルさんの移設お願いするわね。かしこまりだなも。エイブルさんの移設場所は道から3マス開けておくわね。なるほど3マスということは何か飾るつもりだな。それは後でのお楽しみということで、移設場所はこれで OK。あとは明日になってからね。任天堂オンラインに早く加入しないといけないぜ。レイムさんお買い物だなも。柵代わりに使える家具だけ買っておこうかなと思ってね。柵代わりにはもっといい家具があると思うけど、どこをどうとっても柵に見えないわよ。それはそうとどう飾るのか思いついたのか？マイデザインを探してからと思ったけど大体はね。次の日、レイム任天堂オンラインに加入してきたからマイデザインを自由にダウンロードしてくれよな。あい。それじゃあまずはエイブルさんの前の道に貼るマイデザインを、お気に入りのクリエイターさんからお借りするわよ。レイムさんそのクリエイターさんはもしかして、そうタヌ吉のマイデザインを作った方よ。ということは僕のマイデザインをエイブルさんに貼るわけないでしょ？またそんなこと言っちゃって。次は奥に続く道に貼るマイデザインを探すわね。本当に可愛い僕のマイデザインを追加してくれなかっただなも。道に貼るマイデザインはお気に入りの方からじゃなくて検索で探すんだな。何も入力せずに地面、床のマイデザインを検索すると、新しい出会いがいっぱいあるからね。これが選びたい放題だから結構悩んじゃうんだよな。可愛いマイデザイン発見。こちらの3つをセットでお借りするわよ。めちゃくちゃ可愛いマイデザインと出会えたじゃないか。今回の島のコンセプトとぴったり。これはしまくりがはかどりますね。いやいやしまくりがはかどるとは言ってないわよ。でも綺麗なマイデザインを見るとしまくりのアイディアが湧いてくることってよくあるぞ。そうかもしれないけど、そうじゃない場合もあるからね。なので私のしまくり会の合間にマリサの終われませんを挟むことがあると思うので皆さんお楽しみに。わかったレイムがアイディアを思いつくまで私が繋ごうじゃないか。とは言ったものの終われませんもそこまでネタがあるわけじゃないんだぜ。マリサさん困った時はコメント。どんぐり30個集めるのは動画にすると2分くらいで終わりそうだから無理だぜ。皆さんもう少し難しいリクエスト待ってるのだ。可愛いマイデザインを貼るとめちゃくちゃ雰囲気が変わったわね。それじゃあ次はエイブルさんの敷地内をマイデザインじゃなくてしまくりの道を塗るのか。石畳の道とアーチタイルを塗り分ければ、隣接しててもこんな風に2つの円が作れるわ。そして上からさっきお借りした可愛いマイデザインを塗ればあら不思議。同じマイデザインなのに色がちょっと違うじゃないか。これは透過してるマイデザインでしかできないからみんな気をつけるように。では次注文したカウンターテーブルを柵代わりに並べていくわね。こりゃどう仕上がるのか楽しみだな。飾り柱も注文したからね。カウンターテーブルの間にでも設置してみるわね。
右側も同じようにだな。あ、なんか右側は左側と広さが違う気がする。こりゃバランスが悪いな。どうするレ夢ム？まあこのまま押し通すわけにもいかないから、飾り柱は撤去してと、これは一マス左に移動ね。飾り柱はどうしても飾りたいからカウンターテーブルの奥に設置よ。これでなんとかバランス良くなったな。ここにいい感じの隙間ができたから、看板に使うポスタースタンドを購入。よく見るとエイブルさんの敷地結構広いぞ。中途半端に広いと飾るのに苦労しそうね。なのでここは、レイムさんなんか用だなも。タヌキチには用はないわ。シャボーン。マイルがあまりないけどここは思い切ってパーゴラを2つ注文よ。パーゴラはでかいから広い場所を埋めるのにうってつけだぜ。もうちょっと敷地内に飾る家具を買い足しておくわね。フェンスに滅場車、ピーコックチェアなんて買うのか？なんとなく買ってみたくなったんだけど使いこなせるかしら？ピーコックチェアと、パーゴラ、それとポスタースタンドをリメイクしてもらうわよ。カラーはホワイトでポスター部分はどうするんだ？エイブルさんに合うリメイクパターンがないから、タヌキチのマイデザインでも貼っておくわ。レイムさんがどういう風の吹き回しだなも。マイデザインを貼っておけばおとなしくなってくれるんじゃないかなと思ったわけよ。マイデザインを貼ったら今まで以上にはしゃいじゃいそうだなも。貼らなきゃよかった。でもリメイクし直すのも面倒だからタヌキチポスターのまま看板として使うわ。ありがとうだなも。フェンスはパーゴラの裏に設置するために買ったのか。パーゴラをそのまま置くだけじゃなんか物足りないんじゃないかなと思ったのよね。フェンスにも僕のマイデザインが。フェンスのマイデザインは何かで隠すつもりだから安心してね。隠さないでよレイムさん。看板だけは見えるようにしてあげるわよ。最終的にタヌッキーランドになることに期待だなも。家具を飾る前にちょこっと地面を加工するわね。草地のままだとかなり地味な印象になっちゃうものな。だからといって黒土の道とかをベタ塗りするのも可愛くないし、ここはいろんなしまくりの道を組み合わせちゃうわよ。レイムさんその形はもしかして葉っぱの形だなも。それはタヌキチの思い込みね。テーブルで隠れて見えないところは何も塗らなくても良さそうね。では注文した滅場車をここに置いてと。滅場車って結構使いやすいよな。このお馬さんと組み合わせるわね。本当に馬車になった。お店の目の前にあるものを置きたいからマイデザインを貼ってと。あるものって一体？ショッピングカートよ。なるほどなるほど。低木を2つほど引っこ抜いてと。引っこ抜いた場所にはあるな街灯を設置。低木だけずらっと並べてもあまり見栄えが良くないものな。引っこ抜いた低木はこっちに移植よ。そしてお待ちかねのピーコックチェアをここに置いてと。丸いとピアリーとの組み合わせいいじゃないか。ここの手前何もないのはかなり寂しいかも。おすすめアイテムは麦畑だぜ。買うのが面倒だからその辺に咲いてたピンクのコスモスを積んできたわ。まあいいんじゃないかな。左側はタヌキチのマイデザインが隠れるように大きな鶴を設置よ。レイムさん隠しきれてないだなも。面倒だからこのままでいいわ。レイムテーブルの上には何も置かないのか？なんか良さそうな小物はないかな？金ピカな金の小物なんて。そんな趣味の悪いものは飾りたくないからちょっと自宅へ。僕の大好きな家具をディスられただなも。おおちょっといいものを見つけたわ。派手なアニマル三角耳棒か。これを飾れば可愛くなるはず。確かに可愛いけど雨が降るとずぶ濡れになっちゃうぜ。これは見本という設定だから問題ないわ。それと可愛い傘をいっぱい見つけたから左側のテーブルの上に並べていくわね。レイムさんテーブルの上じゃなくて柱の上に。これは操作ミスから生まれた新アイディアね。右側の柱の上にも飾っちゃうか？もちろん飾っちゃうわよ。ちょっと私たちの顔が邪魔して見えづらいかもな。エイブルさんの敷地内の飾り付けはできたから手前の道もこのまま飾ってしまうわね。ガーデンベンチにピンクの風船。みんな大好きマウンテンバイクと母のぬいぐるみも置いてと。あとは手前に生垣と石壁を交互に並べて立てれば。次は目の前に広がる砂浜の飾り付けですね。なんのことですか？砂浜から逃げると後で大変なことになりますよ。まだ時間があるのなら入り口の右側の飾り付けを先にしたいんだけど。ピンクの椿も満開になってより一層可愛くなった気がするわね。それで右側を飾るって言ってたけど、少しここに座って何を作るのか考えさせてよね。何かいいこと思いついたのか？マリサちゃこちゃんにもやもやが。もし島を出ていくというお悩みなら島繰りどころじゃなくなるぞ。またいつかこの島から引っ越そうかなって思ってるんだけど。それじゃあリス住民厳選ね。でも私手持ちのマイルが1万くらいしかないんですが。マイル旅行券がなければマリサさんからもらえばいいですよ。そうレイムのリス島計画のためにマイル旅行券はちゃんと残してあるぜ。そうか。猫島化計画の時にいっぱい発行してたのを使い切らなかったものね。全部で59枚だな。足りなかった時のために全部で100枚にした方がよろしいかと。いやリス住民1人だけだろ。さすがに100枚も必要ないと思うけど。マリサは猫住民1人スカウトするのに90枚くらい使ってたような気が。そういえばそんなこともあったな。マイル旅行券合計100枚発行したぜ。100枚使い切ってもまだ大丈夫そうね。いやなるべく早くスカウトしてほしいぞ。それじゃあここにマイル旅行券を置いておくぜ。ちなみにウプ主一人で2人を操作してるのでレイムさんは動けないのだ。ありがとうねマリサ。お安いご用ではないぜ。レイムその服はゴージャスな着物だけど。それは知ってるんだけど。ちょっと気合を入れてみたかっただけよ。
ってことで今現在の桃々島の住民はこんな感じ。あと6人リス住民をスカウトしないとダメなんだな。リス島化計画は少しずつ進めていくので応援よろしくね。なるべく早く完成させて美味しそうな住民島化計画を実行してほしいのですが、なるべくゆっくり進めるので応援よろしくね。レイムさんタヌキガチャという手段も期待度 0% じゃないの。あはははははは。グッドラック。はい、やってまいりましたリス島化計画離島ガチャ。レイムは一発でリス住民を引き当てて伝説を作ることはできるのか？皆さん見てください、早速美味しそうな住民が。しずえさんが美味しそうって言うから隠れちゃったじゃないの。ロデオさんいつか私たちの島に来た時は仲良くしてくださいね。続きまして2連目。お金島だなの。可愛い島作りに必要なお金は十分にあるから拾って帰らないわよ。いっぱいいっぱい使ってね。いっぱい使うかはまた別の話。ドラゴン住民のタッツンじゃないか。タッツンって呼ぶとまたコメントが荒れるわよ。続きまして3連目。何の変哲もない普通の島ね。君隠れてて誰かわからないぞ。うちの島に昔いたサムニーじゃないの。ちなみにサムニーが苦手な方が結構いるみたいなのだ。有名な配信者さんが激推しすれば人気になるんじゃね？それはどうなのかしらね。次4連目。マリサちょっと。人気住民のモニカさんじゃないか。いつもは人気住民は全然出ないのに今日はなんだか一味違う気がするわ。5連目。人気住民の波に乗れるかな？なんかネズミ色の住民がいるわね。オーソドックスなネズミ住民ピースくんだぜ。でも私こんな色のネズミ見たことないのよね。だいたいネズミってこんな感じだよな。続きまして6連目。レイムさんスカウトです。スカウトしてください。カルピさんは離島でいくらでも出会えるから今ここでスカウトする必要はないわね。またの出演お待ちしております。ラッキーセブン7連目。牛住民はもうたくさんよ。レイムさん何か言いましたか？独り言だから気にしないように。昨日裏に鹿住民がいるぞ。マリサもしかして名前がわからないの？ナタリーさんの名前を忘れるわけないじゃないか。こりゃ完全に忘れてたな。では次8連目。住民が行方不明なんですが、私まだ何もしてませんよ。焚き火があるから誰かしらいるはずなんだが。だいたい焚き火のそばにいるはずなのにどこに行ったのやら。レイムルーズさんだ。サプライズでリス住民を期待したけどダメだったわね。レイムさん早くリス住民を引いてくれませんかね？残念リス住民じゃなくてボブ住民でした。いよいよ記念すべき10連目だな。いやまだまだ記念すべき10連目よ。そうですよ離島ガチャは気長にやらないと。まあそうなんだけど。戦艦住民の大和さん。なんかワニ住民ってネタ枠が多いような気がするぜ。そうでもない気もするけど。どうしたレイム？急に釣りなんて初めて。超でっかい魚影が見えたものだから。いいお土産が釣れてよかったな。それでは気を取り直して11連目。晴天対晴天神さんだ。マリサも頭に金庫字をつけてみれば？頭に食い込んでいたいらしいから勘弁して。12連目。激アツの竹の島だぜー。マリサがうるさいから竹の島だけは来たくないのよね。ロンコンさんじゃないか。どうやらただいまワニワニパニック中のようだぜ。これはワニ住民を殴るな。続きまして13連目。アヒル住民がいるわね。後ろ姿はメソメソナッキーちゃん。ではなさそうだな。よねよねすみももさんでした。次14連目。根っこあら。全然似てないわよ。わざとだわざと。ちゃんとユーカリさんって知ってたぞ。全く信用できん。次15連目。後ろ姿は犬住民のトメさん。トメさんよね。ごめん言い間違えただけなんだからね。マリサさんの言うことは大体適当なので話半分に聞いておいた方がよろしいかと。それは知ってるんだけどわざとかわざとじゃないのかわかりにくいところがね。この方はドンキーコング住民のマッスルさんだぜ。その情報毎回言ってるわよ。だって毎回出てくるんだもん。貫禄の兄貴。貫禄の兄貴も毎回出てくるな。ちょっと兄貴毎回出てくるのならマイル旅行券返しなさいよ。レイムは怖いもの知らずだな。次18連目。来ましたレイムさん。下焼さんも常連さんではありますがいつ見ても素敵ですね。貫禄の兄貴よりもしずえさんの方が怖いぜ。19連目は激アツの竹の島だぜー。激アツの実力とやらを見せてもらおうじゃないの。ネズミさんがいますね。でっかいリボンがついてるぞ。リボンじゃなくてあれは耳だと思うけど。まあどっちでもいいんじゃね？それでは記念すべき20連目。もう20枚も使っちゃったのか？貯めるのは時間がかかるのに使うのはあっという間ね。ラムネさんが出ると嬉しいけど今回はリス住民じゃないと意味ないのよ。この状況を素直に喜んでほしいぜ。蜂の巣を落としちゃった。焚き火に引っかかって逃げ遅れたな。笑い事じゃないっつーの。蜂に刺されたからもっといいことあるかも。21連目。超常連さんのタコリーナさん。もう一回蜂に刺されて流れを変えようぜ。そんなオカルトありません。22連目は、激アツの竹の島ね。とうとうレイムが認めてくれたぜ。だるま大使さん登場全然熱くないじゃないの。23連目はお金島だなもう。今度はマリサさんが僕の持ちネタを。そのやりとりはどうでもいいから住民を見なさいよ。またしても人気住民ご登場じゃないか。でも今出てきてほしいのは人気住民じゃないところが悔やまれるわ。そうです人気とかどうでもいいんです。皆さん個人個人が好きな住民と出会えればいいんですよ。少し前まで私の島にいたドグローさんだ。そういえばマリサドグローさんの別荘はまだ作ってないな。次25連目。さっきまでそこにいたのに恥ずかしがって隠れちゃったな。大丈夫しずえさんは暴走しないように私がなだめるからね。さすがに絶滅危惧種の時代さんは。よかった安心したわ。
続きまして26連目。今黄色い顔が見えたような。ライオンちゃん住民か。リックさんはかなり前にうちの島にいた気がするけど、正直全然印象に残ってないわ。またそのうちスカウトしてあげてくれよな。では27連目いくわよ。おっとペンギンさんだな。それであのペンギンさんの名前は忘れちまったぜ。正直でよろしい。いやいやレイムさん正直でよろしいなんてマリサさんを甘やかさないでください。急にしずえさんが厳しくなったぜ。昔はちゃんとフンボルトペンギンのボルトさんって覚えてましたよね。はいそうですね。続きまして28連目。あのローソンの服でおなじみのコアラ住民はオズモンドさんだぜ。顔よりも服で覚えてるのね。正直違う服を着てたらわからないかもだぜ。では29連目。以前コメントで教えてもらったデザイナーの越野純子さんがモデルの花子さんじゃないか。詳しく知りたい人は越野純子さんの画像をくくってほしいのだ。それでは記念すべき30連目。あのレイムさんそろそろ。残念だけどあの首の長さはリス住民ではないわね。私の集めたマイルがどんどん溶けていってるんですが、そんなこと言ってもしょうがないじゃないの。はい31連目。マリサの大好きな三段崖の島ね。足を見て住民を当てるのは楽しいけど、あの数字の2の書かれた服に必殺前歯。あれはまさしくリス住民の2号さんだぜ31連目はなかなか早かった方じゃないかしら。ああマイル旅行券を69枚残って助かったぜ。リス島化計画はまだ始まったばかりだからマリサまたマイル稼ぎよろしくね。はいわかりました。皆さんお待たせしました。今回はレイムの島繰り会をお送りするぜ。前回の島繰り会の時にタヌキ商店を飾ろうとした途端、ジャコちゃんにモヤモヤが出て予定変更。それで離島ガチャをすることになったんだよな。なのでマイル旅行券がポケットにいっぱい。それはそうとレイムさんタヌキ商店を飾ってくれるつもりだっただなも。だったらこのコメントを読んでほしいのだ。僕の役目を取られたのだ。ヨットくらい買ってあげれば？可愛い方じゃん。でもレイムさん好き。島繰り頑張れ。応援のコメントありがとうね。そこじゃなくてここだなも。というわけで今回はヨットを使ったタヌキ商店の飾り方をお送りするだなも。そんなことより珍しいお客さんが来たみたいね。スピカさんのご登場だな。チャイナドレスで気に入っていただけたらいいんですけど、素敵なプレゼントありがとうね。僕にも素敵なプレゼントを。もうしょうがないわね。あのレイムさんヨットだけじゃ弱いのでこちらのコメントも読んでほしいのだ。木の実のアクセサリー屋さんを作ってほしいですゲコ。採用よろしくお願いしますゲコ。秋らしいコメントが来たわね。でもうちの島南半球で春真っただ中なんですが。そうだけど現実世界は秋だからな。まあ現実の世界の季節に合わせた方がみんな喜んでくれるような気がするけど。もし DIY の材料が足りないのなら第3の島を開放するぞ。っていうかもう第3の島に行く流れになってるじゃないの。私が木を有するから松ぼっくりを回収してちょうだいね。あいあい。それで松ぼっくりってどれくらい回収すればいいの？ 100 個くらいないと不安なんじゃないかな。絶対そんなに必要ないと思うんだけど。35分くらい木をゆすってたからもう飽きちゃった。松ぼっくりだけじゃなくて木の枝も持って帰ってくれ。マジですか？いっぱい取れたからぜひとも今回の島繰りで使い切ってくれよな。こんなにいっぱい使い切れるかっつーの。松ぼっくりやどんぶりを集めると木の枝がいっぱい手に入っちゃうのはつもりあるあるなのだ。もう夜も遅いから島繰りは明るくなってからということで。あのレイムさん大事なことを忘れていませんか？だなも。木をゆすってる間にみんな忘れてくれてると思ったのに。みんなヨットをどう飾るのか楽しみに待ってるから忘れてないよね。しょうがないから適当にお金を下ろして、買えるだけ買ってあげるわ。レイムさんが急に豪快になっただなも。でも買えるだけと言っても3層だけだなも。1層26万ベルもするなんて聞いてないんですが。次の日。それじゃあ前回飾ったエイブルさんの奥から島繰りしていくわね。案内所のすぐそばにヨット最高だなも。誰もここにヨットを飾るなんて言ってないわよ。なんですと。レイム早速マイデザインをダウンロードか。手前のエイブルさんと雰囲気をガラリと変えたいところだから、まだ使ったことないお気に入りのクリエイターさんのマイデザインをお借りするわよ。こりゃまたすごいクリエイターさんを見つけてきたな。まずは店の敷地内に春芝生とお花のマイデザインをお借りしてと。これは階段だよな。この階段のマイデザインはエリアの転換点に使うつもり。あとは道に貼るのもお借りしなくっちゃね。全部で4枚なのはマイデザイン枠を節約するためか。島繰りの最初の方でマイデザインを借りすぎて後になって困ってる人を何度も見てきたからね。そんな人私は見たことないけどな。鏡を覗けば見れるんじゃないかしら。あははははは。ちょっとここの隙間が気になるから、ヒヤシンスでも植えようかな。今回は困った時のお花が大活躍しそうな予感がするぜ。そうそう、今回は広葉樹や針葉樹果物の木が禁止だからね。お花に頼ることが増えるのは間違いなしよ。そういえばいっぱい飾ってほしいってリクエストがあったハリボテの出番がまだなかったような気がするが、今回こそ出番があればいいわね。というわけでお花を植えるとこんな感じ。キラッと見えてるだけだがカラフルで良きだぜ。はいでは続きまして木の実のアクセサリー屋さんの位置を決めておくわよ。誰に担当してもらうつもりなんだ？もちろんリス住民の、シルエットさんよ。シルエットさん、こんなに落ち着いた部屋に住んでたんだな。落ち着いたお部屋は大改造しちゃうつもりだからね。なんかそういう番組が昔流行ったような。大改造したお家はすごい住みにくいという噂も。レイムさんそういう怖いこと言わないでくれませんか？まああくまでも噂ということで。ではさっきお借りしたマイデザインをお店の敷地内に貼っていくわよ。
お花と芝生の前デザインを半分ずつ貼っていく感じかな。フィーリングで貼ってるから半分ずつになってるのかはよくわからないわね。フィーリングというのはしまくりをしていく上で大事なことなんだぜ。まあ何も考えてないだけなんだけどね。何も考えずに綺麗になるのはこの紙前デザインのおかげね。めちゃくちゃ雰囲気が変わったじゃないか。秋じゃなくて春とか夏っぽいイメージになっちゃったかもね。でも木の実の家具中心に飾り付けするんだろ？それはそうと木の実の家具ってそんなに種類が豊富だったっけ？今まで木の実系の家具をいっぱい飾ろうと思ったことないからわからないぜ。ここぞという時に頼りないマリサね。木の実家具って少なくない？木の実家具だけじゃ不足ならキノコ家具やカボチャ家具なんかも組み合わせれば。今回使うのはなんだかもったいないからスルーで。キノコ家具とカボチャ家具は別のところで飾ろうってことか。ちょこっと収納の中を確認。結構在庫が豊富じゃないか。飾ろうと思ってやめちゃったハリボテの木もあるし、木の実のアーチが一つ残ってるわね。せっかく取った松ぼっくりを使わないつもりか。収納に寝かせておくのももったいないでしょ？確かにそうだな。ってことなので必要なものだけ DIY。出たな丸太の杭。これは柵代わりに使うからいっぱい作っておくわよ。そしてリメイクカラーは、みんな大好き白樺だな。みんな大好き？マリサが好きだからといってみんな同じ完成だとは限らないわよ。でもレイムは好きなんだろ？木の実のアーチホワイトナッツリメイクに合わせるために白樺を選んだだけだからね。なんかツンデレ口調だけど可愛いから許しちゃうぜ。そうそうこの丸太の杭なんだけど並べるときは一つおきにひっくり返すと、ちょっと変化が出ていい感じになるのよね。実際に比較してみるとかなり印象が違うぜ。というわけで左側も同じように並べたわ。全く秋って感じが。だからうちの島春真っただ中だって言ってるじゃないの。でもここから秋らしい家具を。看板代わりに大きな木の実のツリーか。ホワイトナッツの方が合いそうだからリメイクしてきたわ。そして右のスペースにはこれ。アンティークなミニテーブルだな。カラーはナチュラルよ。この奥に飾るのにぴったりの可愛い家具を持ってきたわ。まだハロウィンも来てないのにそれは思い切った選択だな。このままの色じゃクリスマス感が強すぎるわね。クリスマスツリーはいろんな色にリメイクできるぞ。ここは白樺に合わせてホワイトを選んでみたわ。すごい目立ちそうだぜ。可愛いでしょ？そしたら次はね、出た木箱だぜ。ペイントは白にしてラベルは。まさか。たまにはサービスでタヌキチのマイデザインを貼ってあげるわよ。あれれ？上の木箱は。どうせ隠れるから必要ないわよ。そんなやっと松ぼっくりの出番が来たかと思いきや。残念だけど木の実のランプの素材は、松ぼっくりじゃなくてどんぐりなのよね。松ぼっくりの出番あまりなさそうな気がしてきたぜ。椅子は悩んだ結果こちらを。ウェディングなチェア？色を変えた方が良くないか？そしたらガーデンに変更ね。レイムさんそんな無用に椅子じゃなくて僕のおすすめの。タヌキチがおすすめしてくる椅子を4つも飾ると大変なことになるんですが。なら1つだけでも。1つだけ玉座だとおかしいでしょ？それもそうだなも。まだ少し物足りない感じがしたからガーデンライトを注文しておくわよ。次は左側だな。やっとハリボテの木の出番が来たわよ。なんかちょっと飾りにくそうに見えるが、横幅が2マスもあるから普通の広葉樹を植えるのとは勝手が違うんですが。なるほど。でも2つ縦にくっつけて並べられるのが利点かもしれないわね。それはそうと飾りたいものが思いつかないんだけど。木のぬくもりを感じられる場所は、巣箱とカバードバスを飾るのがおすすめだぜ。それって困った時にいつも飾ってるやつじゃないの。まあ可愛いからいいんだけどね。両方とも白にリメイクしてきたんだな。それもちろん他の家具の色と合わせたってわけよ。左の道との境界線に柵を立てたくない気分だから、例のあれを注文。みんな大好き麦畑。麦畑は本当にみんな好きかもね。足りない分は匠ライフで買い足しておいたわ。たまにはお仕事してみてはどうだ？マリサが言うな。ガーデンライトの設置場所はここ。あとは左側に麦畑を並べれば完成よ。お部屋もリフォームしないとな。お部屋のリフォームはまた後でするわね。続きまして案内所裏の工事をするわよ。やっとヨットの出番だなも。レイムさん、ヨットを飾るのになぜ崖工事？見下ろし方の湖を作って、そこにヨットを並べるのよ。まさかこんなにいっぱい？そんなわけあるか。というわけでとりあえず縦4マス横は結構広めに崖工事をしたわ。この奥が湖になるわけか。桟橋はこの辺り、案内所の真裏に作ろうかな。レイムさん桟橋は一つだけ？もちろん一つだけ。まさかそんなに短いの？だってヨットは3層しか注文してないでしょ？そういえばそうだっただなも。なので桟橋の長さはこれくらいで十分なのよ。ではお次。もう河川工事をやっちゃうのか？先にヨットを並べておく方が良かったかな？そうだな。後からだと大変なことになるかもだぜ。それじゃあまだポストから出してなかったヨットを3つ取り出してと。ここにすっぽりヨットが収まるはず。これ地味に面倒だよな。部屋の中みたいに上から持ち上げてくるりんと反転できればいいのに。こういうところがしまくりの味だと思うぞ。なので次回作もこれくらいの操作性で。マリサ本気で言ってるの？改善されたらめっちゃ喜ぶぞ。なんじゃそら。あとの2つの飾り付けは地味すぎるから早送りで。早送りはさておきレイムさん3層じゃ中途半端だなも。注文が面倒なのよ。日にちをまたいでの作業はテンポも悪いし私が一肌脱ごうじゃないか。マリサさんナイス。これは大助かりマリサありがとうね。これくらいお安いご用だぜ。ヨットの場所が決まったから河川工事再開。それでレイム湖の広さはどれくらいにするつもりなんだ？湖の奥にタヌキ商店を飾りたいから、タヌキ商店がギリギリ見えるくらいの広さにするのが良さそうかな？
そしたら横幅は桟橋の一番先から湖の端が見えるか見えないかぐらいにするのが理想的なんだけど。ほうほう。あ、ゆきみんがお悩み中じゃないの。島を出て行きたいっていうお悩みだったらどうするんだ？工事中にそれは困るかも。この島を出て新しい生活を始めるのもいいかなって考えてて。嫌な予感が的中。ちょっと離島ガチャをする時間が取れないから引き止めるわね。というわけで湖の広さはこんな感じ。この奥にたぬき商店を金ピカに飾ってくれるんだなもね。誰が金ピカにするって言った？たぬき商店は可愛く飾ります。僕は金ピカも可愛いと思うだなも。さて桟橋のマイデザインをお借りしなくっちゃね。またお気に入りの方からお借りするんだな。お借りしたいマイデザインはちゃんと目をつけておいたのよね。明るい感じもマイデザイン多めのクリエイターさんかな？桟橋の横幅が2マスだからこちらの2枚お借りすれば大丈夫そうね。桟橋の幅が広かったら真ん中のもお借りしないとダメだよな。そうね。お次は道に貼るマイデザインを。湖の近くだから獣道が合いそうな気がするんだが。石が散りばめられた土の道をお借りすることにするわ。レイムさんそんなに借りると大変なことになりますよ。そんなこと言ったって道を作ろうと思うといっぱいマイデザインが必要になっちゃうのよ。確かに。それはそうとその縁取ってる石が散りばめられたマイデザイン。石のないのと組み合わせる方がより自然な感じになると思うぞ。これ以上ここでマイデザイン枠を消費させないでよ。まあこれに関してはあれやこれやを使えばなんとかなるからね。あ、柵を使っちゃうんだな。いやいや柵禁止じゃなくて木を禁止にしてるんですが。柵をあまり使いたがってなかったから柵も禁止にしてるものかと思ったぜ。これ以上縛りを増やしたくないわよ。道を塗ったら柵立てタイム。なんだそのお時間は？なんか恥ずかしいからこれ以上突っ込まないで。ちなみに石壁と丸太の柵を選んだ理由は収納にいっぱいあったからよ。収納にいっぱいある在庫を使うのも大事なことだと思うぜ。それにしても石壁って他のどんな柵と組み合わせても違和感ない気がするわ。この別の柵を組み合わせる方法を最初に編み出した人は神だよな。その神様は誰だかわからないけどまだ熱盛を続けてくれていたら嬉しいわね。柵を立て終わるとこんな感じ。なんだか素朴な感じに仕上がったぜ。それじゃあここに登ってくるための坂道を。レイムさん坂道とは言わずに階段を。鉄骨の階段なんて設置したら違和感半端ないし、ヨットをいっぱい買ってあげたんだからこれで我慢なさいよね。仕方ないだなも。じゃあ次はたぬき商店への道を作りたいんだけど、そんなところも崖工事してたんだな。ちなみに右側も同じように崖工事してるわよ。なのでまた坂の依頼をしなくっちゃね。階段じゃなくて坂なのね。そりゃ当然でしょ。ヨット周りが少し物足りなかったから R な街灯を足しておくわね。それじゃあたぬき商店へ続く道を飾るための家具をお買い物。イースターなトピアリーにカカオだって？木が植えられないから植物系の家具を買いたくなっちゃうわね。なんでちびくまちゃんまで注文してるんだ？たぬきち、またこちらをお願いね。レイムさん。僕からのおすすめも聞いてほしいだなも。可愛い階段があればお願いしたかもね。任天堂様、次回作では可愛い階段を実装してくださいお願いしますだなも。できれば一つの工事費を100万出るくらいで。そんなの誰も依頼しに来ないわよ。次回作の話は全く聞かないんだよな。とにもかくにも新型のスイッチが発表されてからでしょうね。新型スイッチ早く欲しいぜ。でも動物の森の新作が出るまでは熱盛をやり続けるでしょうね。そうだぜ。ではマイデザインが晴れたから家具を並べるわよ。今回はハリボテの木大活躍じゃないか。トピアリーは入り口を演出するために手前に設置。せっかくだからハリボテの生垣も使ってみようかな。霊夢低木は禁止じゃないから別にハリボテの生垣じゃなくても。ハリボテの生垣は家具だから自由に動かせるでしょ。なのでちょっと面白い使い方をしようと思ってね。面白い使い方っていうか何を置いたか見えないぞ。置いたのはちびくまちゃん。これは少し奥に動かしてと。ちびくまちゃんちらっとしか見えない気がするぞ。大丈夫これで OK。生垣の裏にはカカオを設置。カカオの下の部分を見えなくして木が生えてるように演出してるのか。左側も同じようにハリボテとカカオを組み合わせて飾り付けよ。なるほど木がなくても木があるように見えるな。あとは隙間に丸太のスツールでも置いておきましょう。上に木の実家具を乗せればいいんじゃないかな。木の実家具って言ってもバリエーションが少ないしさっき木の実のランプは飾っちゃったから。ヒヤシンスのランプを作ったのか？オレンジにリメイクしたいからリメイクキットを買い足さなくっちゃ。レイムさんリメイクキットなんかよりもあれ豪華な着物スタンドを買うべきだなも。いりませーん。さすがに今回は着物スタンドを飾る場所はなさそうだな。あまりにもしまくりのコンセプトと合わないからね。それじゃあ右側も同じように飾るわね。買った家具は全部飾ってしまったんだろ？持ってる家具で間に合わせるつもりだな。意外と家具って買わなくてもなんとかなりそうなのよね。しかもいっぱい松ぼっくりもあるしね。やっと松ぼっくりを材料にする時が来たのか。この木の実のアーチはリメイクせずに、ここに飾っちゃうわね。これぞ秋って感じがするぜ。だからといって秋らしい飾り付けをするつもりはあまりないわよ。ハリボテの木は秋色にリメイクできるのに。私のしまくりを参考にしたい方は自由にリメイクしてよね。まあ今は秋を意識してしまくりしてる方が多い気がするけどな。じゃあちょっと秋の要素を入れてみますか。キノコの原木じゃないか。奥にゴールドクレストを置いてね。ちょうどいい感じの落ち葉が収納に余ってたから。レイムさん無理に秋らしさを演出しなくても。
ではおまけに熊の大ちゃんをハリボテの奥に隠しておくわよ。でっかいのは収納に余ってたとは。これで湖の右側の道の飾り付けは、スロープを作れば完成かな。さあいよいよたぬき商店を金ピカに飾るお時間。だから金ピカにしないって言ってるでしょうが、ここでまたお買い物のお時間。とうとう島と練り子を飾るつもりか。さすがに島と練り子を飾るのは負けた気がするわ。その気持ちなんとなくわかる気がするぜ。思い切ってこういう家具を使ってみようかな。フレームマシーンを買うとは意外すぎだな。それとカカオを買い足しておくわよ。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。これでリス住民が遊びに来てくれていたら超ラッキーなんだけどね。さてさてお客さんはサラブレッドのサブレさんね。競馬場作りにはぴったりの住民さんなのに競馬場は作らないって言ってるじゃないの。今目指してるのは可愛いリス島なんだからね。そこのところ皆さんお忘れなく。それじゃあたぬき商店周りに貼るマイデザインを検索よ。このマイデザインは桟橋のマイデザインの方と同じクリエイターさんだな。またしてもいっぱいマイデザインを借りてしまったわ。大丈夫かレイム？最終的にどうなるかわからないけど今やってる島繰りを楽しんでいくわね。窮屈な島繰りをしても楽しくない後で調節すればなんとかなるものだぜ。マリサに言われても説得力のかけらもないわよ。右側も同じようにマイデザインを貼るんだな。そうだけど、家具のレイアウトは変えるつもりだからね。たぬき商店移設予定地はこのマイデザイン一色だけにしておくわね。これ以上マイデザインをお借りするわけにもいかないものな。随分広範囲にマイデザインを塗ったな。これは飾り付けに苦労しそうね。どうしたんだ？まだたぬき商店がないから商店が合わないんじゃないか？出たマリサの激寒だじゃれ。先にお店の移設場所を決めようか悩んでただけよ。悩んだ結果先に道の飾り付けをすることに決めたんだな。道は短いからサクッと飾ってしまうわね。遺跡のアーチを使うのならお城の門の方が可愛い気がするぞ。マリサにどっかのタヌキが乗り移った？そのアネモネは奥家具が思いつかないからお花を植えてるわけじゃないんだからね。困った時お花に頼りたい気持ちよくわかるぞ。私の気持ちを見通しなのね。さてさて思い切ってタヌキ商店の場所を決めようかな。慎重に決めないとミスして移設した場合はいろいろ面倒なことに。ミスしてた場合はそれはそれで受け入れて島繰りしていくことにするわ。意地でも移設のし直しはやらないつもりなんだな。だって面倒なんだもん。遺跡の飾り柱よりも普通の飾り柱の方がおすすめってことだからこれを購入。レイムさんおすすめされてたのはお城家具だなも。坂道が完成したから家具を並べやすくなったわ。なるほどそれで右側の飾り付けは保留だったんだな。そうそうたぬき商店の場所を確認しておかないと。パーフェクトじゃないか。ではここをちょこっとだけ工事させてね。レイムさん右の道の飾り付けはそんなものは後回しよ。ここに桟橋に貼ったのと同じマイデザインを貼ってと。ここも桟橋？なわけないよな。実は灯台を飾ってみたくなったのよね。ナイスアイディアじゃないか。さっき買ったばかりの飾り柱も設置しておくわね。飾り柱はここに使っちゃうんだな。それじゃあ皆さんお待ちかねの右の道を飾り付け。バオバブは置いても大丈夫なのか？島と練り子は気が引けるけどバオバブは問題ないと思うんだけどね。これは審議じゃないかな。バオバブは OK ということにしましょう。ほらしずえさんの許可が出た。そんなにいっぱい飾るところがあると思えないので。確かにそうね。それじゃあたぬき商店前の飾り付けを。ここでウェディングのベンチが来るとは。可愛いといえばやっぱこれでしょ？お店の横の活用方法が思いつかないから崖工事でごまかす。じゃなかった崖を作って飾るわね。ここまで広いと飾り付けするのが大変なのはよくわかるぞ。左右両方とも縦3マスの崖を作ったわ。まずは右側から。今回は本当にハリボテの木が大活躍だな。いっぱい飾ると島が重くなるか心配になってくるけど今回はこういう島繰りだから許してね。私はそんなこと気にしたことないから心配するんじゃないぜ。いつも苦情が来ないか気にしてるくせに。ハリボテの木だけ飾ってもなんだから滝を入り混ぜつつ模型でも飾ってみようかな。模型とハリボテは結構相性良さそうな気もするが、ハリボテと比べると模型はリアルすぎるかもね。あとは崖といえばこれ。ツルを引っ掛けたい気持ちよくわかるぜ。まあざっとこんなもんでしょ。まだまだいっぱい空きスペースがあるぞ。じゃあ思い切ってこれでも飾ってみようかな。またしてもシーズン先取りクリスマス家具じゃないか。なるべくクリスマス感は出さないつもりよ。なのでリメイクカラー選びはちょっと難しいかも。じゃあレインボーでピンクを選んじゃったわ。こりゃまた可愛いのを選んだな。さらに派手にするためにカーニバルなステージを手前に設置よ。なんかすごくなってきたぞ。そうマリサにもらった面白い家具があるんだった。まさかアートなチェアオブジェとして使うなんて。あとこの奥にも可愛い家具を飾りたいんだけど、それならおすすめの家具があるだなも。見なかったことにするわね。しょんぼり。何を飾っていいかわからないから左側の崖を先に仕上げるわ。来たまたハリボテの木の登場だぜ。やっぱりハリボテの木は最高よね。レイムが完全にハリボテの木にはまっちまったぜ。この光景を今後も見ることになるから覚悟しなさいよね。まさか風力発電機が登場するなんて。収納に大量に余ってたのよね。さて足りないものを注文しなくっちゃ。
マイル家具を注文か？あまりにも空いてる場所が広いから広場のバルーンワゴンを置いてみたいのよね。広場のバルーンワゴンは存在感十分だからないんじゃね？レイムさんまさか高級車を？たぬきちのおすすめ家具買ってあげるわよ。レイムさん感謝だなもう。やっぱりやめておくわ。どうしてなの？と見せかけて購入。本当に買っちゃっただなもう。あとはこれ、飾り柱の上に置くためにキューブライトも買っちゃうわね。もう何も言うことがないだなもう。ステージライトだって？こりゃまた珍しいものを注文するんだな。たぬきちのご希望通り高級車はここに飾るわね。ありがとうだなもう。ここでフレームマシンの登場なんだな。置く場所にかなり迷ったんだけどね。それじゃあ一緒に買ったキューブライトのリメイクを。レイムさん。たぬき商店だからたぬきちのマイデザインを貼ってあげるわね。レイムさんが壊れただなもう。壊れただなんて失礼ね。明るすぎてたぬきちが見えないな。もうちょっと見えやすいマイデザインを。よしこれで完璧よ。さあいよいよクライマックスよ。そこは駐輪場にするんだな。リアルな世界だと自転車はなかなか自由に置けないけどここは OK で、あとはお菓子の自販機を置いてと。ステージライトはどこに置くんだ？ウェディングなベンチの前に並べるわよ。桟橋から見るライトアップが楽しみだな。明るい時間帯だと全く効果なしなのが残念ね。レイムさん、シルエットさんのお家のリフォームを。木の実関連の家具がかなり少ないって分かったから木の実のアクセサリーショップをちゃんと作れるかどうか。最初からお困りのご様子だな。雰囲気を出すために奥はキノコの森の壁を使ってみたわ。それは素晴らしい選択だぜ。キノコなら何でもいいわけね。そりゃそうだろ。ちょっと暗いからレンガの仕切りカウンターの色を変更。壁紙も寄せ木の壁に変更か。もうシルエットさんのお家の原型がなくなったわね。お店のレジカウンターにはこれ。天外付きカウンターは豪華に見えるぜ。奥のカウンターには指輪と紙袋を置いてと。お買い上げありがとうだなもう。たぬきちのお店じゃないっつーの。ここの商品は僕のお店から仕入れてもらうだなもう。商品の価格がめちゃくちゃ高くなる予感しかしないわ。商品が DIY 家具だけなら問題ないと思うぞ。DIY 家具に全然アクセサリー類がないんですが。じゃあキノコの店にでもするか？それはダメだと思うわよ。でもアクセサリーが売るほどないということは何か他に考えないとな。アクセサリースタンドや腕時計それに指輪くらいしかないから、アクセサリーも売ってる雑貨屋さんということで許してもらえるかな？お店のコンセプトが変わらないのなら許してもらえると思うぞ。それと木の実要素もほとんどないかもしれないけど、その代わりと言っちゃなんだけど、木のぬくもりのある雑貨を商品にするわね。大的量子化じゃないか。イースターなバスケットは私の趣味だからね。右側にはダーラヘストとくるみ割り人形を置いてみたわ。思い出のジョニー家具だよな。ジョニー家具コンプリートするまで終われませんは本当に辛い修行だったわ。もう商品を飾るスペースはないからあとは店内の装飾だけだな。住民さんのお家って限られたスペースしかないから、少ない家具でどう飾るのか考えるのってかなり難しいと思うのは私だけ？いやそんなことないと思うぞ。住民さんのお家を飾るのが得意な方がいればぜひコメントで教えてね。コメントじゃ伝わりにくいかもしれないけどな。レイムさんその豪華な額縁はサプライズだなも。今回はたぬきちの登場機会も多かったから特別なんだからね。とかなんとか言って毎回マイデザインを貼ってくれるんでしょ？もううるさいわね。さていよいよ完成間近かな？さあできたわよ。かなり難しいお題、ちゃんとした形にできなくて本当にごめんなさい。次回頑張りましょうといったところだな。それではライトアップされたたぬき商店の様子をお送りするわよ。待ってました。たぬき商店よりも他の家具の方が目立ってないか？僕はこれだけで大満足だなも。レイム今のシーズンにぴったりのお客さんを見つけたな。そういえばハロウィンシーズンだったわね。まあハロウィンを楽しむのは熱森の中だけなんだけどな。それはマリサが外に出ないからハロウィンシーズンを体感できないだけでしょ？そうかもしれないけど出かける理由が特にないんだもん。なのでレイム、そんな私でも楽しめる。レイムさんハロウィンといえば美味しいご飯ですよね。今回はしずえさんが積極的じゃないか。それじゃあしずえさんの話を聞こうじゃないの。というわけなのでこちらのコメントをご紹介します。できたら洋風なレストラン作ってほしいです。また僕の役目を取られたのだ。ちょっとこっちのコメントもご紹介なのだ。たぬきちの言うこと聞かずにレストラン作ってください。はい、採用決定。レイムさんちょっと。たぬきち、今日は休んでなさいよね。しょんぼり。ってことなので今回はハロウィンな洋風レストランを作るので最後までよろしくね。それでレイムさんさっきからそんなところで一人で何をやってるんですか？しずえさんにはゆうたろうは見えないんだったな。まあしずえさんにも知らなくていい世界があるってことなのよ。そうなんですね。それはそうとレイムゆうたろうにまだ持ってない家具を要求したんだな。まさか掲示板をまだ持ってなかったなんて。壁掛け家具はあまり進んで購入しないかもしれないぜ。私たちあまりお部屋のレイアウトを変えてないものね。それじゃあしまくりを始めるとしますか。今回もまたお客さんが来たぞ。ビアンカ姉さんはハロウィンにぴったりの住民なんだけど、うちのシマリス島にする予定だからビアンカ姉さんをレストランのオーナーにするわけにはいかないわね。ビアンカ姉さんとはもうすぐお別れだものな。別の日。今回のしまくりをするにあたってすごく大事なものが足りないことに気づいちゃったんだけど。家具か？家具が足りないのはいつものことだと思うんだが。その家具を作るためのね、オレンジのかぼちゃがこれだけしかないのよ。なのでいくつか植えておくわね。余ったら余ったでお料理の材料にもなるしいっぱい植えておいても問題ないと思うぞ。でもいっぱい植えると後片付けが。確かに面倒だな。数日後。
こんなにいっぱいかぼちゃが収穫できるとなんだかワクワクするわね。でもそれだけだと足りないかもな。大丈夫、しまくりは1日じゃ終わらないと思うから何度も収穫するつもりよ。では必要な株を購入するわね。必要な株だなも。はい、今回はリクエスト通りたぬきちの言うことを聞きません。言わなきゃよかった。また飾り柱を購入するんだな。レストランの入り口を飾りたいから2つ購入よ。それと飾り柱の上に飾るランタンも注文。飾り柱は小物が乗せられるからこういう小さな飾り選びも楽しめるんだぜ。これでやっとこさしまくりが始められるわ。まずはマイデザインのダウンロード。せずにたぬき商店を飾った時にお借りしたマイデザインを貼っていくわね。ベーグルさんの前もこのマイデザインに貼り替えたんだな。そうマイデザイン枠を節約するために貼り替えることにしたわ。今後のしまくりにこの節約が効いてくることに期待だな。入り口にはこれ、以前マイデザイン講座を見て作った石のマイデザインを貼るわね。そのマイデザインまだ残ってたんだな。何かに使えるかと思って残しておいたわ。完全オリジナルじゃないけどいいんじゃないかな。石の道の横にはこちらのマイデザインを。これはシルエットさんのお家の庭に貼ったマイデザインじゃないか。このマイデザインはめちゃくちゃ使いやすいから、他の場所でも大活躍してくれそうね。マイデザイン枠節約にはもってこいってわけか。あとはタイルのマイデザインをここに貼れば入り口の下地は完成かな。いよいよ家具の設置だな。まずは飾り柱をここに置いてと。まあこう使うだろうとみんな思ってたと思うぜ。そしたら飾り柱の上にランタンを飾ってみるわね。飾り柱にランタンが似合うのかどうなのか気に入らないからマリサ。こういうやつを送ってくれないかな。プラズマボール？急なおねだりだな。だって注文して届くのを待つと動画のテンポが悪くなっちゃうんだもの。よしレ夢ム送っておいたぞ。ちなみにウプ主一人で3台のスイッチを操ってるのでアイテムのやり取りはいつでも自由にできるのだ。プラズマボール2つ確かに受け取ったわ。それはそうと順から届いた素晴らしいアートが気になるんだが。そりゃ当然素晴らしいアートに決まって、スコップを持ってるから全然素晴らしくないぞ。見なかったことにしておくわね。ではプラズマボールに置き換えてと。さてプラズマボールの実力はいかほどかな？よし完璧ね。じゃあ次はこのいっぱい余ってる檻を活用するわね。それって風船から出るレシピを集めるときに使ったやつか。気になる人は過去動画をよろしくね。檻は錆びてるのを使うんだな。古いレストランって感じにしたいからあえて錆びたのを持ってきたんだけど。なるほど。檻だけじゃ物足りないから手前に洋風な柵を立ててと。両端にも飾り柱を置きたいけど注文が面倒だから、遺跡の飾り柱と、遺跡の折れた柱を使うことにするわね。折れた柱も使うんだな。柱が折れるくらい古いレストランということで。でもそれじゃあ天井がいつ落ちてくるのか心配なんだが。テラス席なんだから天井なんてあやしないわよ。そうか、まだこの奥は外という設定なんだ。そういうこと。さてこれで入り口の門は完成。次はこの芝生のところにかぼちゃ家具をいっぱい飾りたいわね。まずは定番中の定番ハロウィンな馬車だな。ずっとかぼちゃの馬車って名前だと思ってたわ。家具の名前を正確に覚えてないのはよくあることだから気にするな。家具の名前は正確に覚えておかないと探すときに困るんですが。お次はこちら。プレートアーマーを飾るのならさっき順からもらったものの負の彫刻を飾ればいいのに。いやそれはちょっと偽物を飾るわけにはいかないわよ。それもそうだな。錆びてるやつにリメイクしてみたわ。それではまたかぼちゃ家具を。ハロウィン家具な。ハロウィン家具って名前だとハロウィンシーズンにしか飾れないから、次回作ではかぼちゃ家具というシリーズに変えてほしいわね。そういう考え方もあるな。さあまだまだ行くわよ。芝生のところに空きスペースがいっぱいあるものな。タワーを3つとかかしを1つ作ったわ。ハロウィンなタワーはこんな風に3つ密集して、2つは裏を向けて並べるのか。3つとも顔が見えるとなんか賑やかになりすぎると思ってね。ふむ。かかしちゃんはタワーと重ならないようにしてと。かぼちゃがいっぱいじゃないか。あとは収納に余ってた麦畑で隙間を少し埋めれば入り口は完成よ。これはなんかあれだな。レストランというよりも古いお城って感じがするんだが。じゃあ古いお城の跡地をレストランにリフォームしたという設定にしましょ。それじゃあレストランの手前の道を飾る家具を注文。出たみんな大好き植物パーテーション。みんながマリサみたいにいっぱい飾ってるかどうか見たことないでしょ。それじゃあ植物パーテーションが好きな人は高評価よろしくだぜ。では届いた植物パーテーションを設置する場所がなかなか決まらないご様子だな。いつものことだから気にしないで。これは収納にあったウェディングなフラワースタンドね。その丸い街灯も収納に余ってたのか。もう在庫切れだけどね。あとはベンチを置きたいんだけど。DIY できるベンチを適当に並べれば大丈夫だぞ。マリサの言う通り適当に決めるわね。というわけでアイアンガーデンベンチで素晴らしい選択じゃないか。素晴らしいも何も適当なんですけど。じゃあ一応ね色だけでもこだわりたいかな。ホワイトとブルーはなんか雰囲気と合わない気がするし。なんかマリサに誘導されてような気がするけど、ブラウンにリメイクしたわ。あ、また植物パーテーションの位置を修正してる。これで最終決定だから大丈夫よ。砂浜との境界線に柵を立てておかなくちゃね。レイムさん砂浜も飾りましょうね。聞こえない。今飾っておかないと大変なことに。マリサには言われたくないわ。それじゃあマイデザインをダウンロード。砂浜に貼るマイデザインはいつも悩みどころなんだよな。誰が砂浜に貼るマイデザインって言ったの？レストランに貼るマイデザインに決まってるじゃないの。レイムさんの砂浜の飾り方講座は動画の後半で。砂浜を飾り付けする流れなくなったじゃないの。
霊夢さん困った時はこれを。もうヨットはお腹いっぱいよ。そんな先の話よりもまずはレストランに貼るマイデザインを決めるんだからね。このクリエイターさんのマイデザインは全体的に渋いよな。古いお城の後にぴったりのマイデザインを見つけたわ。いいじゃんいいじゃん。というわけで9枚セットでお借りしたわ。ここで9枚消費か。1枚だけ借りるわけにはいかないでしょ。ちゃんと縁取りしないと気持ち悪いものな。マイデザインは9枚借りてきちんと貼るのが塔を綺麗に見せるポイントなんだからね。いやいやレイムさん檻の奥にマイデザインをきちんと塗ってませんよ。そこはきちんと塗ってないんじゃなくてわざと開けてるのよ。とある家具を飾るためにね。とある家具ってもったいつけなくてもいいじゃないか。そうせかさないでよね。今回のしまくり QOL の禁止にしてるでしょ。そうだったな。なのでね、こちらの家具を DIY するわよ。朽ち果てた木なんだか久しぶりに見る気がするぜ。なかなか使いどころがない家具だけど、今回の古いレストランにはぴったりだとは思わない？霊夢さん、古いレストランじゃなくて洋風レストランを作ってほしいというリクエストでしたよ。あ、そうだったわね。じゃあ古い洋風レストランということで、古いレストランだと料理の味も洗練されてそうだものな。ではそれで行きましょう。どうしたんだレイム？もう朽ちた木を飾るのは終わりか？ハロウィンな木も飾っても良さそうかもと思ってね。ほうほう。それはそうとかぼちゃの減り方が半端ないんだけど、まだそんなに飾ってないのにかぼちゃをいっぱい使っていたとは。かぼちゃの苗をいっぱい植えておいて正解だったわ。木ばかり置いても面白くないからこれも飾るわね。お化け屋敷要素も入れるんだな。井戸は朽ちた木と相性抜群だと思うのよね。井戸といえばホラーの定番だからな。まあ貞子くらいしか知らないんだけどね。これで入り口の周りだけは立派になりましたね。大丈夫よ静江さん。お食事スペースは豪華に飾ってみせるわよ。霊夢さん豪華なのはお料理だけで十分ですよ。静江さんジンギスカンは用意できないのよ。それは残念です。さてさて豪華な椅子とテーブルを用意しなくっちゃね。とは言ってものの豪華なものをあまり飾ったことがないから思いつかないんだけど。霊夢さん。それはいらないっつーの。豪華といえばエレガントな家具だと思うぞ。なるほどなるほど。エレガントな家具もそれなりにお高いから OK だなもう。種土の許可は必要ないんですが、マリサ、エレガントなソファはあるんだけどチェアがカタログに載ってないわ。じゃあ2つ送っておくぜ。ありがとう大助かりよ。それとテーブルなんだけど、テーブルならクロス付きラウンドテーブルがおすすめかもな。丸いテーブルはちょっと飾りにくいから別のを探してみるわ。そういえばエレガントな家具ってリメイクパターンが豊富だったわね。霊夢さん改造さんにお願いしなくてもリメイクキットでできるだなもう。私ただのリメイクには興味がないので。そうなのね。やっぱりフレームの色も変えたいところだよな。しかしこんなにバリエーションが豊富だったとは。フレームをゴールドに？霊夢さん素晴らしい選択だなもう。褒められても困るんですが。ちなみにマイデザインも貼れるだなもう。こんな椅子座るの怖すぎでしょ。可愛いと思うのに。明らかにピンクローズの方が可愛いわよ。カラーが決まったから必要な個数を注文なんだけど、全然足りないからマリサも注文しておいてよ。私のカタログにゴールドのフレームのやつが載ってないんだが、リメイクは改造の兄貴に頼むから心配ご無用。そしてテーブルは匠ライフで注文よ。椅子を買い集めると購入できる枠を一気に使い切っちゃうよな。嘆いても仕方ないからじっくり家具を集めていくわね。それでテーブルは何を買うのか決めたのか？アンティークなテーブルもちょっといいかなと思ったけど地味だから却下。なのでこれまたリメイクパターンが豊富なクロス付きテーブルを買ってみるわね。ふむふむ。タヌ吉、リメイクキットを買いに来てあげたわよ。ついでにブリキのペールまでお買い上げだなんて。ブリキのペールをどこで使うのかは後でのお楽しみということで。ではクロス付きテーブルをどうリメイクするのか考えるわね。ピンク可愛くないか？じゃあマリサおすすめのピンクにするわよ。ぼそっとつぶやいただけなのに決まっちゃったぜ。おすすめじゃなかったの？ほらほらエレガントなチェアのファブリックがピンクだっただろ？なるほどそれに合わせてってことだったのね。実際に並べてみるとなかなか可愛いじゃないか。古い洋風レストランかと言われるとどうなのかな？新しいものも取り入れてるということで。新しいねー。霊夢まだ椅子を配置しないのか？いいことを思いついたんだけど、どうやら私お誕生日会のイベントをしたことないからバースデー家具を持ってないのよね。なるほどお誕生日席を作ろうってことか。そのイメージ画像全く伝わらないわよ。収納にいくつか余ってたから持って帰ってくれよな。まさかこれだけなの？それだけありゃ十分だぜ。ケーキが一つと、キャンドルは二つだぜ。せっかくだからこのゴージャスにリメイクするわね。どの辺がゴージャスなのかは謎だけどな。あとはバースデーボードが一つだぜ。確かにこれだけあれば十分かもね。ではボードはここに置いてと。もちろんエレガントなチェアは、そこじゃハッピーバースデーがちゃんと見えないかも。あ、ほんとだ。後で調節するとしてとりあえずバースデーケーキを、テーブルに乗せてくるリンパと、どうしたらいいかしら。ボードを動かすしかないな。よっこらしょ。それでいいんじゃね？キャンドルはサンクスギビングベーススタンドの上に乗せておくわよ。それがベストだな。では次、椅子を配置していくわね。そう並べると座れないのがな。座れないのは気にしないわ。テーブルに置くお料理は収納にあまり入ってないみたいだから、作らなきゃならないな。霊夢さん私のためのレストランですよね。なんか甘いかぼちゃのスイーツばかりな気がするんですが。右のお誕生日席はデザートのお時間なのよ。なるほどそうでしたか。操作間違えた。それ絶対やっちゃうよな。
食べてしまうよりマシだからまあいいんだけどね。間違って食べると取り返しのつかないものもありますから気をつけましょうね。しずえさん、なんか言い方が怖いんだけど。だってこれが入ってると大変なことに。玉ねぎは入ってないから安心してね。っていうかそういう意味で食べるよりマシだと言ったわけじゃないんだけど。レイムどうした？もう飾り終わったのか？椅子がもうないんですが、注文するのを忘れてたぜ。明日取りに行くからマリサも買えるだけ買っておくように。はい、わかりました。5個用意しておいたがこれで間に合いそうか？多分足りると思うわ。まずはお誕生日席の方に2つ置いてと、お料理用のかぼちゃを収穫。何度も収穫してるな。だっていっぱい必要なんだもの。それはそうと2つのテーブルを埋め尽くすほどかぼちゃ料理の種類はなかったような。なのでかぼちゃ料理以外のものも混ぜてるわよ。なるべく気づかれないようにね。いえいえ別にかぼちゃ料理以外を飾ってはいけないというルールはありませんよ。あ、そうだったわね。それにしてもあつ森のお料理って美味しそうだよな。かぼちゃの煮付けが食べたくなってきたぜ。あつ森にかぼちゃの煮付けはないんだけど。いやあつ森の料理っておしゃれすぎて私には馴染みがなくてな。次回作ではぜひ親しみやすい料理も増やしてほしいぜ。親しみやすい料理ならリアルなスーパーのお惣菜コーナーで買いなさいよね。あ、それが現実的かもな。お料理を並べたらなんだかこの真ん中がかなり寂しく思えてきたわ。確かにそこは広すぎるから物足りないぜ。まだ飾ってないハロウィン家具をビアンカ姉さんが脱出してきたぞ。実はあなたに頼みがあるの。このレインコートを引き取ってほしいの。びっくりするくらい唐突だったわ。あれれ？まだ飾ってないハロウィン家具を使うんじゃないのか？ずっとポケットの中にあった植物パーテーションを置いてみようかなと思ってね。ここを飾るときに4個一気に注文してたのか。それじゃあ結構好きな人が多いと思うハロウィンなトリックランプを。そこはみんな大好きっていうところだぜ。みんな大好きってなんか言いづらい。そしてトリックランプを乗せるならこのアイテム。サンクスギビングベーススタンドは小物を飾るときに頼りたくなるアイテムの一つだぜ。英語の直訳みたいな喋り方ね。そうかな？そしたら奥にも同じようにトリックランプを飾るわね。少し変化をつけるために黄色にリメイクしてみたわ。トリックランプは色によって中身が違うところが面白いよな。これでかなり賑やかになりましたね。さあ次はさらに奥の飾り付けよ。私の大好きなカウンターテーブルじゃないか。好きなのはマリサだけじゃないかもね。それとレジは欠かせないわ。カウンターやらレジやらを買うということは何を作るか分かっちまったぞ。このケーキのショーケースは収納に眠ってた家具なんだけど、まさかそんなものを隠し持ってるとは思ってなかったぜ。このレジカウンター、色がちょっと合わないわね。なので改造の兄貴にリメイクしてもらってきたわ。ケーキのショーケースに合わせたんだな。レジ周りはちょっと落ち着いた感じにしてみたいのよね。レイム椅子はまた後で考えるわ。落ち着いた雰囲気だからちょっといい椅子を買っちゃおうかな。どうしようかな。期待しちゃうだなもう。それとレストランを担当してもらう住民さんも決めなくっちゃね。ここの奥に住民のお家を移設するつもりだったのか。そう部屋は厨房にしようと、ちょうど良さそうな住民を見つけたわよ。モモリーナじゃないか。というわけでモモリーナのお家の移設場所はここ。まだまだ家具がいっぱい必要になりそうだぜ。なのでもう少し私のしまくりに付き合ってね。カウンターに飾る食べ物は収納の中にあるのでこと足りるわね。まさか家具を注文するのが面倒でセレクトしたんじゃ。ないに決まってるじゃないの。素敵なチョイスじゃありませんか。さて飾れるものがなくなったから注文。やっぱりカウンターにはヴィンテージなスツールだよな。なんか今回は椅子ばっかり注文してる気がする。ちょっとマリサコーヒーグラインダーとサイフォンを送ってちょうだい。唐突だな。だってもう買い物枠がいっぱいなんだもん。匠ライフに来たのならここで注文すればよくね。ちょっとくらい甘えさせてよね。わかった、いっぱい甘やかしちゃうぜ。では椅子を並べてと。買った家具、すぐに使い切っちゃいそうだな。今日の活動はめちゃくちゃ短くなりそうね。あ、中世の街並みが足りない。まあいいわこのまま進めるわね。かなり疲れてきてるご様子だな。厨房関連の家具を設置してと、マリサからもらったコーヒー関連のアイテムはここよ。ところでなんでこの家具が必要だったんだ？プレートの上にいくつかコーヒーがあったからよ。なるほど。スイーツボックスは、やっぱりリメイクした方が良さそうね。もしかして。さすがにそれは無理ね。しょぼーん。ずっと飾ろうと思ってたブリキのペールの出番がやっと来たわ。そういえばたぬき商店で買ってたな。家具を使い切ったから注文よ。あ、その中世の街並みがお城の壁だったらな。聞こえない。あ、また飾り柱を買うんだな。これにはちょっと悲しい理由があるのよね。一体何なんだ？それについてはすぐにわかるわ。というわけで少しだけ工事を。中世の街並みの奥は工事しちゃうんだな。見えないからめちゃくちゃ工事しづらいわね。崖の上も一応飾り付けをしておこうかな。ハリボテの木だって？そこって建物の屋上じゃないのか？モモリーナの家以外は建物じゃないわ。古いお城という設定だけどお城の部分は全部壊れちゃってるということで。じゃあなんでお城家具を使わないだなも。中世の街並みの方が安いからに決まってるじゃないの。はっきり言われちゃっただなも。さあレストラン作りも大詰めよ。あ、ここに中途半端な隙間が。本当は中世の街並みをずらっと並べたかったんだけど。なるほど、これが飾り柱を置くことになった悲しい理由か。あとは冷蔵庫ともう一枚中世の街並みを置けば完成よ。さあレイムさん、砂浜が待ってますよ。砂浜？何のことでしょうか？砂浜も昔はお城の一部だったという設定でレストランに貼ったのと同じマイデザインを塗っていくわね。またマイデザイン枠の節約だな。
ところどころ芝生の前デザインを貼って荒廃した感じを演出してみたんだけど、撮影ミスで録画できてなかったわ。と、悔やんでも仕方ないので飾り付けを進めていくわね。ハロウィン家具は久しぶりの登場だな。砂浜はハロウィン家具を使いまくるつもりよ。それは楽しみだぜ。いきなり季節外れのカーニバルな屋台の登場とは。可愛ければ何でもあり。ここは謎のジュースのお店だから怪しげな大釜を用意するわよ。なるほどなるほど、これもハロウィンにぴったりの家具かもな。謎のジュースは石造りのキッチンの両サイドに設置。ハロウィン家具との相性も良さそうだぜ。段ボールの山があったからここに置いてと。なぜ人参なんだ？ここかぼちゃの料理は出てこないわよ。あくまでもジュースのお店ってことなんだな。かぼちゃの家具をいっぱい使うけど勘違いしないでよね。なるほど、見た目で判断しちゃダメってことなんだな。それではハロウィンなテーブルを適当な場所に並べてと。この家具ハロウィン以外じゃ活躍しそうにないよな。確かにかなり扱いにくい家具よね。それに比べてハロウィンなチェアはまだ使えるかもね。なんだろう？顔がついてるかついてないかの差なのかな？多分その考え方が正解ね。それにしてもハロウィンなチェアいっぱい作ったな。もし売ってる家具だったらこんなに用意できないわよ。このままテーブルにジュースを乗せて終わりにするわけにはいかないから。一時期大ブームが巻き起こって樽を並べてね。そういえば樽はおしゃれアイテムとして大人気だったな。思い切ってこういう家具も飾ってみようかな。ハロウィンが終わると急にクリスマスの宣伝が始まるのはちょっとびっくりだよな。霊夢さんも11月にはここのレイアウトを変えてくださいね。マジですか？だったらもうかぼちゃ家具は置かないもん。あ、クリスマスなキャンドルを作ってきたな。それと可愛い貝殻のオルゴールも作ったわ。それなら置き換えなくても良さそうだな。ここになんとなくウェディングなベンチが置きたくなっちゃった。テーブルの上には収納に残ってたジュースやお菓子の家具を乗せておくわね。なんか季節限定のやつとかもあるんだな。いつ買ったのかも思い出せないくらい昔のだから。食べると大変なことになりますね。これは本当に大変なことになるわ。だいぶ賑やかになったじゃないか。左側は古いお城の名残をという意味で遺跡家具を飾っておくわね。ちゃんと設定を大事にしてるんだな。別に家具を注文するのが面倒という理由じゃないんだからね。というわけで砂浜はこんな感じ。残すはモモリーナのお家のリフォームだな。まだ仕事が残ってたなんて。この可愛いお部屋を全く別のものに作り変えるわよ。なんかもったいないな。まずは部屋全体をハロウィンな壁に変えてね。奥は裏庭の壁がいいかな？そんでもって床は赤黒 P タイルで、部屋の中もハロウィン仕様なんだな。ここでたぬきちがお望みの住民さんのお部屋に飾ってもらっても嬉しくないだなもう。本当に文句の多いたぬきね。お城の門の手前に石造りのキッチンを設置。古いレストランなのに食洗機だって。一応高級レストランだから最新のシステムも導入よ。冷蔵庫もかなりいいやつだよな。ただだから飾りたい放題よ。いっぱいお料理をさばけるように厨房の調理台は2つ設置。今日は厨房の調理台をよく見るぜ。今日だけだから許してね。少ないスペースを活用するために天井には吊るし棚を吊っておくわね。吊るし棚は何気に使い勝手のいい家具だよな。ドレープよりも使いやすいわ。ドレープは私の超お気に入りなのに、薬品棚だって。中身は調味料ということで、キッチンが一つなのは少ないから厨房のコンロを追加。お料理を運ぶためのサービングカートをここに置いてと、調理台の上はお料理中ですという演出をしておくわね。お料理系の小物って充実してるよな。あつ森開発スタッフさんにはお料理のできる方が多いのかもしれないわね。憧れちゃうぜ。小物を乗せられるところ全部に小物を乗せてみたんだけど、もう物は置けそうにないぞ。あとは天井に明かりを。ミルクガラスランプはなかなか渋いチョイスだぜ。厨房だからこういう落ち着いた明かりが一番だと思ったのよね。シャンデリア系を飾るわけにはいかないものな。ランプの配置はこれで OK。入り口の上に20インチのテレビを設置。どういうこと？オーダーが入ったらここに映るという設定よ。なるほどなるほどなるほどな。入り口はこれで OK。今回あれを一つも飾ってなかったから最後のおまけに。霊夢さんありがとうだなもう。冷蔵庫の色を赤に変えて、これにて厨房の完成だな。かなりごちゃごちゃした感じになっちゃったかな？というわけで今回作った高級レストランはこんな感じ。入り口はハロウィン全開だぜ。すぐにクリスマス家具に入れ替えしちゃうんですね。ここのかぼちゃも別のものに変えなきゃいけないのね。ちなみにモモリーナ邸はかなりシックな感じに仕上げてみたわ。そうそう霊夢せっかくだから夜の様子も。夜になるとちょっとだけ怖いかもね。明かりがある割に暗いものな。それじゃあみんなも素敵なハロウィンを楽しんでね。じゃあ私もハロウィンらしくホラーゲームでも、こらあつ森を遊びなさいよね。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。これでリス住民が遊びに来てたら超ラッキーなんだけど、霊夢は現在リス島を目指して住民厳選中だものな。美味しそうな住民さんでも全然 OK ですよ。美味しそうな住民厳選はまた別の機会でね。さてさて誰がいるのかな？ 1 号さんじゃないか。いちいち叫ばなくてよろしい。だって猫住民なかなか出ないんだもん。というわけで当然スカウトは見送り、砂浜にキャンプサイトを置いてるからリス住民が来ないんじゃないか？キャンプサイトの場所なんて関係ないと思うけど。なのでレイムさんこのコメントを読んでほしいのだ。なのでの意味がわからないんですが。キノコの森作って。よし採用だ。勝手に決めないで。っていうかなんでキャンプサイトとキノコの森が関係あるわけ？
特に深い意味はないのだ。今の季節にぴったりのコメントだと思っただけなのだ。というわけでレイムがキノコの森にキャンプサイトを飾るので最後までよろしくだぜ。それともともとキャンプサイトのあった砂浜も飾ってくださいね。勝手に色々決まっちゃった。言っておくけど私の島南半球だからキノコが手に入らないんですが、キノコのことなら私に任せろ。じゃあ島を開けるわね。前回マリサさんはレイムさんの島に入れなかった気がするんですが。なんか今日は一発でレイムの島に入れたぞ。何か設定を変えましたか？特に何もしてないんだが、色々解決方法をコメントでいただいたのに、今回ダメだったら色々試そうと思ったんだけどな。それじゃあここに置いていくから思う存分使ってくれたまえ。マリサこんなにあっても使い切れないんだけど。いや以前キノコを取りすぎたことがあってな。それ2年も前の動画じゃないの。キノコはどうやら鮮度が大事なんだそうですよ。DIY に使うんだから問題ないぜ。しょうがないマリサのキノコ在庫の処分に付き合ってあげるわよ。まあ収納がいっぱいで困ってるのは否定しないぜ。それじゃあこのキノコを使って。立派なキノコ持って行きすぎたかな。知らんがな。それじゃあ島繰り返し。ここに加工があるからちょこっと利用してみようかな。加工なんてもう何年も島を作る時に利用した記憶がないぜ。だいたい加工は島繰りの時に邪魔者扱いされがちなんだけど、案内所と同じで固定されてるから邪魔なんでしょうね。しずえさんに案内所が邪魔って言われてしまっただなもう。あんたがしずえさんを働かせすぎだからでしょうが。なんですと。どうやら自覚はないみたいね。ところでレイムさん、そこを河川工事してるということはもしかして、橋を架けるからちょこっとレストラン前のレイアウトを変更するわね。やったぜだなも。それじゃあこの橋をお願いするわね。珍しいのを選択するんだな。素朴な感じの橋がいいかなと思ったんだけどこの木製の橋16万8000ベルもするのね。今日もお高い橋を注文してくれてありがとうだなも。まあ買い物はする気ないけどね。レイムさん何か言いましたか？いえ何も言ってないわ。お金を全部納めて工事の続きは橋ができてからね。橋が使えないと作業がはかどらないものな。それではちょこっとお出かけ。もしかして買い物ってここでするつもりだなも。とぼけたふりしてちゃんと聞いてたのね。当然買い物なんてする気はなくて鶴と光ゴケを集めに来ただけ。なるほど光ゴケ家具とキノコの夢のコラボレーションというわけか。夢と呼ぶほどのものでもないと思うんだけど。落とし物を拾ったら届けないわけにはいかないわよね。はいどうぞ、ゆきみんともそろそろお別れなんだな。うちの島リス島にする予定だから。なので次回の住民厳選会までうちの島で楽しんでね。それでは河川工事再開。かなり悩みながらの河川工事に見えるが、まっすぐにするとレストランが水没しちゃうからね。先に川を作っておけば悩まなかったかもな。そうね、もう少しきちんと計画を立てておけばよかったわ。ちなみに崖を工事したのは滝を作るためよ。困った時に滝を作りたくなるのはよくわかるぜ。私まだ困ってませんけど。失礼しました。それはそうとそこまで川を広げてるということはもしかしてもしかしなくても橋を架けてあげるわよ。マジですか？株を買うつもりはないから予算が有り余ってるのよ。やっぱり株を買ってくれないだなもね。ちょっと川幅が広すぎる気がするから一マス縮めるわよ。小さくて可愛い橋を架けるつもりだな。まあそういうことね。ちなみにこの崖は、ここからキノコの森ですよという印にしちゃうわよ。キノコの森の入り口オラワクワクしてきたぜ。僕もワクワクしてきただなも。それじゃあ一番お値段の可愛い橋を頼むわ。なんとなくこうなることは分かってただなも。小さな吊り橋も可愛いと思うんだけどな。キノコの森だしね。たまには丸太の橋を使ってもいいんじゃないかなと思ったわけよ。丸太の橋はこれで OK。崖の角は丸くしてと。そしてお約束の滝の工事だな。崖の幅が狭いから滝の幅も狭くなっちゃうけどね。崖は右側も丸くしておくわよ。崖にツルを引っ掛けるのはもはや定番だな。あるのとないのとではかなり見栄えが変わるからね。滝と川をちゃんと繋いでおかないと。それと手前の崖にも滝を一マス。では入り口の飾り付け開始。新しいマイデザインは借りないんだな。そうまだここは古いお城の跡地という設定だからね。その設定マイデザインの節約に便利だな。マイデザイン枠は貴重だから大事に使わなくっちゃね。でもワンパターンにならないように奥に貼るマイデザインはちゃんと新しいのをお借りするつもりよ。さすが私の弟子だぜ。マリサの弟子になった覚えはないんですが、廃墟って漢字を表現するためにレンガの間に芝生のマイデザインを織り交ぜておくわね。これは前回砂浜に使った手法だよな。これでかなりいい雰囲気になったでしょ？で、遺跡家具を並べていくわけか。さすがにそれはワンパターンになるから今回は遺跡家具なしで。滅場者か。収納に余ってた家具で良さそうなのがなかったから、世界の道しるべを DIY してと。入り口には最適な家具かも。白にリメイクしたいからちょっとお買い物を。レイムさんお買い物しないんじゃなかっただなも。リメイクキットはいいのよ。じゃあお店の奥にある幸運の壺も買っていってほしいだなも。やばい宗教か。たぬきち社長が教祖様の宗教なんて誰も入らないと思いますよ。それもそうね。たぬき開発のスマホを使ってる時点で僕を信仰してることと同じだなも。なんですって？いや冗談だなも。怖いこと言わないでよね。もうちょっとで僕のイメージが悪くなるところだっただなも。もともと悪いっつーの。
世界の道しるべを一つ飾るのにかなり時間がかかったな。それだけ大切な家具ということで、ここから少しスピードアップするから、許してちょうだいね。またまたツルを引っ掛けてる。崖を削ったところが見えてると落ち着かないのよね。今回木を禁止にしてるからこんな風に丸太のスツールを並べて、上に模型を乗せて森を演出する作戦だな。木を植えられなくてもなんとでもなるわね。そしてこちらも木を禁止してる時に重宝するアイテム。ハリボテの木は今回のシリーズ大活躍だな。ハリボテの木は砂浜との境界線あたりに収納に余ってた柵と組み合わせて、可愛く飾るわね。レイムさん砂浜を飾る気満々ですね。飾る気満々なわけないわ。だってこの画角なら砂浜は見えない。そんなことではごまかせませんよ。砂浜の飾り付けは動画の後半で。次は崖の上の飾り付けを。収納にいくつかキノコ株が余ってたからまずはそれから使うわね。どのリメイクを選ぶつもりなんだ？赤いキノコ一択よ。なるほどミコさんカラーということか。そういう意味じゃないんだけど、キノコ株は赤が一番可愛いと思わない？確かに可愛い島を作ってるのなら一番合うキノコかもしれないけど、ありきたりじゃね？ありきたりの何が悪いというのよ。ちょっと聞きたいんだけどこの石像って何がモチーフになってるの？そんなの私が知るわけないぜ。聞かなきゃよかった。知ってる方がいればコメントで教えてほしいぜ。森に飾るからリメイクカラーは固形石で。橋を渡った先に飾るんだな。この石像こんなところしか使い道がなさそうよね。確かに飾るのが難しい家具かも。ちょっとここの隙間を埋めたいわね。光ボケシリーズをいっぱい使えばいいんじゃないか？ちょっとした隙間を埋めるのならこれかな。キノコのドットに合うように白リメイクなんだな。いろんな色を飾ってカラフルにするのもありだと思うけど今回は白で、それでは森の中に貼るマイデザインを探すわね。そういえばさっきお借りするって言ってたな。秋らしいマイデザインがないからどうしても必要なの。お気に入りの方からということは大体どんなマイデザインをお借りするのか決めてたんだな。そうではないんだけどお気に入りの方から探せばどうにかなるものなのよ。そのオータムリーフのマイデザイン良さそうだけどいっぱい借りないといけないぞ。セットで借りると取り返しのつかないことになるからこれ一つで十分よ。そのクオリティなら塗りつぶすのもありだな。いやいや塗りつぶすのはもったいないからね。まずは黒土の道、土の道、砂の道を塗り分けてね。これはエイブルさんを飾るときにやってた手法じゃないか。そうそう、こんな風に円にしてね。いやいやここだけアーモンドの形にしようかな。どうせならキノコの形がいいと思うぞ。どうやってキノコの形にするの？方法はレイムが編み出してくれよな。やり方がわからないことを提案しないでよ。あははははは。それはそうとお団子は斜めに並べてるみたいだけど。お団子？まあ確かにお団子に見えなくもないけど、この丸い部分だけ歩けるようにしようと思ってるのよ。つまり斜めの道ということなんだな。まあそういうことね。この奥にお家を飾りたいから道はこの辺りまでで OK かな？森の奥には誰が住むんだろうな。それはまだ決めてないからまた後で。ではこの道の上にさっきお借りしたマイデザインを貼っていくわね。これは10日のマイデザインしか使えない手法だけど、本当にいいマイデザインを発見したな。地面によって若干色が違って見えるのもなかなか面白いわね。一つで何倍も楽しめるマイデザイン素晴らしいぜ。よしよし道はこれで完璧ね。いよいよキノコ株がいっぱい登場するぜ。おっと左にうちの島に存在してはならないものが。レイムさん今回は苦手な岬も飾り付けするんですか？聞こえない聞こえない。それじゃあマリサの大好きなキノコのランプと、私はランプよりもパラソル派だぞ。知らんがな。キノコのスツールを、いくつか作ってと。もちろん両方とも赤いキノコにリメイクだよな。そんなの当たり前じゃないの。ではキノコ株を置く場所にもオータムリーフのマイデザインを塗ってね。そこは塗りつぶしちゃうんだな。塗りつぶしても道とくっつかないからね。それじゃあマリサの大好きなキノコ株を適当に、じゃなかった計算して並べていくわよ。すごいな。それでどういう計算なんだ？ちゃんと歩けるかどうかとかね。なるほどそれは一番重要だぜ。せっかくだからキノコだけじゃなくてこの白い光ボケの岩も飾っちゃおうっと。レイム右側にちょっと隙間があるけど、ここの隙間を埋めるにはあれしかないわね。キノコのスクリーンか。キノコのスクリーンは縦に置いても存在感抜群だからね。広いところにはやっぱりキノコのパラソルだよな。ほらもう森っぽくなってきたでしょ？いやいやまだまだ甘いぞ。わかりましたまだまだキノコ株を置く場所を拡大していくわ。いい心がけだぜ。とりあえず手持ちの光ボケのスツールとキノコのランプを置いてね。ここでまだ飾ってないキノコ株キノコの原木を DIY よ。キノコの原木も可愛い株だよな。そしてもちろん赤にリメイクしてきたわ。それはそうとキノコのランプばかり飾ってないか？私が好きだからこれでいいの。できればもっとキノコのパラソルを。はいちょっと待ってね。では次、マイデザインを塗ってない場所を崖工事していくわね。マイデザインを塗ってる場所を囲むように崖工事するのか？そうするつもりよ。ここの角を丸くしてね。またツルを引っ掛けてる。森の崖にツルは欠かせないのよ。それじゃあ再び崖工事。ということは住民さんのお家は崖の上に飾るのか？なので階段が必要に。やりましたか？レイムさん。すぐに案内所に行くわね。場所的にあまり期待してないだなも。丸太の階段をお願いするわ。絶対ナチュラルなスロープをお願いされると思ってただなも。階段をお願いするって言ったじゃないの。確かに。
それじゃあ残りの部分の崖工事をやっていくわよ。あ、レイム崖で階段が隠れちゃうのならスロープでもよかったんじゃないかな。島くりした箇所を斜め上視点から見ることってあるでしょ？なので丸太の階段を依頼した意味はちゃんとあるんだからね。レイムさん涙がこぼれそうですよ。まだ泣いてないから大丈夫、しずえさん。それならいいのですが。そういえばキャンプサイトもここに飾らないといけなかったわね。もうそこの滝のところしかキャンプサイトを移設する場所がなさそうだな。キャンプサイトって 4×4 マスだったっけ？その通りだなも。なんということでしょう、この場所にぴったりではありませんか。まあちゃんと計算してたんだけどね。さすがレイムだぜ。これでリス住民が遊びに来てくれるようになったら完璧よ。続きは階段とキャンプサイトの移設が完成してからだな。ちょっと待ってね。まだ飾り足りない部分があるから、どんどんキノコ家具が増えていく様子がたまらないぜ。いいお天気だとより一層秋だというのが実感できるぜ。うちの島南半球だから実は春なんだけどね。あ、そういえばそうだったな。ここの崖の上は誰も入ってこれないようにするつもりだから、塗りつぶしちゃうんだな。塗りつぶしちゃうわよ。ちょっと家具がワンパターンになってきたからここで変化をつけるために光苔の泉を作るわね。リメイクカラーはグリーンか。特に選んだ理由はないけどね。なんとなくここに斜めの道しるべを置いてみたわ。なんとなくかもだけどいいんじゃないかな。では泉を置く前にキノコ家具を置けるだけ置いてと、少しの空きスペースも許さない感じか。光苔の泉、ぴったり収まったわ。あとは奥にもキノコ家具をいっぱい並べちゃうわよ。だんだんキノコの森らしくなってきたじゃないか。そろそろここに住んでもらう住民を決めなくっちゃね。まだお家を飾ってないリス住民から選ぶんだよな。まだお家を飾ってないリス住民さんはこの3人ですよ。2号さんはキノコの森に合わない気がするから却下。ってことはスピカさんもキノコの森とは無縁そうだから、順に決定。ジュン君はキノコの森に住んでもらうのはもったいないから、スピカさんに住んでもらうことに決めました。もう少しリス住民さんが多ければ違う結果になったかもしれないですね。だってキャンプサイトにリス住民全然来ないんだもん。ほら見てマリサスピカさんがキノコの森にぴったりの帽子をかぶってるわ。レイムにそう見えてるのなら問題ないな。でしょ。なのでここにスピカさんに住んでもらうことが決まったのは大正解なんだからね。というわけでよりキノコ家具を置けるように、スピカさんのお家の両サイドに崖を作ってそこに色々並べてみたわよ。なかなか良さそうだぜ。それじゃあ移設場所を決定してと、たまに忘れて次の日に行っちゃうんだよな。それはマリサだけだからあるあるじゃないわね。そうなのかな？レイムさんお買い物はしないと言ってませんでしたっけ？本当は買いたくないけどどうしても欲しいものが。お買い上げありがとうだなも。なんでこのウフトパーテーション DIY 家具にしてくれなかったの？僕に言われても困るだなも。それとこのカウンターテーブルもね。まずはスピカさんのお家の前にマイデザインを貼るわよ。それはそうとスピカさんのお家の中もキノコの森になるのかな？今からどうなるのかワクワクするぞ。スピカさんのお部屋はゲーミング部屋だから、キノコの森の部屋にしちゃうと印象がガラリと変わっちゃいそうね。部屋の印象をガラリと変えられるのがリフォームの醍醐味だぜ。マイデザインを塗ったら右の空きスペースの飾り付け。早速ウッドパーテーションのご登場だな。カントリーなティーテーブルはキノコの森を見下ろせるようここに置いてと。椅子は収納にあった木製のスツールを選択よ。椅子買ってくれないだなもね。椅子なんて買うほどのものでもないからね。キノコ家具ばかりになってきたからハリボテの木焼きバージョンも使ってみようかな。それと生活感を出すために物干しロープも置いてみるわよ。もしかしてレイムさん僕の前でさーて。左側にはおなじみの木箱と木の実のランプシロを設置。物干しロープに僕の顔ありがとうだなも。隠れたヌッキーだから見えないところに置きたかったんだけど。全然見えてて大丈夫。ここからじゃ全然見えないわね。空いてるところにキノコのスクリーンを置けばスピカさんのお家の周りは完成ね。それじゃあしずえさんの希望通り岬の飾り付けもやってしまうわよ。私だけじゃなくて見てる皆さんも楽しみにしてると思いますよ。まずは土定番の灯台を岬の一番先端に設置。収納に余ってたんだな。灯台をわざわざ注文できるほど私のマイルに余力はございません。なのでマイル家具は少なめよ。ハリボテの木焼きバージョンを並べたら前に丸太の柵と、素朴な木製の柵ホワイトバージョンを交互に立てて、そして森といえばこれ丸太のベンチを設置。白樺リメイクだな。間に街灯を置いてみようと思ったんだけど、やっぱり今回はキノコのランプだよな。はい、岬は可愛く飾れました。いよいよ手前の砂浜ですねレイムさん。しずえさん随分と嬉しそうね。レイムさんが砂浜を綺麗に飾ってる様子を見るの気持ちいいんですもの。そうなの？いつもマリサさんに期待してるんですけど全然飾ってくれないのが寂しくて。私もそれなりに飾り付けしてるんだけど動画にするほどのものじゃないからカットしてるんだぜ。カットしなくていいレベルのものを作りなさいよね。レイムさん、このマイデザインの貼り方キノコの森の入り口と全く同じですけど。この砂浜もキノコの森の入り口と同じ古いお城跡という設定なんだもの。でもあまりワンパターンだとカットに。しずえさんに喜んでもらえるように美味しいものをたくさん使うからカットはやめて。はい、それなら問題ありませんよねマリサさん。あ、そうだな。それでは美味しそうな家具の代表例石窯を2つ作るわね。なんだピザ屋さんを作るつもりか。今ピザだけじゃないわよ。
今日は白い家具がお気に入りだからホワイトにリメイク。リメイクカラーによって中のピザが違うのが驚きだよな。何色が何ピザなのかわからないから知ってる方がいれば教えてほしいわね。あ、かまどキッチンじゃないか。これ DIY 家具っぽく見えるけど売ってる家具なのよね。石窯の前にカウンター席を作りたいからアイアンウッドカップボードを2個 DIY するわよ。カウンターテーブルだけじゃダメなのか？食べ物以外も色々置きたいから今回はこれとカウンターテーブルを組み合わせるつもりよ。なるほど。カウンターテーブル収納に一つしかなかった。ご注文お待ちしてるだなも。イストレジカウンター持っていようとしたんだけど。作っちゃったからいらないわ。でもどう転んでも作れないアンティークなレジは注文するわね。レイム珍しいものを買うんだな。エスプレッソメーカーってリアルでは見たことないんだけど使いやすいのかしらね。収納にあったカントリーなキッチンを置いてと、そこにエスプレッソメーカーを置きたかったのか。ちょっと待って料理の材料は今持ってないのよ。間違ってキッチン触っちゃうのはあるあるだよな。それでは皆さんお待たせしましたお料理のコーナー。ピザだけじゃなくて何も売るんだな。ピザだけにしようと思ったけど材料がなくて。車エビは確かに入手困難だよな。なんかピザが食べたくなってきたわ。そんなところで休憩してる場合じゃないぞ。それじゃあ奥はいろいろ小物を乗せるわね。北条の角じゃないか。これめっちゃ好きな家具なのよね。それじゃあ次、テーブル席に使う家具の準備をするわよ。やっぱりサンクスギビング系の家具を使うのか。DIY でこのクオリティの家具が作れるのよ。注文しなくていいのが最強だよな。そして再びお料理のお時間。キノコ料理尽くしじゃないか。残念だけど全部キノコ料理にするわけにはいかないわ。そうですねお肉料理も。しずえさんお肉料理はね、ちゃんとわかってますよレイムさん。お肉料理が私の心の中で楽しみます。私がって一体何を言いかけたのやら。サンクスギビングなチェアいっぱい作ったな。全部で8脚？これ買うとなるとめちゃくちゃ面倒だから助かるわ。いよいよ砂浜の飾り付けも大詰めだぜ。砂浜の飾り付けもやり始めれば楽しいかも。そう初めの一歩を踏み出すのが大変なんだよな。マリサに言われても説得力皆無よ。仕上げに入り口に素朴なパーティライトを飾っておくわよ。レイムさんまだ完成ではありませんよ。スピカさんのお家のリフォームがまだあるわね。楽しみだなレイムの作るキノコ部屋。まず壁紙と床をキノコのやつに。マリサスピカさんのお家キノコ部屋にするのもったいなくない？どういうこと？だってキノコ部屋にしたらゲームができなくなっちゃうじゃない。ゲームができなくなるのはダメだな。なのでまずは壁を白いペイントウッド、アクセントで夜景の壁を使うわね。なんでこうしたんだ？大人気配信者はタワマンに住んでるらしいからね。そうなんだな。なのでスピカさんは大人気配信者という設定で、窓ガラスにテレビがかかってるのは変だからローボードの上に置ける液晶テレビに変更してと。家具の色はブルーに統一するつもりだな。スピカさんのイメージカラーを大事にして部屋を飾っていくわね。リングライトを乗せる良さげな台が見当たらなかったので木製のサイドテーブルを使うわね。実写系の配信者さんってそんな道具が必要なんだな。ワイプで映るからね身だしなみも重要で大変そうね。なんでサイドテーブルを裏向けに？ライブ配信って寝ずにやってるイメージだからエナジードリンクをたくさん飲んでそうでしょ？だからパソコンのすぐ近くに冷蔵庫ということか。でもあつ森にエナジードリンクがないから今回はパック飲料を上に乗せておくわ。エナドリよりもグレープ味のジュースの方が好きかも。お次はこのカラーボックスもちろんゲームソフトがいっぱい並んでる設定だから、心の目で見ないとな。そしてもちろんスイッチを置いておかなくっちゃ。それは絶対必要だぜ。テレビのスペースにはこのブルーハートのラグを敷いて、クッションをここに。なるほど座って遊べるスペースなんだな。寝転んで遊んでもいいわよ。スイッチ2台持ちか。ウプ主は3台使ってるので2台持ちくらい珍しくないのだ。まあライトは持ってないんだけどな。ライトじゃ撮影できないからね。ちゃんと眠れるようにベッドを置いてあげないとね。もしかしてスピカさんの部屋もともとベッドがなかったのか？そうなのよ。なので寝る間も惜しんでゲームしてたんでしょうね。不健康すぎるぜ。だからカーテンパーテーションで区切って寝るスペースを確保よ。星柄のカーテンかわいいな。いい夢が見られるようにベッドの隣には夢かわなシェルフを置いてと、上にはタブレット端末を。それって寝る前に動画を見まくって眠れないと思うけど。それはマリサの意志が弱いだけ。今はこういう便利なアプリもあるんだからね。ダウンロードすらしてないぜ。カーテンパーテーションをコピーして右側にも置いてと、でっかい冷蔵庫を角に設置。配信してるとお腹が減りそうだものな。入ってるものは基本調理のいらないもの。食べるものはウーバーさんとかに届けてもらってる設定よ。だからだらしないキッチンを設置したわけか。レイムさん本当に大人気配信者さんってそんな生活をされてるんですか？そう苦情が来たら大変なことになるぞ。もちろん知らないから妄想で語ってるだけよ。そうなんですね。でもウーバーさんが届けに来る演出はライブ配信でたまに見かけるから、私の妄想もあながち間違ってないと思うんだけどね。大人気配信者になれば毎日ウーバーさんを頼めるのか？どうやらマリサは大人気配信者に興味津々ね。だって大人気配信者になればこの面倒なゆっくり実況の編集をせずに、毎日美味しいご飯が食べられるんだろ？こらゆっくり実況から逃げようとするな。だって最近編集が進まなくてなかなか動画が出せないんだもん。最近動画の投稿ペースが遅くて本当に申し訳ないのだ。
投稿ペースがスローだけどこれからもよろしくだぜ。それはそうととうとう飾るものに困ってそんなものを壁に？これはせっかく買ったけど外に出ないから使い道がなくて壁飾りとかした悲しい自転車よ。ちゃんと深い意味があったとは。部屋の照明は吊り下げキューブライトを星様リメイクにしてみたわ。キューブライトはマイデザインも貼れるから、みんなも色々貼り付けて楽しんでほしいぜ。というわけでお星様いっぱいの人気配信者部屋はこれにて完成。タワマンに住んでる方のお部屋はもう少し落ち着いた感じだと思うんですが、そうなのかしらね。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。残念だけど今日のお天気は最悪ね。でもレイムリス住民が遊びに来てるかもしれないじゃないか。そう？それじゃあ期待してキャンプサイトの中を覗くわね。さてリス島完成まで一歩前進できるかな？ドッキドキの再住民のくるぶしさんだぜ。キノコの森効果発揮できず。どうしたレイム？まだしまくりを続けるのか？森にぴったりな家具があるのを忘れてたから仕上げに置いてるだけよ。赤い落ち葉じゃないか。これを適当にオータムリーフのマイデザインの上に置いていけば、キノコの森完成。黄色い落ち葉もいくつか混ざってますね。色々大変だったけど作ってよかったわ。でも秋は短いからもうすぐ冬なんだが、先のことはまだ考えたくないんですが、レイムさんリス住民さんを増やさないとしまくりを進められない気がしますよ。次回は住民厳選かな？マリサマイル集めよろしくね。あ、余計なこと言うんじゃなかったぜ。リス島も半分くらい完成してるんだけど、リス住民も半分しか集まってないよな。半分しかじゃなくて半分持っていってよね。ああそうだな。でもレイムさん半分しか集まってないからしまくりが進まないんですよね。まあそうなんだけど。というわけで今の住民の皆さんはこんな感じ。やよいちゃん、ゆきみん、ビアンカ姉さん、それとカールさんにかもみさんをリス住民と入れ替えないとな。やよいちゃんとゆきみんとビアンカ姉さんはかなり苦労して仲間にしたから別れが辛いわね。島のさらなる発展のためだから仕方がないぜ。それはそうとレイムさん、マイル旅行券は十分に持ってるんですか？マリサが猫島作りの時に余ったマイル旅行券を持ってきてくれたから、それなりに収納にあるはずなんだけど、全部で69枚しかないから全然足りないかも。そこはレイムのご運でなんとかしてくれ。足りなくなったらマリサがどうにかしてくれるから問題ないわね。まあ13万マイルほど貯金があるけどなるべく消費したくないんだが。あらもしかしてカールさんにモヤモヤが？あれレイムくんちょうどよかった。何かで読んだんだけど素敵な大人になるためには出会いも別れも必要なんだって。早速お別れね。私まだカールさんの写真もらってないんだけど、カールさんはそのうちスカウトすればいいんじゃないかな。じゃあマリサカールさんを見つけたら絶対スカウトしてね。絶対という言葉が重いぜ。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。レイムこれでリス住民が来てたらマイル旅行券を消費せずに済むぜ。あ、今回は離島ガチャだけでリス住民を集めるというルールじゃないのね。キャンプサイトもリス住民集めの役に立ててくださいね。タヌキガチャはどうだなも。タヌキガチャでリス住民が来るわけないので却下。しょんぼり。さて今日のお客さんはリス住民なのか。思いっきりペンギン住民ね。ホッケーさんまたの登場お待ちしてるぜ。そうマイル旅行券が69枚だったから1枚発行して70枚にしておくわね。やっぱりキリのいい数字の方が気持ちがいいものな。本日はサンクスギビングのパーティーを開催しています。しずえさんの大好きなイベントだけどこの七面鳥を構ってるいとまはないのよ。じゃあレイムさん美味しそうな住民さんを出てきてもスカウトはしないけどね。出会えるだけで十分です。さあいよいよ地獄の離島ガチャ開始だな。地獄言うな。グッドラック。記念すべき1連目は道具が2個必要な面倒な島だぜ。道具を一つも使うこともなく誰がいるのか見えてるんだけどね。トラ住民のルーズさんだな。ルーズとはだらしないとか規律が守れないという意味なのだ。マリサ呼ばれてるわよ。私はルーズさんじゃないぞ。続きまして2連目。次はどんな住民と出会えるのかな？マリサもう1人目のリス住民が。早すぎじゃね？しかも食べ物？というかハーブの名前のミントさんね。私爽やか系の味苦手なんですが、しずえさんの好みは関係なスカウト決定。あと4人、意外と早く決まっちゃうかもな。時間に余裕がありそうだからサンクスギビングのお祭りを楽しませてもらうわね。12月13日。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。キャンプサイトにお客さんが来るまで結構日にちが経過したな。この期間もやもやも出なかったんだけど、離島ガチャをやってる時間よりももや出しの方が時間がかかるのはいつものことだぜ。お願いリス住民。あ、わし住民の橋場秀吉さん。リス住民とは似ても似つかないわね。では今日ももやもやチェック。ゆきみんはまだ桃桃糖がお気に入りのご様子だぜ。じゃあゆきみんにはもう少し桃桃糖を楽しんでもらうわね。レイムかもみさんにもやもやが。かもみさんどうしたの？実はそろそろこの島から引っ越そうかなって考えていたんです。かもみさんとのお別れはもう何度目かわからないわね。ご縁があればまた会えそうだぜ。手持ちのマイル旅行券は残り68枚。2人目のリス住民も早く仲間にできるといいな。それでは3連目参ります。今回こそ美味しそうな住民さんをお願いしますね。リス住民に美味しそうな子はいないと思うんですが、レイムさんクリスさんは美味しそうな住民だと思うだなも。私はそうは思いませんが。ちなみにタヌキは栗が大好物らしいのだ。この情報初めて知ったぜ。栗の話なんてどうでもいいわよ。オタフクソース住民の福子さんですね。確かにオタフクといえばソースなんだけどね。
続きまして4連目、来たぜ激アツの竹の島だぜー。竹の島が来たら毎回騒ぐつもりだな。あの姿はレイチェルさん。どこが激アツだったか言いなさいよね。激アツと言っても信頼度は 40% くらいだぞ。意外と確率低いかも。それでは次5連目よ。レイムさんあっさり猫住民を出すのやめてもらっていいですか？そんなこと言ったってしょうがないじゃないの。レッドテールキャットのちょいちゃんじゃないか。レッドテールキャットはこのナマズのことなのだ。知ってたし。では次6連目。迷彩柄のワニくんはもしかして、マリサと同じかくれんぼマスターのハイドさんね。私は隠れるだけじゃなくて逃げるのも得意だぞ。地雷のラじゃないの。来ましたラッキーセブンの7連目。ラッキーセブンって言葉久しぶりに聞いたかも。ゾウの里ちゃんでした。里ちゃん言うな。まあゾウの里ちゃんって言っても伝わらないかもしれないけどな。そもそも色が全然違うのだ。そこにいるのはロボットなんだけど、さすがにロボットは食べられませんね。しずえさん、私たちは食べ物を探しに来たわけじゃないのよ。レイムさん、なんかヤバそうなこと言いそうだからあんたは向こうに行ってなさい。ガチャさんの後頭部に謎の数字59が。これは何の暗号なのかしらね。検索してもわからなかったのだ。じゃあ悟空と読むことに決めよう。勝手に決めるな。それでは9連目。マリサがいる。私は断じてルーズさんではないぞ。では記念すべき10連目だな。記念すべきで決まった記憶がないんだけどね。レイム。眉毛つながり住民のカジロウさんじゃないか2人目も早く見つかって一安心。あと3人だから本当にマイル旅行券70枚以内に終わりそうだな。12月18日。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。今回こそキャンプサイトにリス住民が遊びに来てほしいところだけどどうだろうか。よろしく頼むぞ。パンダのパンタさんね。口癖はザパンダだったっけ？残念だバンブでした。全然ちゃうな。12月30日。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。リス住民がいっぱい遊びに来てくれるように、キノコの森にキャンプサイトを。この後ろ姿は悟空じゃないか。悟空じゃなくてガチャさんです。1月2日。おっと、とうとうゆきみんにモヤモヤが出ちゃったな。なぜだか急にお友達とお話ししたい気分になって、ゆきみんのお家に招待されちゃった。このゆきみの写真をどうぞお持ちください。素敵なお土産までもらえたじゃないか。1月5日。ビアンカ姉さん。私がこの島を出ていくと言ったらどうする？悲しいけどビアンカ姉さんの選択受け入れるしかないわね。そして離島ガチャ当日。それじゃあ60枚のマイル旅行券を持って、3人目の的確者を。的確者？それでは11連目。雨が降ってる激寒の竹の島ね。竹の島はちゃんと実績のある激アツの島なんだからな。マリサまたしてもゾウさんがいるんだけど、その方はゾウさんじゃなくてマンモス住民のはじめさんだぞ。出たマリサの激寒ダジャレ。では次12連目。もうアリクイさんが見えちゃってるわね。太眉アリクイ住民の桜島さんだな。柔道着を着てるイメージがあるから今日は雰囲気がかなり違うわね。桜島さんを見るといつもこれが思い浮かぶんだよな。何それ？株かな？桜島大根だぜ。そう。13連目は楽しい三段崖の島だな。ドキドキする間もなく誰なのか分かったんですが、タコ足住民のギーガーさんだぜ。確かにタコ足配線できそうな頭をしてるわね。14連目。すぐに住民が見えちゃう渦巻き島かな？オカンガルー住民のシルビア姉さんだな。お子さんの名前が気になるわね。では次15連目。後ろ姿はもしかして、猫住民じゃないかー。タマさんは何度も仲間になってるでしょ？まあそうだけど、なんで私が離島ガチャをすると猫住民が出ないんだ？そんなこと知るわけないわ。16連目。今日は激アツの竹の島に来る確率高くないか？高いから余計に熱くないように思えるわね。竹の島に来る確率って3人目来たー。マジかよレイムちゃん。レイムちゃん言うな。というわけで3人目のリス住民さんはスパークさんに決定ですね。残るマイル旅行券は54枚。あと2人だから本当に余裕を残して終わりそうだな。1月13日。本日はキャンプサイトに、宿泊のお客様が来られています。ここでリス住民が来てくれたらリーチだよな。キャンプサイトにリス住民は久しく来てないからそろそろ来てもおかしくないわよね。さあリス住民はいるのかいないのか？トムソンガゼルさんでした。1月21日。シルエットさんどうしたの？お散歩してたんだけどなんだか歩き疲れちゃって。お悩み中からこういう展開って多いよな。あなたにお土産を渡したかったの受け取ってもらえるかしら？お土産？当たり前じゃないの。シルエットの写真よ。そういえばシルエットさんの写真って。まだ持ってなかったからめちゃくちゃ嬉しいわ。ちなみに今現在の写真の数は100枚くらいだからコンプリートはまだまだ先なのよね。あと300枚は気が遠くなる数字だぜ。それじゃあシルエットさんの写真の情報を確認ね。7月3日生まれた2だ。好きな言葉は女心と南風。これは一体どういう意味なんだ？秋の空ではなくて南風だからよくわからないわね。わかる方がいればコメントで教えてほしいのだ。1月31日。とうとう弥生ちゃんが、まぶっちごめんなさい考え事をしてて、今の生活は楽しいんですけどこの島を出て新しい生活を始めるのもありかなって。弥生ちゃんは順の次にこの島にいた時間が長いかもな。一時期マリサの島に預かってもらったのもいい思い出ね。2日後。
じゃあこの54枚のマイル旅行券を握りしめて、4人目のリス住民さんをスカウトですね。では17連目4人目もサクッと仲間にしてくれよな。もちろん速攻で見つけてみせるわよ。あらまあ早速素敵な住民さんの登場ですね。博士さん危ないから早く逃げてね。次18連目。あ、つい最近までうちの島のパン屋さんで働いてた、ちゃこちゃんだな。詳しくは過去動画を見てね。19連目もうそろそろリス住民が出そうだが、残念だけど馬住民のセントアローさんがいるわよ。今からリス島から競馬場に変更。今されできるか。次、記念すべき20連目。誰がいるかな？黄色いスズメ住民がいるぞ。ピーチクパーチク姉妹のピーチクさんね。残念だけどパーチクさんとの関係は不明らしいのだ。公式設定じゃなかったのね。それでは21連目だぜ。春巻さんって毎回見かける気がするわ。言っておくが私はこっち派だからな。知らんがな。続きましてニャンニャン猫住民の期待度アップ22連目。眼鉄の兄貴がいるわよ。レイムさん猫住民じゃないからって通り越さないでくれませんか。私が探してるのは猫住民じゃなくてリス住民よ。23連目。よく見かける後ろ姿が、私の親友のジミーちゃんだな。初めて会った時は個性的だと思ったけど、見慣れたら可愛いだろ。まあそれは人それぞれかしら。24連目はドッキドキの三段崖の島だぜ。足は間違いなくクレオパトラさんね。かなり特徴があるからすぐにわかっちゃうな。まあクレオパトラとは似ても似つかないんだけどね。じゃあ元ネタが違うかもしれないぜ。25連目はお金島だなも。お金島の旅にタヌキチが出てくるからみんな気をつけてね。オーストラリア住民のアデレイドさんじゃないか。それでアデレイドはオーストラリアのどのあたり？この辺りなのだ。初めて知ったぜ。続きまして26連目。北で激アツの竹の島。期待せずに確認。残念カバ住民のオリバーソースさんだぞ。またしてもマリサのお友達ね。まあ期待度 40% だしな。桟橋にちょうどいい感じの魚影が湧いてるんだけど、桟橋にちょうどいい魚影だって？レイムゼガヒでも釣り上げるんだ。うわー。シイラが釣れれば。まあいいのが釣れたわ。ほら竹の島は激アツだろ。私が求めてるのは浪人味じゃなくてリス住民なんだけどね。続きまして27連目。これってフルーツ島だっけ？そうだな。なのでフルーツが、キングさんじゃないか。マリサの一番大好きなライオン住民ね。ライオンの中では好きな方かな。28連目激アツの竹の島ね。やっと激アツだと認めてくれたな。残念、ピッコロさんだったわ。ちなみにピッコロさんの元ネタはこちらなのだ。全く似てないぜ。楽器が熊に似てるわけないでしょうが。美味しいお肉29連目ですよ。あ、しずえさんが久しぶりに喋った。レイムやばい住民がいるぞ。あつ娘のメンバーね。あつ娘のことはみんな忘れてると思うぞ。あつ娘について知りたい方はうちのチャンネルのあつ森アニメを見てほしいのだ。それでは30連目。さあ30連目を記念で飾れるかな？無理でした。リオデジャネイロさんだな。リオはついてないわよ。じゃあ口癖がリオだったっけ？残念でした。多分サイが出てくる31連目。サイじゃなくてリスが来てほしいんだけど。レイム。マリサが興奮する理由よくわかるわ。ビアンカ姉さんじゃないか。再会できて嬉しいけどなんか複雑ね。では気を取り直して32連目。今度は猫住民のサッチさんですか？レイムさん。なんかマリサが猫住民を引くのが下手なだけな気がしてきたわ。そうなのかな？じゃあもう猫住民を狙うのやめるぜ。続きまして33連目。ラム肉さんですよね。ラムールさんよわざと間違えないでね。次も美味しい住民さんをお願いしますの34連目。ペシミチくん。もうすぐクリスマスですよね。それ以上は言わないように。35連目はみんな大好きお金島だなも。リス住民がいたらどんな島でも大好きよ。残念学校の先生住民のティーチャーさんだぞ。学校の先生住民っていうカテゴリーなんてありません。デルカサムニー36連目。サムニーはもう写真持ってるし、なんかウサ耳が見える気がするわ。誰だ？ウサギ住民。近くで確認しなくちゃね。風船ウサギのプースケさんじゃないか。ここに空気穴がついてるのが特徴なのよね。続きまして37連目。あ、かつての仲間ひのこさんね。レイムイ住民を引いたじゃないか。何せひのこさんの口癖は熱いわだからな。というわけで激アツの38連目。リス住民の足が見えるかな？あれはかなり前に見たオタックソースさんだぜ。もう激アツは信じない39連目。孫悟空が元ネタの天心さんだぜ。毎回同じこと言ってるわね。では次記念すべき40連目だ。記念すべきはちょっと期待できるかも。レイム来たんじゃねー。でっかい尻尾はまさしくリス住民。やったなレイムモンペさんだぞ。名前の由来はもちろんモンスターペアレ。このズボンに決まってるでしょうが。ですよね。さああと一人でノルマクリアよ。マイル旅行券は残り30枚あるから余裕そうだな。2月4日。もらうだけじゃ値の気が済まないしさ。この2号の写真もらってよ。2号さんの写真初ゲット。では恒例の何が書かれてるかチェックだな。7月2日生まれカニだ。シルエットさんと1日違いか。好きな言葉は早き外風のごとし。なんか聞いたことある言葉だな。行動するときには、風のように速いことが望ましいという意味の言葉なのだ。じゃあレイム早くリス住民をもう一人。はいわかりました。2月16日。
本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。よしレ夢ムこれで決めてくれて構わないぜ。最後くらいはキャンプサイトでスカウトしたいわね。さあリス住民は、大人気ヤギ住民のレムくんでした。2月24日。ゆきみんととうとうお別れの時が、今の生活は楽しいんですけどこの島を出て新しい生活を始めるのもいいかなって考えてて。またいつか会える日を楽しみに待ってるわ。ああいよいよ最後の一人をお出迎えだな。マイル旅行券は残り30枚だけど、10枚もあれば十分ね。50連以内に決めるということか。グッドラック。それでは行くわよ41連目。これはすぐに住民がわかっちゃう島かな？おっといましたわし住民のティファニーさんだな。ティファニーと聞くとこういうのが真っ先に思い浮かぶんだけど、私には無縁だからピンとこないぜ。42連目はお金島だなもう。たぬきちよかったわね。あ、タコ足配線の。続きまして43連目。そこにいるコアラちゃんもさっき見た気がするな。アデレイドさんの後頭部には特に特徴はないわね。次44連目だぜ。まさかの。今回はビアンカ姉さんのお安売りだな。野菜みたいに言うな。45連目そろそろ頼むぞレ夢ム。ああ、白熊ちゃんだわ。私練乳の使い道がいまいちわからないんだが。かき氷に使うんじゃないかな？かき氷は頭が痛くなるから食べないぜ。急いで食べるからそうなるのよ。レ夢ムもう46連目だぞ。まだまだこれからよ。おいどうなってるんだ？ナイルさんじゃないか。今回は猫住民もリス住民もよく出るわね。続きまして47連目。あつ森を始めた頃のマリサのお友達。懐かしのエイミーさんじゃないか。ってことでレイムスーパーカバカバタイムの予感が。いやいやモンキー住民のモンコさんが出たからカバカバタイムじゃないわよ。では次49連目。ガチャさん離島にも登場。とうとう50連目まで来ちゃったぞ。さあここで決めてみせるわ。住民の足が見えた時点で勝負が。なんかリスじゃない気配が。まだ諦めるな。鳥の足じゃないの。残念ですが50連以内の終わりませんでしたね。しかもデジャネイロさんはさっき見た。これで残り20枚大丈夫なのかな？大丈夫問題ないわ。それでは51連目。レイムさん羊さんがいますよ。本当にしずえさんは羊住民が大好きなんだな。はい、羊住民さんは皆さん素敵ですからね。いつかマリサに羊島でも作ってもらえば？次52連目。おっとしましまトラ住民のハリマオさんね。しまじろうといえば電話してる画像が一番に思い浮かぶぜ。本当の耳の位置はここなんじゃないかってやつね。53連目。珍しい針葉樹島だぞ。この島って何か意味があるの？珍しいだけで特に意味はなかったと思うぞ。なんじゃそら。くるぶしさん発見次行ってみよう。54連目。フルーツ島は珍しいのかな？よく見るから珍しくないんじゃね？あ、久しぶりね。小熊のグルミンさん。グルミンさんは少しの間レイムの島に住んでたな。55連目は久しぶりの。お土産にタケノコを持って帰れる竹の島ね。まあそれも大きな利点なんだけど。リス住民はいませんでした。それにしてもハンナさんおしゃれだよな。56連目来ましたお金島。モンコさんはさっき見た。それでは57連目。何の変哲もない島でいいからリス住民お願い。残念いるのはウサギさんだな。もしかして耳が長いからミミーさんなのかな？その理屈だとウサギ住民全員ミミーさんって名前になるわね。次58連目。あのふさふさの尻尾はリス住民ではなく、アリクイのアントニオ・バンデラスさんだぜ。それが本当にフルネームなの？それでは59連目。またタケノコいっぱい持って帰るわね。タケノコよりももっとホットなものを持って帰ろうぜ。ホットなものって何なのさ。誰だっけ？あの後ろ姿。正面から見たらわかったカエル住民のチョキさんよ。目の形がチョキなんだよな。見えなくもないかもね。さあレイムいよいよ60連目だぞ。そろそろ出てくれてもいいのよ。レイムさん。あ、しずえさんのお気に入り住民。鶏のアリアさんですよ。とうとう残り10枚になっちゃったが。マリサ勝負はここからよ。それでは61連目。あのカエルさん風邪ひいてるわね。レイム逆だぞ白衣を着てるからかっくんさんはお医者さんだぞ。口癖がヘクシったからやっぱり風邪をひいてるんじゃないの？じゃあ風邪をひいてるお医者さんだな。続きまして62連目。うろうまたペシミチさんですね。しずえさんペシミチくんの口癖が映ってるわよ。63連目。カンガルーのアップリケさんね。アップリケとワッペンの違いがわからないんだが。週のヘリ取りのあるワッペンをアップリケと呼ぶみたいなのだ。なるほどなるほど。 64連目。下焼さん素敵ですね。下焼はかゆくて痛いから素敵でもなんでもないぜ。65連目はお金島だなも。今回も僕のセリフを取られただなも。2024年の流行語大賞はお金島だなもに決定だな。うちのチャンネルですら流行ってないわよ。それはそうとももちさんも久しぶりの登場だぜ。笑顔が可愛すぎるわ。66連目は激アツの竹の島だから。期待できないわね。いやいやそんなこと。たっくんさんは激アツなのかしら？好きな人には刺さりそうだけどな。続きまして67連目。リス住民の足は、ワンコ住民の足が見えるな。どうやらベーグルさんのようね。元ネタはドーブル。多分ビーブルだと思うのだ。68連目。レイムもう後はないぞ。最後の1枚になるまで諦めないわ。キッズさんに島の奥まで逃げられてるじゃないか。私カンガルー住民さんには何もしませんよ。次69連目。マフィアがいるわね。マフィアじゃなくてマフィアの親分だからな。恐ろしいわね。そんなこんなでマイル旅行券もあと1枚になっちゃった。でもここで決めれば私の勝ちよ。レイム優秀の美を飾ってくれよな。あれはもしかして、ハカドッグのラッキーさんだぜ。
というわけで、マリサ助けてー。こんなこともあろうかとマイルを貯めておいて正解だったな。とりあえず30枚用意したから、これでなんとか最後の1人をスカウトしてくれ。30枚ありゃ十分よ。ありがとうねマリサ。ちなみにウプ主一人で両方の島を管理してるので、ズルじゃないというのを理解してほしいのだ。それじゃあ行くわよ71連目。バズることを夢見てるバズレイさんだな。バズレイさんの名前の由来はバズレ、じゃなくてアバズレという言葉らしいのだ。なんだって？続きまして72連目。あの細い尻尾はリス住民じゃないな。誰がいるのかな？シェリーさんじゃないか。口癖が典型的な猿住民って感じね。では73連目。雪男だ。見たことないから知らないけど本当にこんな感じなのかな？ 74連目はお金島だなも。レイムさんまで僕のセリフを。12月にぴったりの住民がいるわね。チャックさんはどっからどう見てもトナカイだよな。残念チャックさんはヘラジカなのだ。マジかよ。では75連目。今度こそクリスマスにふさわしい住民さんですよ。名前がそのまんまだからね。でもケンタッキーをケンタと言ってる人は見たことないぜ。続きまして76連目。ペーターさんも何度か仲間にしてる住民だよな。77連目。何かいいことが起こりそうな数字だけど。マリサの大好きな猫のニコバンさんが、どうしてこんなに猫住民が？知らん。78連目は激アツの。まあ何も起こらないんでしょうけど。いやいや本当に竹の島は暑いんだってば。メソメソのナッキーちゃん。うちの島の初期メンバー懐かしいぜ。79連目。レイムさくらんぼを拾ってる場合じゃないぞ。だってもういつものメンバーのビビットさんが見えちゃったんだもん。なんだかんだでもう80連目ですね。さあ80連目を記念で。どうやら飾ることはできなかったようだぜ。オパールさんは宝石のように綺麗なんだけど。ちなみにオパールはこういう石なのだ。はい行きます81連目。レイム3マイル旅行券が残り20枚切ったんですけど。私だって早く終わらせたいと思ってるのよ。でもここで縁起のいい住民タッツンの登場だから。早く最後のリス住民を出してください。さて願いは叶ったのかな？ゴリラの足が見えるんですけど。達夫さんが出ると縁起がいいと言ってるのはマリサさんだけなのであまり信用しないように。次83連目。スナイルさんはさっき見た。続きまして84連目。かつて伝説になった住民の素敵な羊住民ちゃちゃまるさんですね。そういえばピエンという言葉もあまり聞かなくなったよな。それでは85連目よ。レイム、ここって84連目とは違う島だよな。なんで2連続ちゃちゃまるが出てくるのよあつ森初期の頃ならこの動画バズったかも。当時のこのチャンネルの知名度では無理だったと思いますよ。そうだな。ハロー YouTube86 連目。レイムさんまた羊さんですね。私羊さんはもうお腹いっぱいなの。レイムさん私はまだですけど。言葉選びを間違っちゃったわ。それでは87連目。タコ住民が見えるんですが、どうせなら88連目に引いて欲しかったぜ。狙って出せるわけがない。88連目はお金島。アランさんはさっき見た。89連目。さあレイムこの竹の島で決めてくれ。激アツじゃないってわかってるけど決まってほしいわね。そこに隠れてるのは仲間にして欲しそうにこっちを見てるけど。もんじゃさんって何もんじゃ？北マリサの激サムダジャレ。それでは記念すべき90連目。この足だけで誰なのかわかる住民ってすごくない？うずめさんなら手を見てもわかっちゃうぜ。レイムうずめさんで喜んでる場合じゃないぞ。別に私喜んでませんけど。大牛住民の花子さんじゃありませんか。レイムしずえさんを喜ばせてる場合じゃないぞ。別に喜ばせようと思ってないわよ。次92連目。ガチャさんはもういいっつーの。93連目。なんだかかぶりも増えてきたわね。94連目。95連目。やっと新しい住民が来たぞ。新しい住民じゃなくて求めてるのはリス住民なの。シオン姉さん懐かしいぜ。大型アップデート直後に仲間にした住民よね。レイムさんあと5枚ですよ。96連目ここからが本番。またしてもアントニオさんじゃないか。まだまだ大丈夫97連目。出たデンジャー柄の激アツ住民。激アツって言葉安売りしないでよね。もう後がないぞ98連目。ウルトラカバカバラッシュに突入しちゃったじゃないの。とうとう私が伝説を作った99連目だぜ。なんで竹の島なの？これは神様が与えてくれたチャンスだ。何がチャンスなのよ。次で最後の1枚だから大事に使ってくれよな。やってきました記念すべき100連目。あれはもしやライオン住民のメインでおなじみのグラさんね。レイムさん泣いてても解決しませんよ。それじゃあマリサ泣きの30枚をお願いするわ。泣きの1回は聞いたことあるけど30枚は聞いたことがないな。よかったですねレイムさん30枚発行可能のようで。ここまで使うのは想定外なんだが。なんとしてもその30枚で引いてみせるからね。もし無理ならどうしますか？キャンプサイト厳選に切り替えよ。さあレイム30枚発行したから大事に使ってくれよな。大丈夫心配しないで。失敗しても動画のネタになるから。編集が大変だから早く終わってほしいんだが。それじゃあ101連目いくわね。サクサクっとリス住民を引いてくれよな。あれってもしかして、お別れしてばかりの雪民じゃないの？連れて帰っちゃダメ？レイムさんダメに決まってますよ。
それでは次102連目だ。すでに見えてるんですけど、もうい、でおなじみのノルマンさんだぜ。その口癖みんな知ってるのかしら？続きまして103連目。派手なダチョウ住民が、ジュリアンさんは女性なのか男性なのか難しいところだよな。今の世の中性別なんて関係ないのよ。次104連目。おサイドン。ドサイドンみたいに言うな。105連目はお金島だなも。あれれ？今回はちゃんと言わせてもらえただなも。もうたぬきちの真似するのは来ちゃった。なんですと？それはそうと少尉さんはやっぱり少尉らしいぞ。何が言いたいのかわからないわ。106連目。ペシミニさん。はい次行くわよ。107連目。アポロさんといえばやっぱりチョコレートだよな。確かにちょっと似てるかもと思ったけどよく見ると全然似てないわよ。108連目。後頭部に星のマーク？ミラコさんの後ろ姿をちゃんと見たことなかったから知らなかったぜ。まだまだ新しい発見があるのね。109連目。おしゃれな髪型のアヒルさんがいるけど、ミランダさんの髪型は真似するのが難しそうだぜ。とうとう110連目まで来ちゃったわね。記念すべきと言いたいけど。レイムさん羊さんがいますね。あれはマリーさんに違いないわね。マリーと言って一番最初に思いつくのが。またお菓子の話ね。それでは激アツの111連目。また激アツって言ってるよ。明らかにリス住民じゃないな。困り顔の熊住民ねえやさんね。次112連目。足が見えてるけど、誰かなこの前歯はリス住民じゃないわね。正解はカバのあんこちゃんだったぜ。113連目。アデレイドさんはかなり前に見たな。114連目。アヒル住民の間で髪の毛をおしゃれにするの流行ってるのか？確かにそうかもしれないわね。115連目。マリサのお友達の宇宙戦艦ヤマトさんよ。私は黒猫のヤマトさんの方が好きなんだけどな。毎日のように何か届いてるみたいだけど大丈夫？大丈夫なわけないぞ。次116連目。可愛い住民がいると思ったら、メープルさんじゃないか。それよりも何よりもでっかい魚影が。あ、またレア物を釣り上げたな。離島ガチャ中にシイラを釣ってみたいのにな。続きまして117連目。真っ黒なハムちゃん。声が低くてびっくりしたぞ。見た瞬間ハキハキ系かなと思ったけど怖い系だったのね。118連目。しずえさんの大好きな。でもちょっと金閣さんは硬そうなので。硬いというのは性格のことかな？ 119連目。太眉熊住民。上から読んでも下から読んでも大平太だぜ。記念すべき120連目。もう何を目的にしてるのかわからなくなってきたな。ここまでリス住民が出ないのは何がいけないのかな？悪いことなんて何もないですよ。ただ前半が順調すぎただけです。もう玉砕する覚悟はできたわ。残り10枚だな。121連目。なんかあの服見たことあるぞ。ひょっとしてマリサのお友達の猫住民のジェーンさんじゃないか。だから求めてるのは猫住民じゃないって言ってるのに。122連目。2連続猫住民なんですけど。この展開、もうリス住民でないんじゃね？ 123連目。下焼さんお久しぶりです。124連目。すみさんのお友達のゆきさんだぜ。姉妹だと思ってたけど違うのね。続きまして125連目。マリサ。とうとう出たな。もうどうなることかと思ったけど、これでリス住民が揃いました。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。これでリス住民が来てたらどうするんだ？せっかくだから誰かと交代よ。ここでリス住民が来たら取れ高としては、コアラちゃんだったわね。というわけで、ミントさん、カジロウさん、スパークさんにモンペさん、そして最後にナターシャさんが加わって無事、リス島になったわね。レイムとうとう冬本番だな。見ての通りうちの島は、まだ雪が降ってないのか。雪が降るのは半年後なんだけどね。じゃあ今回は雪が降った記念として特別に冬にちなんだものを作っていいことを許可するぜ。私別に冬にちなんだものを作りたいなんて言ってないわよ。レームさんこのコメントを読んでほしいのだ。島にクリスマスイルミネーションを作ってください。お願いします。このコメント1年も前のじゃないの？そうなんだけど、去年も今年もクリスマスシーズンは南半球のレイムが島クリを担当してるだろ？そうねスケジュール的にそうなっちゃってるわね。なのでだな。クリスマスにぴったりのイルミネーションを使った島クリを私に？そういうことだぜ。ちなみに針葉樹や広葉樹ヤシの木を使うのは禁止だからな。そんなことはわかってるわよ。そういえばレイムさん次は住宅街を作ると言ってませんでしたか？そうね、せっかくだからイルミネーションいっぱいの住宅街でも作ろうかな。レイムがやる気を出してくれて安心したぜ。だって何を作ればいいのかわからなくて困ってたから何でも来いよ。大住宅街を作るのにぴったりな広さの土地が空いてるじゃないか。でもまだ7人分住民のお家を飾らなきゃならないのよ。そんなに島クリが進んでなかったとは。まだ半分くらいしか開発は進んでないかな。そして今日はこれを壊さないと。今回島クリの邪魔になっちゃうんだな。また別の場所に石の固定化をしなきゃいけないわね。でもいつやるかはわからないわ。マイデザインを消してこれで準備 OK。やっとこさ島クリ開始だな。まずは今回使うマイデザインをダウンロードね。まだ枠に余裕があるのか？多分ないと思うけど今回は特別ということで、とりあえずロードと入力して地面のマイデザインを検索。毎度おなじみのパターンだな。何かいいのが見つかるかな？レイム雪が積もってる道路のマイデザインが。こんなにありがたいマイデザインがすぐに見つかるなんて思ってもみなかったわ。というわけで道路のマイデザインだけじゃなくてこちらのタイルのマイデザインもお借りするわよ。
ってことは結構いっぱいマイデザインを借りちゃったんだな。かなり心配になるくらい借りちゃったから次回以降のしまくりがしょぼくなっちゃうかもね。それはしまくりのモチベーション低下になっちゃいそうだぜ。ここでちょっと質問に答えてほしいのだ。あつ森のモチベを保つ秘訣を教えてください。なるほどいい質問だな。しまくりは完成というゴールがあるのが一番大きなモチベーションになるんじゃないかしらね。じゃあ終われませんはどうなのだ。終われませんもとにかく早く終わらないかなと思ってやってるぞ。ということはモチベーションを保つ秘訣はゴールを目指すということですね。まあそういうことかな。じゃあゴールのない私の生活のモチベーションを保つ秘訣を教えてください。それはわからないぜ。マリサさんでも解決できない相談があるのだ。さっきからずっとそこにミントさんがいるようだな。工事したいところに住民が座っちゃうのはあるあるよね。グイグイって押せば立ち上がって移動してくれるんだけどな。まあマイデザインを貼る作業別に急いでないからそのまま座っててもらって全然構わないわ。やはり7軒分のお家を飾るから結構奥まで道路を伸ばすんだな。まだ7人のお家を飾ってないとは言ったけどここに7軒お家を飾るとは言ってないわ。ということはもしかして、ジュン君だけと、別のところに住んでもらうつもりよ。やっぱりそういうことだったのか。なのでここに住んでもらうのはリス住民6人なんだからね。6人でも結構大変な作業になりそうだぜ。さてさて、ミントさん次は釣りを始めちゃったぜ。どうやら河口がお気に入りのご様子ね。じゃあミントさんのお家は河口のすぐ近くに作ってあげるのが良さそうだな。どのあたりに誰のお家を飾るかはまだ全然決めてなかったから、希望の場所を言ってもらえるのは正直助かるわね。というわけでお家の前の歩道は縦2マスでいいかな。ミントさんの状況はまだ釣りを楽しんでるご様子ね。さてさてお家の場所を決めなくっちゃ。先に移設場所を決めちゃうのか？家具をちょっと置いてからの方が失敗がなくていいと思うんだが。そうかもしれないわね。でもちょっとタヌキ地を塗っちゃったからとりあえずこれはこれということで。それでは前から確認。ちょっと歩道からお家までの距離近くないか？このタヌキ地はなかったことに。なんか呼ばれた気がしたけどなかったことにされてるだなも。ミントさんがいなくなったので道の前デザインを塗り塗りペタペタ。それじゃあとある家具を飾りたいから収納から引っ張り出すわね。レイムさんそれを飾るのならもっといいのがあるだなも。あれはうちの可愛いリス住民には合わないので買いません。というわけで軽自動車を。軽自動車もライトがつくからイルミネーションの一部に取り入れようってことか。端っこだと目立たないから真ん中に置きたいかな。あ、ここに来てスピカさんにモヤモヤが。私つい口癖でミンミンって言っちゃうんですけど。ミンミンは島を出て行ったユキミンの口癖だったのよね。変えてあげるのが良さげかな？レイムさんその口癖は何なんですか？試しに星とハートマークだけの口癖にしたんだけど全く聞き取れないわね。というわけで改めてお家の移設場所を決めるわよ。あ、口癖はあのまま OK しちゃったのか？また口癖を変えてって言われたらちゃんと元に戻すからね。あの口癖広まらなきゃいいけど。口癖でお困りなら案内所へ相談に来てくださいね。そうかしずえさんに頼めば元通りになるんだったな。では軽自動車をここに置いてと、右側にも置いて左右対称にするんだな。とりあえず今は仮の状態だからね。お家の移設場所はもう一マス奥の方がいい気がするわね。失敗すると困るからじっくり考えてくれたまえ。ではもう一度タヌキ地を塗り塗りペタペタ。やっぱり左の方が良さそうね。もう少し広くしてもいいかもだぜ。広すぎると家具のレイアウトに困りそうだからこれくらいで無問題よ。それではちょっと獣道の前デザインを、と思ったけどないから借りなくっちゃ。今回道路の前デザインだけで10個も借りてるけど大丈夫か？大丈夫じゃなくなってから考えるわ。だってどうしても獣道の前デザインを使いたいんだもの。お気に入りの方からお借りするんだな。雪の積もった獣道をお借りしたかったけど、めちゃくちゃクオリティが高いのでこちらの3つをお借りするわね。この獣道はどこに引くのかというとね、お家同士の境界にわざわざ前デザインを使うのか？マリサー祭はねこれはただの境界線じゃないのよ。だって柵とか低木を使った境界線と変わりないじゃないか。奥にもまだ続くんだけどとりあえず今はこれで OK。収納に入ってる家具じゃどうしようもないから、ちょこっとだけお買い物。ガーデンチェアのブラックを使うんだな。なんかおかしいかな？私ガーデンシリーズは白が好きなんだよな。マリサの趣味なんて知らないわよ。あとは定番のカントリーなティーテーブルのホワイトと、ヴィンテージなスツールを注文よ。あのレイムさん大事なことを忘れてるだなも。住民さんのお家の移設がまだだったわね。あれれ？ミントさんじゃなくてナターシャさん。もちろんミントさんのお家も移設するつもりだけど。あ、黒のガーデンシリーズを選んだのはこのお家の色に合わせるつもりだったからなのか。まあそういうことね。とある冬の日。やっぱり雪化粧じゃないとしまくりができないと思ったから、タイムマシーンに乗っちまったな。久々に頭がボサボサになったわ。というわけで忘れないうちに、ミントさんのお家の移設をお願いね。いいのかレイム？まだナターシャさんのお家の移設先を確認してなかったのに。事前に入念にチェックしたから大丈夫よ。ほらほら、問題はなさそうだな。ちょっと作りたいものがあるから材料集めを。雪の結晶集めって何気に大変だよな。みんなは見つけ次第ちゃんとゲットしておくようにね。そうそう改造の兄貴にリメイクをお願いしなくっちゃ。リメイクの必要な家具ってあったっけ？このヴィンテージなスツールなんだけど注文できるのがグリーンしかなくてね。またブラックを選択なのか。やっぱりブラックを選ぶのって珍しいのかな？ヴィンテージなスツールはナチュラルとかブラウンが好きだぜ。
ミントさんのお家の移設も完了したからやっと飾り付けができるわ。2号さんがお悩み中だが。実はあたいよその島に。はい、何も見なかったことに。ここでリス住民の仲間を失うわけにはいかないものな。お家の移設場所は完璧ね。では柵選びを。やっぱり柵を使うんだな。とりあえず氷の柵と生垣かな。例によって生垣と氷の柵を交互に立てていくわね。あれれれ？獣道の上に柵を立てるんじゃなかったのか？住宅街の真ん中に道を作ってるのを海外ネキの動画で見たからちょっと取り入れてみたくてね。なるほど、確かに海外勢の島繰りは参考になるよな。とりあえず柵はこんな感じで、柵のすぐそばは芝生のマイデザインを貼っておくわよ。そこにさっき買った家具を並べていくわけか。買った家具だけじゃないわよ。そうか。当然オーナメント家具も飾るからね。結構色々収納に残ってるんだな。派手に飾りたいから雪のイルミネーションはレインボーに。私にはレインボーに見えないんだが気のせいかな。それと大きなクリスマスツリーは、ゴールド？素敵な色だなもう。ゴールドを選んだの失敗かしら。まあいいや、とりあえずツリーはここに設置。ガーデン家具を手前に並べてと。テーブルの上にアイシングプレッツェルを置けば、飾る部分はかなり狭いんだな。あまり庭が広いと奥のお家が遠くなっちゃうからね。次、ミントさんのお家は雪のイルミネーションと、手前にカントリーなティーテーブルを置いて、椅子はさっきリメイクしたヴィンテージなスツールだよな。テーブルの上に何か乗せたいけど、せっかくだからオーナメント家具から選択よ。ブルーのクリスマスキャンドル綺麗だな。本当はゴールドにしたかったけどマリサのリクエストに応えるわね。マリサさん余計なこと言わないで。歩道からお家の玄関までは石のマイデザインをペタペタ塗り塗り。レイムがマイデザイン講座を見て作ったやつだな。車は雪の地面に置くわけにはいかないからレンガのマイデザインを貼っておくわね。専用のマイデザインはお借りしないんだな。マイデザインは枠の問題でこれ以上借りれないから。せっかくだから氷の家具も使わないとね。氷のアーチはあまり使ったことがないな。マリサはこっちを使ってるイメージだものね。レイムさんも後ろ家具を。DIY 家具で十分よ。氷のアーチちょうどいいじゃないか。雪だるまも飾っちゃおうかな。三段雪だるまはカラーによって表情が違うところがポイント高いぜ。ミントさんのお家にはライトブルーを選んだわ。収納にピンクの椿の苗が残ってたから、雪だるまの奥に植えておくわよ。ナターシャさんのお家も基本的に同じような構成にするつもりなのか？マイデザインの貼り方と軽自動車、氷のアーチまでは同じにするつもりだけど、少しだけ変化を加えたいかな。なので雪だるまじゃなくてオーナメント家具を。プレゼントのイルミネーションはいっぱい飾りたくなる神アイテムだぜ。カラーは爽やかなブルーのリボンのやつを選んだわ。本当はここの奥に針葉樹を植えたいんだけど、今回もハリボテの木が大活躍しそうだぜ。この雪の積もったハリボテの木なかなか可愛いわね。その配置ちゃんと通れるのか？大丈夫、この横も空いてるから問題ないわ。ミントさんのお家にもハリボテの木を追加しておくわね。これでやっとこさ2人分のお家が完成したな。それじゃあ次、奥にも2人分のお家を、まずは適当に獣道を伸ばしていってと、たぬきちゃんのマイデザインでお家の移設場所を決めてと。レイムさっきも言ったけど先にある程度家具を置いた方がいいと思うぜ。私くらいの経験者になるとそんなことしなくても失敗しないわよ。さて前から確認、明らかに庭が狭いからお家の移設場所は一列奥に。ほら言わんこっちゃない。もう失敗しないからお家の隣に軽自動車を置くスペースを作っておいてと。みんな1台ずつ車を持つんだな。時代に逆行してるかもだけどね。あとは道も延長しておかなくっちゃ。柵は統一感を持たせるためにナターシャさん、ミントさんのお家と同じ、生垣と氷の柵を交互に並べていく構成にするわね。それはそうとここに住んでもらうリス住民はもう決めたのか？迷うことなく怖い系の2人に住んでもらうことに決めたわよ。決めた理由は？特に深い理由はないんだけどこの奥に住んでもらう住民にちょっとした役割を持たせたいから。まあ消去法かな。奥に住む2人の役割も気になるところだぜ。生垣が足りなくなっちゃった。今度はシルエットさんにモヤモヤが。どうやら私のお家に遊びに来たかったみたい。ノルディックなセーターよレイムさんの好みに合うデザインかなと思ったのよね。ノルディックなセーターがいまいちわからんけど。今のシーズンにぴったりじゃないの。ちなみにノルディックとは北欧という意味なのだ。なんか聞き覚えがあるぜ。多分以前に住んだもんから説明してもらったんでしょうね。また忘れちゃうかもしれないけどその時は説明よろしく頼むぜ。何度だって説明するのだ。こらいい加減覚えなさいよ。大家具を置くスペースにはまた芝生のマイデザインを塗ってるんだな。これでした準備は OK。次は住民のお家の移設ね。怖い系リス住民はこの2人だな。右にはスパークさんのお家を。また黒い家か。外観はリフォームせずにこのままだからね。庭に飾る家具を注文。まずは軽自動車をここに。高級車置けそうだなもうるさい。ここだけ芝生のマイデザインに張り替えてと。これで高級車は置けないわね。仕方ないだなも。そしてここにもハリボテの木を設置。そこは邪魔じゃね？家具のコントロールがうまくいかなかったわ。心配するな、私もうまくないから。それを聞いて安心したわ。注文したカウンターテーブルはここに置いてと。テーブルの両サイドに空きがあるけど、ちょうどいいのが余ってたからスパークさんのお家は可愛く飾ってあげるわ。いろんな色があるから迷いどころだな。ブルーが綺麗かも。というわけで両サイドにオーナメントのツリーを設置。テーブルの上にはウクレレと本を乗せてと。スパークさんはミュージシャンっぽいからな。
椅子はロッキンチェアに決定。今回は黒い椅子多めな気がするぜ。あとクリスマスツリーも置きたいけど、でっかいのはスペース的に置くのは無理だぜ。じゃあこのちっちゃくて可愛いやつを、カラバリはでっかいのと同じかな？ブルーにリメイクしたやつをネームプレートのところに置いちゃうわね。狭いスペースだけどなかなか可愛く飾れたじゃないか。続いてカジロウさんのお家を飾るわよ。見た目が亀有公園前住民だから可愛く飾るわけにはいかないな。亀有公園前住民って何なのさ。わかる人にだけ伝わればいいかな。軽自動車は赤色を選択。赤を選んだ理由は特になさそうだな。車の色はランダムだからね。さてさて庭をどう飾るのか迷いどころね。カジロウさんのお家を可愛く飾るのはどうかと思うしな。でもちょっとだけオーナメント家具を飾るわよ。オーナメントのガーランドをそんなところに？とりあえず車の奥に何か設置しておかないと高級車うるさいからね。続きは移設が完了してから。まずは3段雪だるまを設置。帽子の色がぴったりだな。カジロウさんは和風な住民だからお花見提灯を飾るわよ。お花見提灯もイルミネーションと言っていいのかな？私が OK と言えば OK なの。まあ誰も困らないから別にいいけどな。一応竹のベンチの上に匠ライフのキャンドルを乗せておくわね。そして仕上げにはもちろんこれ。困った時のハリボテの木発動だな。私別に困ってないんですけど、これで4軒お家を飾れたわよ。残すところあと2軒だな。それじゃあまずはここにちょっとした広場を作りたいから、可愛いレンガのマイデザインを貼っていくわよ。あ、獣道を伸ばしてそのままあと2軒お家を飾るわけじゃないんだな。さすがにそれは面白くないと思ったからね。縦の幅は7マスなんだな。ちょっと大きめの家具を飾りたいから余裕を持って7マスに設定してみたけど、スペースが足りなくなったら少し広場を大きくするかもね。後からいくらでも修正してくれよな。また道を伸ばさなくちゃ。というわけで飾りたいでっかい家具をリメイク。特大オーナメントじゃないか。パープルも魅力的だけど、お気に入りのブルーを選択よ。今回はなんだかブルー多めだな。うちの島本当は夏だから夏っぽい色を使いたくなるわけよ。さてさてオーナメントの周りを派手に飾るわね。また出たプレゼントのイルミネーション。あとトナカイさんも飾りたいわね。トナカイさんはリメイクしたことないかもな。トナカイさんはこの収納に眠ってたクリスマスなソリと組み合わせて設置よ。トナカイさんなんだか具合が悪そうな色だぜ。こらいらんこと言うな。獣道から見てもかなり目立つわね。広場の大きさもこれで大丈夫そうだな。広場にはベンチが必要だから、ガーデンベンチを4つ作ってと。アイアンガーデンベンチでも良さそうだよな。まあそれは好みの問題かな。ガーデンベンチも結構リメイクが豊富だから迷うところなんだけど、結局ネイビーを選んだわ。またしても青色じゃないか。もっともっと青色成分を取り入れたくなってきたわ。それじゃあ次、住民さんのお家を飾るわよ。随分可愛いマイデザインを使うんだな。もう新しいのを借りる余裕がないからね。なのでこちらはエイブルさんを飾るときにお借りしたマイデザインを再利用してるわ。これって車を置くスペースにも使ってたよな。可愛いからいろんなところで大活躍してくれてるわよ。いろいろ家具を置きたいからとりあえずこれで OK ということで。いろいろ家具を置く？ここだけ随分と気合が、なるほど怪獣は気合を入れないと飾れないぜ。想定してたよりもでっかいから飾るのに苦労しそうなんですが、根性でなんとか。根性論が一番嫌い。とは言ったもののなんとか飾らなくちゃね。神アイテムプレゼントの山ここで登場か。ラッピングペーパーの赤が材料というちょっと癖のある家具なのよね。ラッピングペーパーの赤は常にいくつかストックしておくのがおすすめだぜ。もっと目立つように飾りたいから氷のアーチをここに設置。氷のアーチはなんだか物足りない気がするな。だったらレイムさんしょうがないわね。今回お金をあまり使ってないから一つだけ注文してあげるわよ。毎度ありだなも。それとは別にクリスマスプレゼントを。買えませーん。と思ったけど植物パーテーションを注文してあげるわ。レイムさんありがとうございます。それと2号さんのお家の移設もお願いね。レイムさんそれって全部プレゼントじゃなくてしまくりに必要なやつですよね。今回のしまくり余計なものを置く余裕がないからね。じゃあプレゼントは諦めるので次回お年玉に期待だなも。覚えてたらあげなくもないかもね。お城の門を注文したのはいいのだけれどリメイクしないと使えないわね。ブルーはカタログに載ってなかったんだな。ブルーのお城の門マリサから借りればよかったわ。それはそうと2号さんのお家も青だったのか。ちょうどいい感じでしょ？ちなみに怪獣も青にできるんだけど、具合が悪そうに見えるから赤の使うわね。青い怪獣も素敵だと思うけどな。マリサが青い生き物は具合が悪そうって言い出したんでしょうが、マイデザインをお家の奥まで延長したわよ。そんなところに紙吹雪マシーンを置くということはただのお家ではなさそうだぜ。怪獣を置いた時点でただのお家じゃないことに気づいて欲しかったわ。というわけで2号さんのお家はおもちゃ屋さんにするつもりよ。ってことは後でお家の中をリフォームだな。リフォームは左のお家を飾り終わってからよ。レイムさんなんかツリーのイルミネーションが。置いて失敗したから無視してちょうだい。では左側もおもちゃ屋さんと同様にマイデザインを塗っちゃうわね。ということはだな、何かのお店にするつもりか。正解です。
隠してても仕方ないので答えはケーキ屋さんよ。困った時のケーキ屋さんだな。確かに困ってるからあながち否定できないわね。できれば焼肉。残念お肉は扱えないわ。6人目は当然モンペちゃんだよな。モンペちゃんはちょっとケーキ屋さん担当には合ってないかもだけど、お団子屋さんならぴったりかもだぜ。ってことでお団子屋さんじゃなかったケーキ屋さんに必要な家具を注文。ケーキショーケースは持ってるから注文しなくても OK なんだけどリメイクは必要かな？ケーキショーケースはダークウッド。レジカウンターはダークブラウンにリメイクしてと。お店の入り口に並べていくわね。ダーク系の家具は地面のマイデザインと色が全然違うからめっちゃ目立つな。色の選択は間違ってなかったわね。さりげなくウェディングケーキをサンプルケースの中に入れてるけど、一番いいケーキがあれしかなかったのよ。お次は柵代わりにウッドパーテーションを並べるわね。ウッドパーテーションは私もお気に入りのアイテムだぜ。この株麦畑の次に思ってるところに置くのが難しいかも。そして色々乗せる用のカントリーなティーテーブルはここに置いてと。色々とは言っても当然ケーキだよな。そのケーキが収納になかったから探しに行かなくっちゃ。料理するんじゃなくて探して手に入るケーキだって？ケーキを探しに行く前に足りないものを注文よ。まずは届いたものを並べてと、株を柵として使うのは贅沢だぜ。スイーツボックスはやっぱりリメイクする方がいいかな？一般的には白いのしかほとんど見ないと思うけど。じゃあ思い切ってピンクを選択。プレゼントのイルミネーションもピンクにリメイクしたからね。で、ケーキはどこにあるんだ？ケーキはポストの中に眠ってるわ。母の手作りケーキってやつか。いっぱいありすぎてどれだかわからないわね。なので適当に開けて中身を確認。残念でした。お手紙の内容が関係してるんじゃね？クリスマス仕様だったからケーキかも。残念エプロンだったな。ってことはお誕生日の手紙かな？多分それが当たりなんじゃ。正解です。母の手作りケーキも当然リメイクよ。またダークなやつを選んでるな。一つしかなかったから別のケーキを収納から引っ張り出してきたわ。アニバーサリーケーキは貴重なアイテムだったような。仕上げに雪のイルミネーションをここに置けば、お店の完成よ。いつの間にかおもちゃ屋さんのツリーが別のに置き換わってるぜ。あとは2号さんとモンペちゃんのお家をリフォームするだけ。筋トレルームからおもちゃ屋さんじゃ原型はとどめないだろうな。床は可愛いからそのままで壁紙は青いキッズルームのに変更。全く使ったことない家具を取り入れたいから。食堂模型？私も使い方が全くわからんぞ。住民さんのお家に飾るのにはちょっと大きかったかも。まあこれを中心に色々飾っていくわね。アーチの受付カウンターか。このカウンターもあまり使ったことないかも。でも商品棚は定番アイテムだぜ。おもちゃ屋さんといえばお菓子が売ってるイメージだからついつい置きたくなっちゃうわ。それとガチャガチャもいっぱい置いてるよな。じゃあマリサのリクエスト通りカプセルトイをいっぱい。いやいやレイム、別にリクエストしたわけじゃないぞ。私はただ一般論を述べたまでだぜ。じゃあ後で撤去ね。どうやらお気に召さなかったご様子だぜ。カプセルトイは上に小物が乗せられないでしょ？なるほどそれはちょっと物足りないな。部屋の中を賑やかにしたいのなら上に小物を乗せられる家具の方がいいわけよ。レイムさんまた恐竜の具合が悪そうですが、その具合の悪そうな生き物のネタどこまでこするつもりなのよ。今回の動画だけだから安心してくれ。もう恐竜は置かないからね。そのカラーボックスリメイクが、せっかくだからタヌキチのマイデザインを貼っておいたわ。なんですと？それじゃあこのガチャガチャ撤去しちゃうわよ。代わりに置くのはまたカラーボックスか。カラーボックスの中身がおもちゃのバージョンとかあればいいのにな。それならまた僕のマイデザインを貼れば。隠れたヌッキーは一つで十分だからもう貼らないわよ。しょぼーん。またここも青いおもちゃでいっぱいだな。次は入り口の壁を少しだけ飾るわね。壁紙が可愛いからそんなに飾り付けしなくても良さげだぜ。レジの奥にスペースがあるからプレゼントの山を置いてと。あ、まだレジを置いてなかった。レイムそのレジの中覗いたことあるか？ないけど、中にお金でも入ってるの？私もちゃんと見たことない。なんじゃそら。後で覗いてみてくれよな。あいわかったわ。それにしても壁もがっつり飾り付けするんだな。意外と飾りたい壁掛け家具があるのよね。特にその夢かわなウォールラップかわいいな。マリサも自宅に飾ってみれば？気が向いたら飾ってみるぜ。よしよし飾れるだけ飾ったわよ。部屋の中がいい感じにごちゃごちゃしてるぜ。それじゃあこのレジの中を覗いてみるわね。なんかわからんけどいろんな色のコインが入ってるな。それがタヌキ開発で流通してる効果だなもう。特に面白くないわね。続きましてモンペちゃんのお家を。この可愛いお部屋作り変えるのはもったいないな。そんなこと言ってられないから全部取っ替えるわね。まずは床を張り替え。クラブの床？また派手なのを選んだな。ケーキ屋さんだからね、派手に行かなくっちゃ。奥はアイスクリームショップの壁か。ケーキ屋さんの壁っていうのがあればよかったんだけど、なのでアイスクリームも売ることにするわね。私はアイスもケーキもどっちも好きだぞ。私はそんな甘いものよりも。大丈夫よしずえさん。答えなくてもみんな知ってるからね。ジンギスカン屋さんの壁とかあればいいのにな。あつ森は世界中で発売されてるのよ。そうかジンギスカン屋さんが伝わるかどうかわからないな。じゃあ言語を英語に変えた時はジンギスカンの話題は出ないってことか？それはちょっとわからないわね。他の肉料理の話題に変わってるのかもな。知ってる人がいたらコメントで教えてね。ジンギスカンの話題の間にショーケース周りができちゃった。
結構ありきたりな構成だけどど真ん中にジュークボックスを置いてるのは珍しいかも。それはね、ダイナーな壁紙を使ったからジュークボックスが合うかなと思ってね。ちゃんとそんな深い理由があったとは。マリサみたいに勢いだけで部屋を飾ってるわけじゃないのよ。勢いも大事なスパイスなんだぜ。そのスパイスはマリサに任せて私は無難な部屋作りをやっていくわね。だからまたここでもダイナーな家具を使うんだな。ダイナーな家具は外ではあまり使い道がないから、こういう時くらいは活躍させてあげてよね。確かに外よりも部屋向きな家具だな。だったらレイム別荘作りだ。そうすればダイナーな家具がもっともっと輝けると。それもマリサにお任せするわね。レイムもう別荘作りに興味がないと？だって別荘用のマイデザインをお借りするとしまくりができなくなっちゃうじゃないの。確かにそうですね。それではマリサさんダイナーなカフェとジンギスカンのお店作り楽しみにしてますよ。ジンギスカンのお店だけは無理だぜ。これにてダイナーなケーキ屋さん完成よ。部屋が狭いからかなり物足りない感じになっちゃったな。まあ住民さんのお家だからこんなもんでしょ。別荘を作ってる間にすっかり暗くなっちゃったな。イルミネーションを楽しむにはちょうどいい時間じゃないの。いいなその獣道の十字路。このアイディアを編み出した海外ネキに感謝ね。それでレイムの島はもうすぐ夏だと思うんだが、せっかく作ったんだから夏仕様に模様替えせずにこのまま残しておくことにするわね。完成したらいろんな季節が楽しめる島になっちゃいそうだな。というわけで今日も今日と手しまくりだぜ。うちのチャンネルはすでに平常運転ということなのね。何か特別なことしたいのか？レイムさんのために特別なコメントを持ってきたのだ。私頼んでないんですが、正月っぽい神社とかできれば作ってほしいです。レイムといえば神社だものな。もうしょうがないわね。それとレイムさん僕にお年玉をくれるって言ってたよね。ちゃんと覚えてたなんて。神社を作った後レイムさんが僕にお年玉をくれるそうなので、みんな最後まで見てほしいだなもう。なんか色々決まっちゃったわね。というわけでまずは神社作りなんだが、レイム雪が積もったまま島繰りしちゃうのか？うちの島南半球なんだけどせっかくだしこのままやっちゃうわね。ではこの住宅街の奥の広い土地に神社を作ることにするわ。当然今回も広葉樹、針葉樹、ヤシの木は禁止だからな。でも神社作りに必要不可欠なあれが禁止されてないから問題ないわ。それじゃあまずはマイデザインをお借りしなくっちゃね。前回借りすぎたようだけどマイデザインの枠は大丈夫なのか？大丈夫じゃないけど和風な場所を作るの今シーズン初めてだから、お借りするしかないわね。石畳で検索するんだな。いつもは海外の方の力をお借りしたいから英語で検索するんだけど、英語で石畳ってなんていうのかわからないからね。なるほどだから日本語で検索するわけか。というわけでこちらのマイデザインをお借りするわね。めっちゃ綺麗なマイデザインだな。神社の入り口はいろいろ飾りたいものがあるから広めにするわよ。飾るのは屋台とか屋台だよな。屋台のことしか頭にないのね。当然屋台以外も飾るのでお楽しみに。レイムその砂利のマイデザインは初めて見るぞ。ここは後で土のマイデザインに張り替えるので気にしないように。あ、もしかして何かミスしたな。それ以上突っ込まないでね。ちなみにここの砂利のところにはさっき言ってたあれを飾るつもりだからね。レイムの好きなようにやってくれよな。砂利のところ以外はこちらの石畳のマイデザインを貼るわよ。屋台を飾る場所は縦5マスくらいあれば十分かな？まあ狭く感じたらどんどん継ぎ足していけばいいと思うぞ。ほいほい。そう今シリーズまだ博物館を飾ってないから、博物館を神社の本殿として使うわね。ミミズクに神主は務まりません。警察に逮捕されなきゃいいな。さすがにそんな警察いないでしょ？今は何にでも警察が湧く恐ろしい時代なんだぜ。そうなのね。最近多いのが住民にモヤモヤが出てますよ。警察なんだよな。島繰りの途中だとたまにモヤモヤをスルーしちゃうことあるけどね。とりあえず石畳はこんな感じでいいかな？これだけじゃこの先どうなるのか全く予想できないぜ。では神社の定番アイテム灯籠を DIY よ。レイム収納に2個残ってるぞ。収納にあるのはリメイクしたやつだからここでは使わないの。リメイクキットくらい大量に買ってほしいだなもう。一気に大量購入できるようにしてくれたら買ってあげるわね。むっちゃ言わないで。灯籠を6個も？なんて贅沢な。素材の石なら大量に余ってるからね。それじゃああれを注文することにしますか。大鳥居は絶対必要なアイテムだよな。とりあえず一つだけまた後で買い足すわね。それと松を変えるだけ買うわよ。こういうアイテムがあるから広葉樹や針葉樹が使えなくてもどうとでもなるんだよな。鳥居を一つ置いただけで雰囲気がガラリと変わったな。まさに神アイテムね。そんでもって松は灯籠の手前に置いていくわよ。お家に隠れてほとんど見えないが、何も置かないわけにはいかないからこれはこれでいいと思ってるわ。まあ角度によっては見えるから OK かな。それじゃあ屋台を飾るんだけど新しいマイデザインはなるべく借りたくないから。でも何も貼らないわけにはいかないよな。なのでこのあさみさんからもらえるパターンから和風ながらを選択。このパターン結構使い勝手がいいんだよな。少し悩んだけどこの構わぬを貼っちゃうわよ。そうこの図柄構わぬって読むんだよな。ちなみにこの図柄の手ぬぐいが江戸時代に流行ったらしいのだ。今の時代でも流行りそうだけど、私は流行らないと思うけど。まあ考え方は人それぞれだな。何のお店にしようかな。レイムさんこれです。これ。再現できないので却下。じゃあこれだな。マイデザインをダウンロードしなくちゃならないじゃないの。私も福袋は嫌いじゃないんだけど、収納に紙袋があればの話。よかったな4つもあるじゃないか。
はいはい了解それじゃあ福袋で検索をかけてと。実は私も以前福袋のマイデザインをお借りしたことがあるんだよな。そういえばそうだったわね。レイムいいの選んだな。ではお借りしたマイデザインを紙袋に貼ってと。こうやってちゃんと見ると横が赤くないぞ。そんなこといちいち気にしてたらしまくりできないわ。屋台に乗らない分はボトルクレートに乗せるのか？怪しいお店にしたかったからあえてしょぼく見えるように飾ってみたわ。なんかここで福袋を買うのは危険な気がするぜ。お隣は別の怪しい屋台にするわね。こういうお店はいかがですか？これは高級料理だから却下。収納にある適当なおもちゃを引っ張り出してと。あった募金箱。この募金箱にタヌキチのマイデザインを貼ると怪しく見えない？募金箱、怪しくないよ可愛いよ。リズミカルに五七五で言っても可愛くないわよ。そう僕は可愛いキャラじゃなくてかっこいいキャラだっただなもう。ああそんな前向きな性格に私もなりたい。それでレイムこのおもちゃ屋さんは一体何なんだ？絶対に大当たりが出ないくじの屋台よ。なるほど募金箱はこういうやつを表現してるんだな。詐欺師の常吉の持ってる抽選ボックスが株であったら便利だったのにね。そういうアイテムって結構ある気がするぜ。かゆいところに手が届かないのがあつ森らしいといえばらしいんだけどね。それはそうと屋台の奥は河川工事しちゃうんだな。本当は木に囲まれた神社を作りたいところなんだけど。なるほど木を植えられないから代わりに池を作ろうってことか。ハリボテの木をいっぱい並べるという手もあるんだけど、あまり大きすぎると島が重くなっちゃうから、今回は池を作ってなんとかごまかすわね。ってことはこの先また河川工事に頼ることになるかもな。それじゃあ鳥居を追加購入してと。あ、使うのは一つだけじゃなかったんだな。それと和風なベンチも買っておくわね。では届いた鳥居を並べていくわよ。なるほど伏見稲荷スタイルか。さすがにこうはならないけどね。奥の鳥居は収納にいっぱい余ってる家具と組み合わせて飾ろうかな。いい家具が収納に余ってるんだな。見てこういう時のためにお花見提灯をいっぱい取っておいてよかったわ。お花見提灯は材料に桜の花びらが必要だから作るのに少し手間がかかるんだよな。なので売ったり捨てたりするのはもったいないわけよ。収納を圧迫しちゃうけど置いておく価値はあるぜ。やっぱりこの組み合わせは最強ね。あとは両サイドの柵を立てないとな。柵を立てると思った？残念ピンクの椿でした。まあ低木は禁止されてないから別に構わないんだが、島が完成した時椿が咲く季節なのかどうかだな。どうなるかは私にもわからないわ。屋台の裏にはこれも余り物のすだれの柵を立ててと。そして右側は一マスごとにすだれの柵を立てるわよ。何か挟むパターンか。間に挟む家具はこちら。竹のフロアスタンドだな。収納に余ってたのは一つだけだったからいくつか作らなきゃならないわね。代わりにアンドンでも良さそうだけどな。アンドンは注文が面倒だから今回はサクッと作れるものを選択。ちなみにリメイクカラーはスス竹だからね。そして手前には和風なベンチと、これも注文が面倒なら竹のベンチでも OK だよな。あ、そうすればよかったかな？左側が怪しい屋台だったので右側には可愛い家具を設置するわ。その広場のバルーンは本当はターメの屋台は、当然収納に余ってたやつよ。ちょっとここから見える池が寂しいから加工しなくっちゃね。でもその前に、先に階段を設置するための崖工事をするわね。博物館は2段目に飾るんだな。ちなみに階段は2つ設置するつもりよ。なんですと？それじゃあたぬきちこちらをお願いね。レイムさんこれがもしかして例のお年玉だなも？これでいいのならこれがお年玉ということにするけど。当然別で用意してくれるのなら階段はお年玉じゃない方がいいだなも。一つ目の階段はこれで OK ね。それじゃあ階段を2つくっつけて飾るために必要な家具を注文。出た階段ダンス。これをどう使うかわかんのいいみんなならお分かりかな？このままじゃ石の階段に合わないから、年代物にリメイクね。年代物はカタログに載ってなかったんだな。階段ダンスなんてほとんど使わないんだもの。マリサここの隙間ってどうするんだっけ？ホワイトの木箱を2つ重ねれば大丈夫なんじゃね？知らんけど。知らんのかい。でもなんとかこれで大丈夫そうね。それではもう一つ階段を設置よ。レイムさんがこうやってジャブジャブお金を使ってくれるなんて、やっぱりお正月は最高だなも。階段一つだけだと博物館の中心からずれちゃうからね。博物館の見栄えを良くするためにはこういう風に階段を設置せざるを得ないんだぜ。レイム、末に追加投資するんだな。追加投資っていう言い方やめなさいよね。あとは階段を上がったところに飾る鳥居も一つ追加しておくわ。それとマリサ門松を送ってほしいんだけど。任せろ。門松確かに受け取ったわ。それじゃあここの池をもう少し広げていくんだけど。楽に狭くなってませんか？もう少し黙ってみてなさいよ。いやいや黙ってるわけにはいかんぞ。ここに 3×3 の崖を作ってね。なるほどそこにさっき追加投資した松を飾ろうって魂胆だな。先に言わないでくれないかな？なんかスズランが植えられてる。まあ植えなくても勝手に咲いてくれると思うんだけどいっぱい余ってるからね。個人的になかなかいい風景だと思うんだけどどうかな？まあまあだと思うぜ。マリサの評価なんてどっちでもいいんだけどね。そう見てるみんなが喜んでくれるかどうかが重要だぜ。崖工事は島の一番奥までやるだけだからカット。続きまして左側の池もちょいっと加工するわね。また松を飾るつもりだな。さすがに同じ飾り方はできないわね。私ならやっちゃうけどな。
あ、デコイちゃんは定番アイテムじゃないか。誰も定番アイテムを飾らないとは言ってないからね。デコイちゃんと石系の家具を織り交ぜて飾ろうってことか。この手法特に珍しいものじゃないけどだだっ広い池を作った時には、簡単に雰囲気を変えられるからおすすめなのよね。でもどんな家具でも置いていいってわけじゃないから気をつけないとな。そうそう玉座なんて置くと場違い感半端ないものね。玉座を池に飾るのは逆に新しいからみんな時代の最先端を進んでほしいだなも。こら変なことを勧めるな。なかなか池が賑やかになったじゃないか。まだまだ終わらないわよ。これは困った時の滝だな。私別に困ってるから滝を作ってるわけじゃないのよ。なるべく飾る家具を少なくしたいから滝を作ってるだけ。家具を多く飾ると島が重くなっちゃうものな。でもレイムさん滝を作りすぎるのも島が重くなる原因らしいのだ。じゃあ何をしても島が重くなるじゃないの。作とか低木はそれほど負担がないように思うぞ。それとマイデザインも安心安全ね。お、ここにも石畳のマイデザインを使うんだな。この紙マイデザイン有能だから新しいのを借りなくても大丈夫なわけよ。それでは灯籠を階段を上がったところに置いてと、これが収納に余ってたやつだな。鳥居は当然ど真ん中に設置。私が送った門松はここに飾るんだな。これで一気にお正月って感じになったわね。でもすぐに片付けないといけないけどな。そんな先のことは考えたくないわ。そうか冬休みが終わる頃かな。片付けるのは、冬休みって意外と短いのよ。なんかしれっと獅子おどしを追加したな。獅子おどしの飾り方間違ってないかちょっと心配。霊夢も逮捕されればいいのに。なんてこと言うの。さてこれで準備は整ったわ。それでは博物館の移設場所を決めるとしますか。一応これが今回の動画のメインだものな。メインは僕へのお年玉だよね。その企画本当に見たい人がいるのかしら。博物館の場所はこれで完璧ね。鳥居から博物館までの道にもちゃんとマイデザインを塗ってね。横幅は3マスだけしか塗らないんだな。ちょっと飾りたい家具があるから横幅は3マスだけなの。何も塗らない場所に置くといえば松だな。また先に言われちゃった。でもこの松は縦に飾ります。これはまさかの展開だぜ。木製の物置が邪魔ね。なるほど木が植えられないから松を使って鬱蒼とした森を演出するんだな。そんな大層なものではないわ。もうこれ以上松は置けそうにないからここの道にはお花見提灯を飾っておくわね。また出たお花見提灯あれなんか色が違うぞ。同じ色のばかり使ってもあれだからリメイクしたやつを引っ張り出してきたわ。私にも分けてほしいぞ。右側にも石畳のマイデザインを塗っていくわね。ここは何ができるのか全く想像がつかないな。マリサが予想できるのは松を使うことくらいだものね。いやいやレイム私が予想できるのは松だけじゃないぞ。そこに崖を作ってるということは階段を設置するつもりだな。それって誰にでも予想可能だと思うけどね。というわけでまた石の階段を選択。レイムなんかずれてないか？狭いところだからこうなってしまったけど、後で家具を置いてごまかすから問題ないわ。失敗してたら作り直してあげるからね。作り直しだけはご勘弁。では泣く必要なマイル家具を注文よ。レイムもしかしてパーゴラを持ってないのか？マリサ持ってるの？持ってるわけない。残念無念。今日は改造の兄貴地味に活躍してるな。まずは収納にあった東屋をリメイク。東屋はあったのにパーゴラはなかったのか。バリエーションは苔に決めた。せっかくだからパーゴラもリメイクしたいわね。目的がわからんからなんとも言い難いな。ちょっと地味だけど IB をチョイス。それでは東屋を飾るところにマイデザインを貼ってと。これってレストランを作った時にお借りしたマイデザインだよな。レストラン作り懐かしいわね。さっきリメイクした東屋を設置。マイデザインほとんど見えなくなっちゃうな。でも何も塗らないわけにもいかないからね。続きまして一番上の段に草地のマイデザインを貼っていくわよ。あれれれ？一番上の段は石畳じゃないんだな。ほらもう何ができるのか予想できなくなったでしょ？わかりましたレイムさん。これですねこれ。そんな念押しされても神社で BBQ はできないわね。この上の段はタヌキチの。何々レイムさん。とうとう僕のお年玉を。そう慌てなさんな。はい今日はおとなしく松だなも。まずは下の段の東屋を飾るための屋台をリメイク。またあさみさんからもらえるパターンを使うんだな。今日はもう新しいマイデザインはお借りできないんだもの。屋台の上にはありがたいアイテムを並べておくわよ。本？なんだその本は？御朱印帳よ。なるほどこれはありがたいぜ。手前には休憩用のベンチを置くのが良さそうね。なのでこれを用意してきたわ。とうとう和風なベンチを注文するのをやめた。ここには竹のベンチが一番似合うと思っただけなんだからね。続きまして一番上の段の飾り付け。パーゴラとうとう出たな。ちょっとマリサありがたい虫かごを一つ分けてほしいんだけど。お賽銭箱代わりに重宝するアイテムだけど、一番上の段にも神社を作るつもりなんだな。それはそうとこの手紙は一体？ただの入力ミスだから気にしないでくれよな。了解。というわけでここに作るのはタヌキ神社なんだけど、神社の中が丸見えじゃないか。本当はシンプルなパネルを立てて中を見えないようにしたいんだけど、階段を撤去しなきゃシンプルなパネルが立てられないじゃないの。たぬき神社のためにわざわざ階段を作り直してくれるんだなもね。レイムさん感動しただなも。こら感動するな。皆さんこうならないためにもしまくりは計画的に。そうだぞレイム。マリサなんか頻繁に失敗してるじゃないの。
ここの崖を一マス追加してと。なるほどなるほど。届いたシンプルなパネルを横板張りにリメイク。レイムさん先に階段を作った方が。もう失敗したくないから後回し。失敗しても作り直してあげるだなも。ただじゃないのに作り直したくないわよ。あとはありがたい虫かごをギリギリだけどちゃんと置けたな。それじゃあたぬきちへのお年玉を作ってあげるわ。レイムさんたぬき神社はお年玉と関係ないって言ってたよね。ちゃんと覚えていたとは。なのでみんなレイムさんが僕に何をくれるのか期待しててね。あっと驚くものが飛び出すかもしれないだなも。あまり期待されすぎても困るから期待感を煽るのもほどほどにね。それにしても色々飾った割にはたぬき神社の仕上がりは地味だな。知る人ぞ知る隠れたパワースポットという設定にしておくわね。よしこれで階段を設置しても大丈夫ね。これからは失敗しないようにしてくださいね。失敗はしまくりにつきものだから気にするなって。マリサはたぬきちの味方なのね。たぬき神社の仕上がりが地味だったから麦畑でも飾ってみようかな。麦畑も困った時に役に立つ神アイテムだぜ。レイムさんが誤って神社にお墓を飾ったのでカットなのだ。次の日、たぬきちのお年玉が届いたから飾っていくわね。麦畑がお年玉なんてひどいだなも。冗談に決まってるじゃないの。来ただなも。大サービスで10台買おうと思ってるから一気に300万ベル？これは思い切ったな。それじゃあきちんと購入するところをお見せしていくわね。レイム涙目だぞ。大丈夫か？これは嬉し涙です。とうとうレイムさんがお金を使う喜びに目覚めただなも。それはそうとレイム、カタログに載ってる高級車のバリエーションは2つだけなんだな。だって私高級車をあまり使わないんだもん。ってことなので5台注文したわ。で、レイムさんこの高級車で何をしてくれるんだなも。まあこれを作るしかないんだけど、みんなは駐車場期待してないだろうから公園も作るのでそっちを楽しみにしてね。お年玉をもらえるんだから何も文句ないだなも。ちゃんと私の買った高級車が届いてるわよ。お年玉やったぜ。では駐車場には道路に貼ったマイデザインを使うわね。もう枠が足りないから節約は仕方ないな。ベタ塗りになっちゃうけど高級車のパワーでなんとかなるでしょ。リメイクするのもったいないからそのまま飾っていくわよ。本当はいろんな色の高級車を飾ってほしいけど、リメイクしても改造さんが儲かるだけだから全然問題ないだなも。まあそう言うと思ったわ。それにしてもこれで150万ベルなんだかあっけないわね。高級車に彩りがあった方がいいと思うからレイムあと3台私の島に取りに来てくれよな。マリサさんからもお年玉だなも。お金使いすぎなくて助かったわ。レイムさん余った分も使ってほしいだなも。それは嫌だなも。断られた。ではマリサからのお年玉飾っていくわよ。お金が余ってるのならリメイクしたらどうかな？じゃあそうするわね。1万2000ベルだからそれほど高くないしな。私にとっては十分お高い金額よ。なので2台だけリメイクしてきたわ。素晴らしいだなも。可愛く仕上げたいから公園との仕切りはマリサ大好きウッドパーテーションよ。やっぱ神アイテムだよな。ウッドパーテーションは足りないから後で注文。駐車場と道路の仕切りに花壇を使うのか？もったいないけど収納に3個あったからね。あと1つはお取り寄せしなきゃならないわ。1つ2000マイルは地味にお高いぜ。あとどうしても公園に飾りたい家具もお取り寄せ。レイムの島のジャングルジム可愛いな。結局5000マイルも使っちゃった。ウッドパーテーションを注文してと。あとボールも飾りたいんだけど、ドッジボールとバスケットボールしかないのね。正直公園に置くのは微妙だけどリメイクパターンがいくつかあったと思うぜ。でもバスケットボールのまま使ってみたいかも。なんか嫌な予感がするだなも。マリサバスケットボールがカタログに載ってないから送ってちょうだいね。キャプテン。それでは足りなかった家具を並べてと。こう見るとウッドパーテーションだけは禁止にしたくないよな。じゃあ次回マリサのしまくりでは禁止で。お断りでござる。公園に塗るマイデザインは毎度おなじみの草地のマイデザインだな。このちょっぴりお花の咲いたマイデザインと組み合わせて貼れば、どこにだって貼れるから大助かりよ。それでは次バスケットボールをここに設置。レイムさんそこに設置するのはまずいと思うだなも。そうね。草地の上ではバスケットボールをドリブルするのは難しいものね。ってことなので駐車場に貼ったマイデザインを下まで延長。レイムさんそういう意味じゃなくってね。駐車場のすぐそばでバスケットボールをプレイするのはいかがなものかと思うだなも。なんですってレイムウッドパーテーションをフェンスに変えればいいんじゃね？初めて作ったバスケットコートがボツになるところだったわ。フェンスを使うならよしとするだなも。せっかく買ったウッドパーテーションを使わないのはもったいないから、公園の一番手前に並べておくわよ。どこにでも使えるから無理にここに置かなくても大丈夫だぞ。公園が可愛くなるからこれでいいの。それじゃあフェンスを注文なんだけど、カラーバリエーションが豊富だから迷いどころだぜ。ここはオーソドックスな白を選択。足りないから匠ライフでも注文よ。公園を作るだけなのにめちゃくちゃ時間がかかっちゃうわね。家具を注文するのが結構手間なんだよな。DIY 家具だけで公園を作ると地味になっちゃうから時間をかけて作るだけのことはあると思いたいわ。それにしても家具を設置するコントロールが相変わらずだな。薄っぺらい家具って本当にコントロールが難しいわね。はいこれで OK。レイムさんこれなら問題ないだなも。喜んでもらえて何よりよ。もう家具は注文したくないから手持ちのものでどうにかするわね。公園の柵？なんか普通だな。普通の何が悪いというのよ。ジャングルジムは目立つ場所に置きたいからここに設置。
実は注文してた手洗い場と、マウンテンバイクも注文してたよな。2つしか買ってないから、追加注文しなくっちゃね。まだまだ買い物は終わらないな。さすがに申し上げたいからこれ以上は買い物したくないわね。買い物せずに公園を飾るアイテムといえばだな。タイヤの遊具なんかがおすすめだぜ。うちの島美しい島条例だから、結構ゴミが溜まってるじゃないか。まさかあんなにいっぱい収納に眠ってるとは思ってなかったわ。それはそうとゴミでも何でも取っておいてよかったな。で、このタイヤの遊具も結構空張りが豊富だったわね。全色作っちゃいなよ。マリサのリクエスト通り黒以外全部使うことにするわね。私は提案しただけで別にリクエストしたわけじゃ。早速スパークさんに気に入ってもらえたご様子。タイヤの遊具飾ってよかったな。もう飽きちゃったみたいね。あとは自転車が届くのを待つだけね。でもちょっとその前に困った時のワンコ登場か。母のぬいぐるみって意外と役に立つのよね。よしこれで OK。これで公園は完成よ。レイムいつの間に着替えたんだ？今さっき着替えてきたわ。誰も参考にしないと思うけど一応駐車場も別に参考にしなくていいから高級車をいっぱい買ってほしいだなも。それじゃあ神社もみんなに見てもらおうかな。やっぱ鳥居をいっぱい並べると映えるぜ。それはそうと私もお年玉が欲しいんだけど、レイムにお年玉をあげたい人は高評価ボタンを押してくれよな。みんなよろしくお願いね。なんか違う気がするけど。みんなはお年玉で何を買ったかな？ぜひコメントで教えてほしいぜ。レイム今回で島を完成させてくれよな。いきなりそんな無茶言わないでよね。そうか何を作るのかまだ全然決まってないってことか。ちょっと待った出た久しぶりのちょっと待った。エムさんが神社にお墓を置いたからコメントが大炎上なのだ。どうして撮影中に指摘してくれなかったの？かなり昔に港川神社で楠木正成公の墓参りをしたという記憶があったから。二人とも言い訳は見苦しいのだ。私、責任を取って巫女を引退します。なのでお姫様に転職しまーす。お姫様って転職してなれるものなのでしょうか？お姫様になれるかどうかは生まれながらに決まってそうだが。というわけで最終回はお姫様にふさわしいお城を作ることにするわね。でも何を作るか決まったからこれはこれでよかったのかもしれないぜ。それではお城を作る場所を確保しないといけないから淳くんのお家を。王子様のようなキラキラお目目だな。外にいる淳くんは普通の格好なのはどういうこと？謎については深く考えずに必要な家具を注文しておくわね。お城作りだから家具集めに結構日数がかかっちまいそうだぜ。レイムさんなぜゆえに中世の街並みを注文するだなも。お城といえばこれだよね。それは後で注文するから少し待ってなさいよね。お姫様レイムさんがいっぱいお金を使ってくれること楽しみにしてるだなも。任せなさい。さあお城しまくりを始めるわよ。ここからお城まで一直線の道を作りたいから、階段の設置をお願いするわね。レイムさん早速お高い階段の依頼ありがとうだなも。白い板のスロープを選択。ちょっとお姫様、階段と言っておきながらスロープを選ぶのはおかしいだなも。だってこの通り見えないからスロープで十分なんだもの。僕はまだレイムさんをお姫様として認められないだなも。別に構わないわ。さて次は道の前デザインをダウンロード。最終回だから思う存分お借りできそうだな。だからといって開始早々いっぱいダウンロードするわけにはいかないのよね。ストーンなんて検索するんだ？ Stone Path で検索よ。結構いっぱいマイデザインが検索に引っかかったな。よりどり緑だから迷っちゃいそうだけど、今まで使ったことのないタイプの小道のマイデザインをお借りしたいわね。可愛いの見つけちゃった。可愛いしオリジナリティ溢れるマイデザインだぜ。贅沢に9個お借りしたわよ。それではマイデザインを塗っていくわけなんだけど、お城に続く道は調節しながら伸ばしていくわね。何か飾り付けをするためかな？何を飾るのかはすぐにわかると思うわよ。横の道は突き当たりまで伸ばしておくわね。突き当たりまでそこそこ距離があるからかなり大きめなお城が完成しそうだな。あまり土地が広いと飾るのが大変なんだけどまあしょうがないわね。道の両端には柵を立てたいから縁取り用のマイデザインを貼っていくわね。縁取りがあるのとないのとでは印象がガラリと変わるから、道に縁取りをしたことがないよという人は一度試してみるのをおすすめするぜ。じゃあ次は道の周りに貼るマイデザインをお借りするわよ。マイデザインを見たら何を飾るのかすぐにわかると思うんだけど、水のマイデザインということは川を作るつもりだな。このタイプの水のマイデザイン使ったことないから、こちらのマイデザインをお借りするわね。この色の水のマイデザインは使いこなすのが難しい気がするけどな。私くらいの熟練者になればこういうちょっと変わったマイデザインの方が、と思ったけどこちらの水のマイデザインに変更するわ。何事もチャレンジするのは大事だと思うけど、無理だと思ったら諦めることも大事だと思うぞ。しまくりは無理なく楽しくやるのが一番ね。水のマイデザインを塗るとこんな感じ。お城のそばを流れる川といえば、それはたぬきちの勝手な妄想です。妄想が実現すればいいのになだなも。とりあえずここの角にある長い塔を設置してと、収納にいっぱい余ってるやつだな。柵は一つ置きに変えていくいつものパターンで立てるわね。今回は生垣と何を組み合わせるのかな？洋風な柵を選んでみたわ。やっぱりお城だと洋風な柵を使いたくなるよな。当然右側も同じように柵を立てるからね。
真ん中の道の柵はちょっと工夫したいからまた後で。それじゃあたぬきちにお年玉としてあげるつもりだったお金を下ろしてと。そうか私が高級車を持ってきたから300万ベル全額使わなかったのか。この水辺に飾る、ヨットを4艘注文するわよ。4艘だなも。水辺の広さを考えると4艘置くのが限界なのよね。了解だなも。そして水辺といえばこのアイテム。水辺以外でも大活躍の麦畑だな。1個じゃ足りないから匠ライフでも注文よ。届いた家具をポケットに詰め込んでと。まずはヨットから水辺に並べていくんだけど、下の部分を見せたくないからなるべく手前の柵にくっつけて設置。でもそれだと窮屈になっちゃいそうだが、ちゃんと奥にも設置するわよ。奥のヨットは車輪が丸見えだぞ。ここでヨットと一緒に注文した麦畑が生きてくるわけよ。なるほど麦畑でヨットの下を隠しちゃうってことか。左側も同じようにヨットを設置よ。ちょっとスロープの上からどう見えるのか確認。私たちの顔がかなり邪魔だな。みんなは夢見で遊びに来た時にどう見えるのか楽しんでね。どこかに私たちの顔の映ってない画像をアップするのがいいかもしれないぜ。麦畑はこれで OK。もう少し水辺を飾りたいんだけど、水辺を手っ取り早く飾るのならデコイちゃんがおすすめだぜ。アヒルのおもちゃもいいんだけど注文が面倒なのでパス。今のシーズン近くの池でよく見かけるマガモにリメイクするわね。そう鴨鍋が美味しい季節ですよね。何言ってるのしずえさんって突っ込みたいとこだけど、この参考画像本当に美味しそうに見えるよな。皆さんもぜひ鴨鍋をお召し上がりください。いいなこの V 字に並んで泳いでる姿。よく使われてる手法かもしれないけどね。水辺の広さはこんなもので OK でしょ。それじゃあ水辺の奥も縁取りしてしまうわね。いよいよお城作り本番ってところかな。今の段階じゃ全くお城って感じがしないものね。ここから島の一番奥まで崖工事をしちゃうわね。島の奥まで結構な距離があると思うんだが。なので崖工事は少しずつ進めていくわ。そうだな崖工事をずっとやってると虚無感を覚えるものな。そろそろこんなもんでいいかしら。レイムさん。まだ4列しか崖工事してませんよ。だってもう疲れちゃった。私なんて来る日もずっと案内所で。しずえさん、よく頑張ってるわね。私の島栗はゆるいものだと思ってくれるとありがたいかな。ここの道の両サイドに中世の街並みを使うつもりだったのか。本当はお城の壁を使うべきかもだけど中世の街並みで十分。中世の街並みを置くとなんだか道に圧迫感が出ちゃうな。ここの崖縦一列削った方が良さそうね。右側も同じくだな。道の縁取りのマイデザインも塗ってと。中世の街並みを置き直し。なんだかさっきよりも明るく感じるぜ。よし道の広さはこれで OK ね。右側にも中世の街並みを並べてと。道は階段を設置するところまで伸ばしておくわね。本当に階段だなも。お城に安いスロープを作るわけにはいかないでしょ。すでにレイムさんからプリンセスのオーラが。おだてたって何も出ないんだからね。これで階段を作る準備は整ったわ。今回は失敗のないように。私プリンセスだから失敗しても平気よ。案内所に来たついでに必要なマイル家具を注文しておくわね。お城にはマイル家具が合いそうだけど、この丸いトピアリーがどうしても必要なのよね。2400マイルは少々お高いよな。それじゃあたぬきち石の階段をお願いするわ。レンガの階段を期待してたのに。勝手に期待されても困るんですが。しょんぼり。でもお城作りはここからが本番なんだからね。ちゃんと階段の横にもマイデザインを塗ってね。西洋の街並みも並べてと。続きは階段ができてからだな。まだまだ崖工事をしなくちゃならないわね。そうここに置く柵代わりの家具を注文しなくっちゃ。そういえば何も立ててなかったな。柵代わりの家具といえばやっぱこれでしょ。手すりを柵代わりに使うのも結構流行りの手法だよな。流行りでも何でも好きなようにやらせてもらうわよ。それとたぬきち。レイムさん待ってました。とりあえずお城の門は2つでいいかな。2つも買ってくれたら十分だなも。丸いトピアリーはここに設置してね。手前から見ると崖と中世の街並みの隙間を隠すために置いたんだな。そういうこと。それじゃあ次は真ん中に柵、じゃなかった手すりを設置していくわね。手すりは薄い家具だから今日もまた設置に苦労しているご様子だな。本当にもどかしいわね。これはもう練習が必要だぜ。練習？そんなのしたくないわね。こんな感じで真ん中に一マス隙間ができたから。いいなその三角トピアリー。三角トピアリーは収納にそこそこ余ってたのよね。階段の両サイドには丸い街灯を並べてと、手前には素朴なパーティライトを設置。マイル家具のオンパレードだな。在庫をガンガン使っていくわよ。園芸ワゴンを DIY して。園芸ワゴンは適当に置いてもおしゃれに見える神アイテムなんだよな。なので私も結構頼っちゃうわね。今回はあまり使ったことのないダークブラウンにリメイク。レイムはいつもホワイトを飾ってるイメージだぜ。今回はダークブラウンが目立つと思ったのよね。なるほど。あとは滅場車を置きたいけど持ってないから注文しなくちゃ。意外とスクーターも合うかもしれないぞ。あ、もう手遅れよ。続きまして滝の工事を少々。2マスごとということはもしかして。とうとうこれを飾る時が来ただなも。たぬきち、考えが浅いわね。なんですと。滝の流れ落ちるところは水の舞デザインに張り替えてと。遺跡のアーチを DIY して飾ります。もしかしてお金節約だなも。ちょっと古いお城というのを演出したかっただけよ。いっぱい並べるから注文するのが面倒とかじゃないんだからね。そうか左側も同じように飾るとなるとな。全部で8個も必要だから注文にめちゃくちゃ時間がかかっちゃうわけよ。面倒くさがりのお姫様だなも。どう？
これで古いお城って感じが出たかな？古いお城よりも新しいお城がいいだなも。それじゃあたぬきちのご希望通りお城の門を飾る場所を作ろうじゃないの。待ってました。ってことはとうとう島の奥まで崖工事をする覚悟ができたんだな。疲れたから途中で中断しました。階段を上がったところに広場を作りたいから、さっきお借りした道の前デザインを正方形に貼れる範囲だけ崖工事しておけば。レイムさん崖が足りてませんよ。マリサ何を言っているの？ちゃんと正方形に前デザインを貼れるでしょ？まるでイリュージョンだぜ。お城家具を置く場所に縁取りをしてと、縁取りする場所も崖を延長したんだな。延長？何の話かな？そんなどうでもいいことは置いといて当然ここも塗りつぶしていくわけなんだけど、ど真ん中の 4×4 マスは塗らないということは別の前デザインを貼るんだな。道の前デザインを作ったクリエイターさんがこんな可愛い前デザインも作ってたから、ど真ん中だけ塗り分けたいと思ったのよね。変化がついていいじゃないか。芝生の前デザインもいいかと思ったけどこの前デザイン選んで正解ね。そしてこの上に飾る家具はこちら。噴水？場所的にぴったりだと思うぜ。ちょっと目立たないと思ったから黒にリメイクしてきたわ。噴水の存在感抜群だな。そしてこれは収納に大量に余ってる家具。おお、それは美術品コンプリートを目指してた時に、大量に購入してた神々しい彫刻じゃないか。これいつかいっぱい飾ってみようと思って取っておいたんだけど、やっと役に立つ時が来たわ。で、どっちが本物なんだ？ごめん、その質問は NG で。私も判別するのが苦手だから聞いたんだけどな。壁やら門がないからまだまだって感じね。それではお城の門をポケットに詰め込んでと。まだポストに入れっぱなしだっただなも。一番目立つところから飾っていくわよ。やっぱり遺跡のアーチとは風格が違うだなも。私は遺跡のアーチも素敵な家具だと思うけどね。あ、飾るものがなくなっちゃった。お城家具どんどん注文してほしいだなも。お城家具は待ってたらレイムにプレゼントするのに。お城家具のプレゼント禁止だなも。お城に飾るのにぴったりの家具発見。立派な壺って13万ベルもするんだな。毎度ありだなも。だんだん出費がかさんできて少々不安になってきたわ。レイムさん超素敵だなも。滅場車を注文してたことすっかり忘れてたわ。滅場車を注文してたのはかなり前な気がするな。では届いたお城の門を並べていくわよ。2枚並べておくのはめっちゃ贅沢だよな。お姫様なんだからこれくらい当然よ。まだ何も置いてないところはお城の壁を飾るわね。みんな忘れてるかもだけど滅場車をここに置いてと。それではお城の壁を変えるだけ。レイムさん壁だけじゃなくてお城の塔もあるだなも。お城の塔？何それ美味しいの？おお、レイムすごいじゃないか。奥までちゃんと工事したのか。20分くらい無言で作業してたわ。まだちょっとお城の壁が足りないわね。匠ライフでも買えるぞ。簿記が足りないのよ。これが最後のお城の壁よ。レイムさんそんな寂しいこと言わないで。お城の壁はもう使う場所がないんだもん。しょうがないだなも。広場は歩きやすいようにするためにあまり家具は置きたくないんだけど、一応座る場所くらい用意しておかないとね。来たアイアンガーデンベンチ。玉座じゃないだなもね。広場に玉座はおかしいでしょうが、黒いアイアンガーデンベンチはここに飾っておくわね。あとはここと、ここに芝生の前デザインを貼って、余ってるハリボテの木を置いちゃうわよ。木が禁止じゃなかったらもっと飾り付けの幅が広がるのにな。こら今更縛りプレイを否定するな。広場の飾り付けはこんなもので OK でしょ。さあ次はいよいよこの奥に謁見の間を作るわよ。レイム、プリンセスにふさわしいプレゼントを用意したから取りに来てくれよな。はいはいすぐに取りに行くわ。マリサさん勝手なことはやめてほしいだなも。少しくらい私にも活躍の場を与えてほしいぜ。もうしょうがないだなもね。プレゼント多すぎだなも。ありがとうねマリサ、全部活用するからね。それでレイムさん何をもらってきただなも。いいねいいねこのウェディングなアーチ。これって結構入手が面倒なんだよな。広場がより華やかになったわ。では次謁見の間に貼る前デザインをダウンロード。他にもらった家具は謁見の間に飾るだなも。そういうこと。まずはストーンで検索よ。来たまた前デザイン検索タイム。最終回だから色々お借りしたいところなんだけど、この石の前デザイン謁見の間では使えないけどめっちゃ可愛い。クリエイターさんお気に入りに登録しておいた方が良さそうだな。じゃあ早速どんな作品があるのか見てみようっと。石の前デザインの専門家じゃないか。じゃあこのクリエイターさんから、石の前デザインをお借り。これで決めたー。それとレッドカーペットの前デザインもお借りしなくっちゃ。謁見の間に真ん中にあるやつだな。結構いっぱい検索に引っかかったけど、こちらの前デザインが良さそうね。それでは前デザインを塗りペタペタ。前デザインは実際に塗ってみないと合うかどうかわからないよな。レッドカーペットの前デザインは雪の地面の上でめっちゃ映えてるわね。でも重要なのは石の前デザインを塗ってからどう見えるかなんだが。これは、ぴったりなんじゃないかな。レイムがそう思うのなら OK だぜ。謁見の間を作ろうと思った人は自分なりのアレンジを加えるために、他にあまたある石の前デザインを試してみるのもいいと思うのだ。私はこちらの前デザインがめっちゃ気に入ったから、また別の機会に他の石の前デザインをお借りしたいわね。レイムの次のしまくりはだいぶ先になると思うから、このことを忘れてなきゃいいな。本当に忘れてしまいそうで恐ろしいわ。とりあえず前デザインはこれで OK。
次はここに飾る家具を注文しなくっちゃ。でもその前にちょっとたぬき商店のラインナップを確認。最近たぬき商店のご利用が多くて嬉しいだなも。お城にあれを飾りたいんですが、26万ベルだなも。びっくり要点価格だけどお姫様だから大丈夫。すっかりお姫様も板についてきたな。ちょうど越見の前ガイドを飾るのか悩んでたからこの出会いはラッキーよ。今回のお城結構広いものな。ではお城の門を追加注文。さっきはピンクベージュだったけど今度はブラウンなのか。ちょっと変化をつけたいからね。結局お城の門は4つも注文しちゃった。それでこの4つのお城の門をどう飾るのかというと、まず2つはここに並べてと、お城の門を窓代わり？めっちゃ贅沢だな。やっぱりお城なんだからこれくらい豪華に飾らないとね。あと2つを飾る前にまだ前デザインを塗ってないところを埋めてね。今日は随分慎重にしまくりをしてるように見えるぜ。もう恥ずかしい失敗したくないんだもの。失敗したらお姫様失格になるかもしれないしな。ではこの縁取りの前デザインのところにお城の門を設置よ。あ、ここのお城の門の位置さすがにダメよね。お城の門は真ん中だけで良さそうだぜ。お城の門一つ無駄になっちゃった。霊夢さん一つ買い足すのもありだなも。お断りしまーす。お城の壁で十分なんだもの。ってことなので壁を買い足し。またお城の壁を買ってくれるなんてありがとうだなも。それと中世の街並みもね、少し前に買った分使い切ってないよな。そうなんだけどまだまだいっぱい必要なのよね。匠ライフでも買い足しするとは。これで広場は完璧。次は越見の間を仕上げるわね。収納に眠ってた飾り柱をここに置いてと、イメージ画像みたいな感じになってきたな。ではここにマリサからプレゼントしてもらった。玉座は霊夢さん自ら購入して欲しかっただなも。注文したくても注文できなかったのよ。カタログに載ってなかったのだなもね。というわけなので許してね。では玉座周りの飾り付けをやっちゃうわね。お星様系の家具は飾りたくなるよな。特に星座家具は金鉱石が材料に含まれてるから豪華に見えるのよね。そう金鉱石といえば、さっき買った立派な壺、黄金の壺に DIY しちゃうんだな。そのまま飾っても構わないんだけど、この輝き素晴らしいじゃないの。霊夢さんよくわかってるね。壁を作ろうと思ったけどまだ縁取りができてなかった。壁にはこの家具を使うわよ。ここでいっぱい中世の街並みを使うんだな。霊夢さんは何もわかってないだなも。中世の街並みよりもお城の壁とか塔の方がいいに決まってるだなも。シャットアップ。この中世の街並みにはちゃんとした意味があるんです。何ですと？説明は省くけどね。理由は聞けないのね。あ、中世の街並みなくなっちゃった。いっぱい注文してたのに足りなかったのか。注文ばかりで困っちゃうわね。なのでここで DIY できる家具を作って飾り付けよ。プレートアーマーはゴールドプレートアーマーにバージョンアップしないのか。金鉱石はお金じゃ買えないから無駄遣いするのはもったいないでしょ。そうだな。あと必要なのは飾り柱ね。中世の街並みも注文だな。さあこれで一見の間の飾り付けも大詰めよ。また匠ライフに遊びに来てる。次に作るものの準備もしておかないとね。あ、島と練り粉も買うんだな。今回封印してたんだけど最後に少しだけね。とうとう越見の間も完成しちゃうけど動画はまだまだ続くから最後までよろしくね。むしろここからが本番だぞ霊夢。ある程度何を作るのかは頭の中でイメージしてるから、困るようなことはないと思うけど、実際に作業を進めてみないとなんとも言えないのがしまくりだぜ。さてこの飾り柱を置いたら、越見の間は完成よ。シャンデリアとかあれば最高なのにな。無茶言わないでよね。引き続きしまくりを。さっき注文してた公演台が活躍するのかはたまたグランドピアノを飾るのか。グランドピアノを飾るのはもう少し待ってちょうだいね。ってことは公演台を飾るの確定かな。前デザインを塗ってみて分かったんだけどここの土地結構広いわね。何か困ったことでも、ウェディングなベンチを大量に消費しちゃいそうなんですが。なるほど教会を作るつもりだったんだな。凝ったものにするつもりはないんだけどね。飾るウェディングな家具は全部シックにリメイクしたわよ。前デザインの色が白系だから家具が目立つようにシックを選んだんだな。正解です。ベンチの外側にはウェディングなフラワースタンドを飾るわね。ウェディングなベンチが足りなくなったから、時間旅行して集めてきたのは秘密なんだからね。正々堂々と秘密を話すさすがお姫様だぜ。家具をどうやって集めたか黙っておくわけにはいかないからね。さて公園台はここに設置。実際の教会で使われてるのは公園台じゃないんだろうな。宗教関連のことは難しいので僕もお手上げなのだ。この辺りの飾り付けについてはあくまでゲーム内でのこと、という感じで楽しんでほしいわね。パイプオルガンを2つ並べて飾ることなんてリアルな世界ではなさそうだものな。奥にハリボテの木を置いて可愛く飾ってみたわ。入り口にもウェディングな柵を立てて、当然真ん中にはウェディングなアーチだよな。なんかウェディングな家具まみれになったけど簡単に作れる教会ぜひ参考にしてね。でも家具集めが少々面倒だぜ。では次は手前の飾り付け。今回大活躍の芝生の前デザインをベタ塗りするんだな。なので前デザインを貼るシーンはカット。そして真ん中には広場の噴水の下に貼った前デザインを塗ってと、ここに飾る家具はグランドピアノです。
レイムさんハープも飾るといいと思うだなもう。ハープはカタログに載ってないので無理。なので収納にいっぱい眠ってる虫の模型を周りに飾るわよ。アレキサンドラトリバネアゲハの存在感よ。アレキサンドラトリバネアゲハってなんか口に出して言いたくなるわよね。ちなみに羽のある虫ばかり選んでみたわ。なんだか幻想的だぜ。可愛い家具があったからここに飾っておくわね。ピアノの椅子がなかったから後で注文するとして。次はジュン君のお家を飾るわよ。なるほど王子様ってことか。王子様じゃなくてジュン君はジュン君です。なるほどなるほど。今日のジュン君のファッションも素晴らしいわね。あのおかしなメガネは一体何だったんだろうな。激レア演出じゃないかしらね。それでは必要な家具を注文。きたきたみんな大好きウッドパーテーション。それに温室だなと。植物パーテーションにピアノ椅子も注文しておかなくっちゃね。ちゃんと覚えてて偉いぞレイム。忘れないうちにピアノの椅子を設置。芝生の前デザインを塗り尽くしてと。お家の両サイドにウッドパーテーションを並べて、外の飾り付けもジュン君のお家の中の雰囲気に近づけるためにアイアンウッドカップボードか。ちなみにお部屋の中はこんな感じ。なんかタヌキチがいるぞ。だってリフォームするとついてくるんだもの。ちなみにアイアンウッド系の家具は全部オークにリメイクしてきたわ。あれれジュンさんのお家のと色が違うだなもう。外だとこの色の方が映えるの。カップボードの上のレイアウトは喫茶店にありそうな家具が余ってたらいいんだけど、収納に豪華なティーセットしかなかったから、なんやかんや注文しておくわね。というわけでジュン君の家は届いた家具を飾れば OK ね。それじゃあ次は右側を。またまた芝生の前デザインだ。お城は左右対称。じゃないんだけどここだけは芝生の前デザインを貼らせてよ。ここから奥は別のものを作るから縁取り用の石の前デザインを貼ってね。幅2列の崖を左と奥と右にぐるっと作っていくわね。これはひょっとして、またまたお城の壁が売れる時が来ただなもう。お城の家具は買いません。そんな意地悪いはないでー。だってお城の壁だけ飾ってもしょうがないじゃないの。ということは何か一種類の家具だけ飾ろうってことなんだな。そういうこと。なんだろうね。想像が膨らむだなも。残念だけど飾りたいのは DIY 家具なのよね。本当に残念だなも。ここの地面に貼るのは、しまくりの組木の道を使うなんてめちゃくちゃ珍しいじゃないか。たまーに使いたくなるのよね。もちろん上の段もペタペタ塗り塗りよ。こうして見ると組木の道ってちょっと地味な気がするぜ。まずは入り口に収納にいっぱい余ってた折りを設置よ。これって季節のレシピ集めの時に使ってるやつだな。レシピ集め懐かしいわね。それはそうと DIY レシピってまだコンプリートできてないんだよな。お料理レシピは簡単にコンプできたのにね。正面入り口はとりあえずこれで OK。さて中に飾る家具収納にある分で足りるのかな？図書館を作るつもりだったのか。図書館じゃなくてお城にある書庫と言ってほしいわね。ほうほう、誰でもお気軽に利用できるわけじゃないってことか。いえいえ、全然お気軽に遊びに来てくれてよくってよ。なんて心の広いプリンセスなんだ。それでマリサ、本に興味あるの？紙の本はかさばるし重いから電子書籍がいいんだが。じゃあ書庫にも図書館にも用がないじゃないの。でもたまには紙の本に触れてみたいぜ。じゃあフリーレンの最新刊でも。漫画は置いてないっつーの。漫画くらい置けばいいのに。漫画くらい買えばいいのに。はい、そうします。それはそうと木製の本棚の数足りるのか？足りないからどうにかしてよねマリサ。木製の本棚だけは材料に癖があるからどうにもならないぜ。本棚を一つ作るのに本が5冊も必要なのが困るのよね。本棚が DIY 家具じゃなきゃよかったのにな。本棚一つ50万ベルで販売すればよかっただなも。転売屋よりも立ちが悪いわね。50万ベルじゃ誰も買わないんじゃね？お姫様レイムさんなら買ってくれるよね。買えません。あ、本棚なくなっちゃった。でも収納にいくつか本があるからなんとか。でも作れるのは一つだけだぜ。本でも何でも5個しか注文できないから1日1個しか作れないわね。みんなは本はたぬき商店で買える時に買いだめしておいてね。あ、2冊しか買えなくなっちゃったけどポケットに4冊入ってるからなんとか1つ作れるわ。匠ライフも利用してもう一つ木製の本棚を。マリサめっちゃ可愛いフクロウの時計が。レイムさんフクロウじゃなくてミミズクですよ。また警察に逮捕されるところだったわ。ポケットの中に飾り忘れてたのが一つあったから、書庫はなんとか完成できそうよ。結局本棚は何個飾ったんだ？全部で19個ね。結構飾ったな。お片付け会で木製の本棚だけは絶対売らないからね。ここにさっき買ったミミズクと余った本を置いて、本棚の隙間には宴のキャンドルを飾るわね。そんなことしたら警察じゃなくて消防車が来るぞ。これ実はろうそくに見える LED ライトなのよ。なるほどそういう設定なら問題ないぜ。それじゃあ手前の芝生エリアの飾り付けなんだけど、書庫が見えなくなると困るからサクッと簡単に収納にあるものでなんとかするわね。レイムさんもしかして手抜き？書庫作りで力尽きたわけじゃないわよ。来たハリボテの木。島に飾ったハリボテの木。いつか全部広葉樹に植え替えてみたいわね。そしたら雰囲気がガラリと変わると思うけど、今回の縛りプレイの良さが消えちゃいそうよね。このサービングカートの上にはアフタヌーンティーを置きたいわね。そういえば注文してた家具飾り忘れてたわ。これでジュン君のお家周りは完璧。書庫の檻の前に飾る植物パーテーションとアフタヌーンティーセットを注文だな。いよいよお城作りも大詰め。たぬきちゃん印を塗ってるということは、私のお家もちゃんとお城の敷地内に移設しておかなくっちゃね。
さあ届いた植物パーテーションを並べていくわね。檻をそのまま置くよりも植物パーテーションがある方が全然良さそうだぜ。これで書庫は完成。アフターヌーンティーセットも忘れずに飾ってと。私の自宅周りは飾り付けできるスペースがあまりないから。あ、芝生の前デザインを貼るシーンバッサリカットしたな。説明する必要ないと思ったからね。ずっとウェディングベルを飾るところを探してたんだけど、やっと置くことができた。他の家具はもう何度も見てるおなじみのものだから説明不要かな。ここはあえて冒険とかしないんだな。なかなか新しいアイディアが思いつかなくてね。みんな、マリサの次のしまくりに期待してね。おっとここに来て珍しい家具が。ヒヤシンスのランプは紫のヒヤシンスが材料のちょっと作るのが面倒な家具なんだけど、収納に余ってたから置いてみたわ。なんかそこだけ崖がむき出しだぞ。ここはショートカットできるようにツルを引っ掛けるためわざとむき出しだったんだからね。移動が不便だと面倒だものな。というわけでお城はこれにて完成よ。それでは完成した島をさらっとご紹介なのだ。ちなみに通常公開版は雪景色だったけど総集編では春の様子をお送りするのだ。レイムさんよろしくお願いしますなのだ。このチャンネルはワンオペだからレイムさんが無反応なのは許してほしいのだ。エイブルシスターズの看板がたぬきっちゃんなのはあまりおしゃれとは言えないのだ。僕の看板をおしゃれと思えないのはズンダさんのセンスに問題があると思うだなも。ズンダさんじゃなくてズンダモンなのだ。そしてこちらはシルエットさんの好みのアクセサリーのお店なのだ。でも好みの家具があまりなくて雑貨屋さんになってしまったのだ。そして左に行くと、かぼちゃ家具がいっぱい見えてきましたね。ハロウィンシーズンに作ったかぼちゃがいっぱいの古いお城のレストランなのだ。ハロウィンシーズンが終わったらクリスマス家具に変えると言ってませんでしたっけ？レイムさんはそのことを完全に忘れちゃってるのだ。もう取り返しがつかないので今更言っても無駄なのだ。こちらはキノコいっぱいキノコの森なのだ。そこの森、針葉樹も織り交ぜたらもっと暗い感じになっていい雰囲気になったと思うけど、木を植えるの禁止ですからそれは言ってはいけません。そして奥に行くと一番最後に作ったお城なのだ。ここからの眺め最高だなも。たぬきっちゃんはヨットしか見てないのかな。そんなことないだなも。奥にあるお城もお金がいっぱいかかってて高い家具しか目に入ってませんね。左側には虫に囲まれたグランドピアノだったり、なぜかわからないけどジュンさんのお家があったり、ウェディング家具いっぱいの教会が作られてるのだ。そして真ん中のお城の門をくぐると、ここが一番今回の桃も島で一番素晴らしい越見の間だなも。どうしたんですかズンダモンさん。王様ってすぐに怒りそうだからちょっと真似をしてみただけなのだ。よく怒るのはパワハラ上司だけだと思うんですが、僕はパワハラなんてしないだなも。それでは次、右に行くと書庫があるのだ。図書館ではなくてあくまでも書庫と言ってましたね。でもご利用するときはお静かになのだ。そして手前に行くとレイムさんの自宅なのだ。特に珍しいものがないので地に行くのだ。というわけで案内状欄に来たのだ。ここも実に素晴らしい場所だなも。湖の奥に派手にライトアップされたたぬき商店が見えるのだ。近くで見るとこんな感じ。もっと金ピカに飾って欲しかっただなも。たぬきっちゃんが言ってるのだ。エムさん。全く聞こえていないようですね。マリサさんの島に期待するだなも。金ピカは視聴率が悪いからやりたくないって言ってたと思うのだ。なんですと。こちらは冬を意識して作った住宅街だからまだ溶けてない雪が残ってるのだ。確かクリスマスシーズンに作った場所でしたね。なので奥にはおもちゃ屋さんやケーキ屋さんもあるのだ。そして最後はお正月に作った神社ですね。ちょっとレイムさんがやらかしたので作り変えた部分があるんだけど、神社の中身作ってはダメなものを作ってしまったんですね。なのでうちのチャンネルのレイムさんはミコさん失格になってしまったのだ。真田山三光神社のすぐ近くに陸軍墓地というのがあってね。墓地の話はもういいのだ。というわけで以上、桃通し松アーだったのだ。皆さん最後までご視聴ありがとうなのだ。よければ他の動画も見てほしいのだ。ももも。